皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。今回は2024年再生回数トップ20です。多くの方に見てもらった2024年の人気の動画をまとめました。こういったまとめ方をすることを総集編と言います。また、字幕のスクリプトは概要欄から無料配布しています。日本語勉強のお役に立てれば嬉しいです。ちなみにこの動画はながら勉強におすすめです。ながら勉強は別のことをしながら同時に勉強するという意味です。例えば、お料理しながら、運転しながら、運動しながらですね。寝るときに流して睡眠学習をすることもおすすめです。では早速スタート。皆さん、こんにちは。今日は日常でよく聞かれるテーマ、長所についてお話しします。まず最初に、そもそも長所とは何かについて簡単に説明します。その後に、日本で好まれる代表的な長所についても6つ紹介します。まず、長所という言葉について考えてみましょう。長所はその人が持っているいいところや他の人よりも優れている点のことを指します。例えば、明るい性格、努力家、親切、リーダーシップがあるなどが一般的ですよね。そういった様々ないいところが長所と言えます。では、なぜ長所が大切なのでしょうか？長所を知ることで自分の強みを生かすことができるからです。例えば、自分の長所がコミュニケーション能力が高いことであったとします。その場合は、人と話す仕事やチームで働く仕事が向いているかもしれません。また、自分の長所を理解することで自信を持つことができます。次に、どうやって自分の長所を見つけるかについてお話しします。自分の長所を見つけるためには、まず自分のことをよく考えることが大切です。過去の経験や友達や家族からの意見を参考にするといいと思います。また、自分が得意なことや好きなことを考えてみるのもいい方法ですね。例えば、友達が、サナはいつも親切だね、と言ってくれているとします。その場合は、親切がサナちゃんの長所だと思います。学校や仕事で、田中さんのレポートはいつもわかりやすいね、と言われたことがあるとします。わかりやすく伝える力が田中さんの長所だと言えると思います。長所を見つけたら、
それをどうやって活かすかを考えましょう。自分の長所を使って周りの人に役立つことをすることができます。例えば、親切な人はボランティア活動に参加したりするといいですよね。また、リーダーシップがある人は、チームをまとめる役割を担ったりすることができます。最後に、長所を伸ばすことも大切です。自分の長所をさらに良くするために努力を続けることが大事です。例えば、コミュニケーション能力を伸ばしたいとします。その場合は本を読んだり、セミナーに参加したりすることがいいですよね。努力することで自分の長所をもっと活かすことができるようになると思います。次は長所を聞かれる理由についてお話しします。長所とは自分のいいところや得意なことを指します。なぜ人は長所を聞いたり聞かれたりするのでしょうか？まず、就職活動や面接の場面を考えてみましょう。面接官は応募者に、佐藤さんの長所は何ですか？とよく質問します。これは応募者がどんな人かを知りたいからです。長所を知ることで、その人が仕事にどう役立つかを考えられます。また、どんな風に活躍できるかを判断する材料になります。例えば、佐藤さんの長所がチームワークが得意だとします。この場合、面接官はあなたがチームの中でうまく働けるだろうと考えます。チームでのプロジェクトが多い職場では、佐藤さんの長所がとても役立つと思います。また、長所が問題解決能力が高いなら、面接官は佐藤さんが難しい問題を解決できると期待します。次に、友達や家族との会話を考えてみましょう。友達や家族が、まみちゃんの長所は何？と聞くことがあります。これは、まみちゃんをもっとよく知りたかったり、応援したいからです。まみちゃんの長所を話すことで、友達や家族はまみちゃんの強みをすぐ理解できますよね。それによって必要な時にサポートしてくれます。さらに、学校の先生やコーチも生徒に長所は何ですか？と聞くことがあります。これは生徒の得意なことや強みを見つけ、それを伸ばすためです。例えば、先生が生徒の長所を知れば、適切なアドバイスをするのが簡単になります。また、生徒に合った課題を出してくれるようになるかもしれません。では、
なぜ自分の長所を知ることが大切なのでしょうか？それは自分自身を理解し、自信を持つためです。自分の長所を知っていると、困難な状況でも自分を信じることができます。また、長所を活かすことで、仕事や勉強、人間関係でより良い結果を出すことができます。さらに、長所を他人に伝えることで、他の人とのコミュニケーションもスムーズになります。自分の強みを知ってもらうことで、周りの人からの信頼も得られやすくなります。例えば、プロジェクトでリーダーシップが必要な時があったとします。自分のリーダーシップが長所であることを伝えれば、自然とリーダー役を任されるかもしれません。自分の長所を理解して、それをしっかりと伝えることは、人生においてとても重要なことです。では、ここからは日本で好まれる代表的な長所について6つ紹介します。まず1つ目は、チームワークや協調性についてです。この長所は仕事や学校、日常生活でもとても重要です。まず、チームワークということについて考えてみましょう。チームワークが得意な人というのは、他の人と一緒に働くことが上手です。例えば、仕事のプロジェクトを進める機会があったとします。その人はすぐに自分の役割を理解し、他の人と協力して目標を達成することが多いです。また、チームワークが得意な人は、自分の意見をしっかり持ちながらも、他の人の意見も尊重します。次に、協調性についてお話しします。チームワークと似たような言葉ですよね。協調性がある人は、周りの人とうまくやっていける力があります。例えば、クラスや職場で意見が違う時があったとします。協調性がある人は、冷静に話し合い、みんなが納得できる解決策を見つけることができます。常に相手の立場を考え、優しく接してくれます。チームワークが得意で協調性があると、どんないいことがあるのでしょうか？まず、チームでの仕事がスムーズに進みます。みんなが協力し合い、目標に向かって一緒に努力することで、よりいい成果が得られます。また、職場や学校での人間関係も良くなります。協調性がある人は、他の人と仲良くなりやすいと信頼されることが多いです。例えば、学校でのグループプロジェクトを考えてみましょう。
チームワークが得意で協調性がある人がいると、グループ全体がまとまりやすくなります。みんなが自分の役割を果たし、お互いに助け合うことで、プロジェクトが成功しやすくなります。困った時もお互いにサポートし合うことができます。仕事の場面でもチームワークと協調性は非常に重要です。例えば、新しいプロジェクトを始めるときに、チームのメンバーがみんなでアイデアを出し合えます。また、そこから最適な解決策を見つけることができます。協調性がある人が多いと、チーム内で意見が対立しても大丈夫です。冷静に話し合い、お互いに理解し合うことができますよね。二つ目は実行力についてお話しします。実行力とは、計画を立てたら、それを実際に行動に移して達成する力のことです。この長所は仕事や勉強、日常生活でもとても重要です。まず、実行力がある人は、計画をしっかり立てることが得意です。何をするか、どうやってするか、いつまでにするかを具体的に考えます。そして、その計画をもとにすぐに行動を始めます。例えば、試験の勉強をするとき、実行力がある人は計画を立て、その通りに勉強を進めます。次に、実行力がある人は途中で諦めずに最後までやり遂げます。どんなに難しいことでも一歩一歩進めていくことができます。例えば、仕事で大きなプロジェクトを進める時があったとします。実行力がある人は計画を守り、必要な作業を一つ一つこなしていきます。では、実行力があるとどんな良いことがあるのでしょうか。まず、目標を達成しやすくなります。計画を立て、それを実行に移すことで、目標に向かって着実に進むことができます。また、実行力がある人は、周りの人から信頼されますよね。この人ならきっとやってくれると思われることが多いです。例えば、学校での例を考えてみましょう。実行力がある生徒は、宿題や課題を計画的に進めて、期限までに提出します。また、クラブ活動でも計画を立てて練習し、大会でいい成績を収めることができます。仕事の場面でも実行力はとても重要です。例えば、新しいプロジェクトを任された時があったとします。実行力がある人は、計画を立て、その計画通りにプロジェクトを進めます。途中で
問題が起きても慌てません。冷静に対処し、解決策を見つけて前に進みます。その結果、プロジェクトが成功して、上司や同僚から信頼されるタイプの人です。三つ目は、問題解決能力についてお話しします。問題解決能力とは、問題が起きたときに、その原因を冷静に考え、適切な解決策を見つける力のことです。この長所は、仕事や勉強、日常生活でもとても重要です。まず、問題解決能力がある人は、問題が起きたときに慌てず冷静に対処します。問題をしっかりと把握し、その原因を見つけます。そして、どうすれば解決できるかを考えます。例えば、学校でのグループプロジェクトで意見が分かれた時があったとします。問題解決能力がある人は、みんなの意見をまとめて最適な解決策を提案します。次に、問題解決能力がある人は、複数の解決策を考えるのが得意です。一つの方法がうまくいかなくても、別の方法を試すことができます。この柔軟な考え方が問題を解決するためにとても役立ちますよね。例えば、仕事でトラブルが起きた時も同じです。いくつかの解決策を用意しておくことで、すぐに対応することができます。問題解決能力があると、どんないいことがあるでしょうか？まず、トラブルに強くなります。どんな困難な状況でも、冷静に対処できるので、ストレスを感じにくくなります。また、周りの人から信頼されることが多くなります。この人なら問題を解決してくれると思われることが多いです。例えば、プロジェクトが遅れているとき、問題解決能力がある人は原因を見つけられます。そしてスケジュールを見直して対策を立てます。その結果、プロジェクトを成功に導くことができます。上司や同僚からの信頼も高まります。自分の長所が問題解決能力であることを知っていると、様々な場面で役立てることができます。例えば、面接であなたの長所は何ですか？と聞かれたときに、私は問題解決能力があります。と答えると、面接官にいい印象を与えることができます。具体的なエピソードを交えて話すと、さらに説得力が増します。四つ目は、主体性についてお話しします。主体性とは、自分から進んで行動する力のことです。
この長所は仕事や勉強、日常生活でもとても重要です。まず、主体性がある人は自分で考えて行動します。誰かに指示されなくても自分で何をすべきか考えるのが得意です。そしてそのために必要な行動を起こします。例えば、学校での宿題や課題を先生に言われる前に始めることができる人です。こういった人たちは主体性があると言えます。次に、主体性がある人は問題が起きた時にも自分で解決しようとします。困ったことや難しいことがあっても自分で調べます。また、計画を立てて解決策を見つけます。例えば、学校での例を考えてみましょう。主体性がある生徒は、先生に言われる前に勉強を始め、予習や復習をします。その結果、授業についていくのが楽になりますし、テストの成績も良くなります。また、クラスの活動でも自分から手を挙げてリーダーシップを発揮することが多いです。仕事の場面でも主体性は非常に重要です。例えば、新しいプロジェクトが始まるとき、主体性がある人は自分からアイデアを出し、計画を立てます。上司や同僚からの指示を待つのではなく、自分で行動を起こすことで、プロジェクトがスムーズに進みます。その結果、仕事での評価も上がり、信頼されるようになります。5つ目は、忍耐力についてお話しします。忍耐力とは、困難な状況や苦しい時に諦めずに頑張る力のことです。この長所は仕事や勉強、日常生活でもとても大切です。まず、忍耐力がある人は長時間の努力を続けることができます。例えば、試験勉強やプロジェクトの準備があったとします。長い時間がかかる作業でも途中で諦めずに最後までやり遂げます。忍耐力がある人は一つの目標に向かってコツコツと努力を続けることができます。忍耐力があるとどんな良いことがあるのでしょうか。まず、目標を達成しやすくなります。たとえ途中で困難があっても、諦めずに努力を続けるので、最終的には目標に到達することができます。結果、周りの人から信頼されることが多くなります。この人はどんな状況でも頑張ることができると思われることが多いです。例えば、学校での例を考えてみましょう。忍耐力がある生徒は、
難しい問題に直面しても何度も挑戦します。たとえすぐに答えが見つからなくても諦めずに考え続けます。クラブ活動でも厳しい練習に耐えて努力することで大会でいい成績を収めることができます。仕事の場面でも忍耐力は非常に重要です。例えば、新しいプロジェクトが始まる時を想像してみてください。最初はうまくいかないことも多いですが、忍耐力がある人は諦めずに努力を続けます。問題が起きた時も冷静に対処し、解決策を見つけることでプロジェクトを成功に導きます。6つ目は学び続ける力についてお話しします。学び続ける力とは、新しいことを常に学び続ける力のことです。この長所は仕事や勉強、日常生活でもとても大切です。まず、学び続ける力がある人は、常に新しい知識や技術を身につけようとします。例えば、新しい言語を学ぶことや、新しい技術を習得することに挑戦します。学び続ける力がある人は、自分を成長させることが好きです。なので、常に自分を向上させようと努力します。次に、学び続ける力がある人は、困難な状況でも前向きに取り組むことができます。新しいことを学ぶことは、時に難しいこともあります。ただ、諦めずに挑戦し続けることが得意です。例えば、新しい仕事に挑戦するときを想像してみてください。学び続ける力があれば、必要なスキルを身につけて、いつかは成功することができます。学び続ける力があると、どんな良いことがあるのでしょうか。まず、自分のスキルや知識がどんどん増えていきます。その結果、仕事や勉強での成績が向上し、より多くの成長の機会が得られます。また、周りの人から尊敬されることが多くなります。この人はいつも新しいことを学んでいると思われることが多いです。例えば、学校での例を考えてみましょう。学び続ける力がある生徒は、授業で習ったことを復習し、さらに深く学びます。また、興味のある分野について自主的に調べ、知識を広げます。これによってテストの成績が良くなるだけでなく、将来の進路選択にも役立ちます。今回説明したように、自分の長所を知っていると、様々な場面で役立てることができます。例えば、面接で、あなたの長所は何ですか？と聞かれることは多いですよね。
その際に今回紹介した6つを答えると、面接官にいい印象を与えることができると思います。そこに具体的なエピソードを交えて話してみてください。さらに説得力が増して、好印象間違いなしです。皆さん、こんにちは。今日は日常や仕事の面接でよく聞かれるテーマ、短所についてお話しします。まず最初に、そもそも短所とは何かについて簡単に説明します。その後によくある短所についても6つ紹介します。では、そもそも短所とは何かについてわかりやすく説明します。まず、短所という言葉について考えてみましょう。短所は、その人が苦手なところや改善が必要なところを指します。例えば、緊張しやすい、忘れ物が多いとかですよね。また、時間管理が苦手など、様々な面が短所と言えます。では、なぜ短所を知ることが大切なのでしょうか？短所を知ることで自分自身を理解できます。それによって成長するためのステップを踏むことができるからです。また、短所を認識することで、それを改善するための努力をすることができます。次に、どうやって自分の短所を見つけるかについてお話しします。自分の短所を見つけるためには、まず自分の行動や習慣をよく考えることが大切です。また、友達や家族、同僚など、周りの人に意見を聞くことも有効ですよね。短所を見つけたら、それをどうやって改善するかを考えましょう。改善するためには、小さなステップから始めることが重要です。例えば、時間管理が苦手だったとします。その場合は、毎朝その日の予定を立てる習慣をつけることから始めてみましょう。また、忘れ物が多い人は、チェックリストを作って確認する習慣をつけるといいですね。では、短所を改善することでどんないいことがあるのでしょうか？まず、自分に自信が持てるようになります。短所を克服することで自己成長を感じることができます。また、周りの人との関係も良くなります。例えば、緊張しやすい人がリラックスする方法を学んだとします。そうやって改善できると、コミュニケーションがスムーズになりますよね。次は、短所を聞いたり、聞かれる理由についてお話しします。短所とは、自分の苦手なところや改善が必要な点を指します。まず、なぜ人は
短所を聞いたり聞かれたりするのでしょうか？その理由は自分自身や他人をよく理解するためです。他の人の短所を知ることで、助け合いやサポートの仕方がわかります。例えば、就職活動や面接の場面を考えてみましょう。面接官はよく、あなたの短所は何ですか？と質問します。これは応募者が自分の短所をどれだけ理解しているかを知りたいからです。また、短所をどのように克服しようとしているかを知りたがっています。そうすることで、その人の成長意欲や努力を見ることができます。次に、友達や家族との会話でも短所について話すことがあります。これはお互いをもっとよく知り、助け合うためです。例えば、友達が最近何か困っていることはある？と聞いてくれたとします。そうすると、自分の短所を話しやすくなり、アドバイスやサポートを受けやすくなりますよね。また、学校や職場でも短所について話すことがあります。先生や上司が、あなたの短所は何ですか？と聞くことがあります。これは、その人の成長を助けるためです。例えば、時間管理が苦手な人に対して、先生や上司がアドバイスをくれることがあります。なので、自分の短所を知ることはとても大切です。そうすることで、それを改善するための計画を立てることができます。例えば、人前で話すのが苦手な人は、プレゼン方法を学ぶことで短所を改善することができます。また、短所を知ることで、周りの人とのコミュニケーションも良くなります。自分の短所を正直に話すことで、他人も自分のことを理解しやすくなります。例えば、忘れ物が多い人が友達にそのことを話しておくと、友達が助けてくれることがあると思います。最後に、短所を克服することで自分に自信が持てるようになります。短所を改善するために努力を続けることで自己成長を感じることができます。例えば、時間管理が苦手だった人がスケジュールをきちんと守れるようになると自信がつきますよね。よくある短所についても6つを紹介します。また、その短所をポジティブに言い換える方法も合わせて紹介します。まず1つ目は、持続性がない飽き性という短所についてです。まず、持続性がないという短所について考えてみましょう。持続性がない人は何かを始めても最後まで続けることが難しい人のことです。例えば、
勉強や運動を始めても途中でやめてしまうことが多いです。しかし、この短所をポジティブに言い換えることもできます。それは多くのことに興味を持ち、新しいことに挑戦する力があると言えます。持続性がない人は、たくさんのことに興味を持ち、いろいろなことに挑戦します。これにより、多くの経験を積むことができ、新しい発見やアイデアを得ることができます。次に、持続性がないと似た意味の飽き性という短所についてお話しします。飽き性の人は、新しいことに興味を持っても、その興味がすぐに冷めてしまうことが多いです。例えば、新しい本を読み始めても、途中で飽きてしまって、最後まで読まないです。しかし、この短所もポジティブに言い換えることができます。それは、変化を楽しみ、新しいことに柔軟に対応する力があると言えます。飽き性の人は常に新しいことを求めており、変化を恐れません。このため、新しい環境や状況に素早く適応することができます。では、具体的にどうやってポジティブに言うかを考えてみましょう。例えば、面接で、あなたの短所は何ですか？と聞かれたとします。その時に、私は多くのことに興味を持ち、新しいことに挑戦する力があります。そのため、時々一つのことに集中するのが難しいことがあります。ただ、その分多くの経験を積むことができます。そして、新しいアイディアを生み出す力があります。と答えることができます。このように短所をポジティブに表現することができます。また、自分の短所を理解できていると思ってもらえ、相手にいい印象を与えることができます。二つ目は、感情が表に出やすいという短所について説明します。まず、感情が表に出やすいという短所について考えてみましょう。感情が表に出やすい人は、喜びや悲しみ、怒りなどの感情がすぐに顔や態度に現れます。例えば、嬉しいことがあるとすぐに笑顔になったり、悲しいことがあると涙を流したりします。また、怒った時には声が大きくなったり、表情が険しくなったりします。この短所は時には困ることもあります。例えば、仕事や学校で冷静に対応するべき場面で、感情が先に出てしまった時を想像してください。周りの人に心配をかけたり、誤解を招いたりすることになります。ただ、
この短所をポジティブに言い換えることができます。それは、感情豊かで人とのコミュニケーションが得意と言えます。感情が表に出やすい人は、自分の気持ちを素直に表現できますよね。なので、周りの人に自分の気持ちを伝えやすいです。また、他の人の感情にも敏感で、相手の気持ちを理解しやすいです。例えば、友達が悩んでいるとき、感情が豊かな人は、友達の気持ちに寄り添い、共感することができます。なので、友達から信頼されやすく、いい関係を築くことができます。では、具体的にどうやってポジティブに言うかについて考えてみましょう。例えば、面接で、あなたの短所は何ですか？と聞かれたとします。私は感情が表に出やすいですが、そのおかげでコミュニケーションが得意です。自分の気持ちを素直に表現し、相手の気持ちもよく理解できます。と答えることができます。三つ目は、優柔不断という短所について説明します。まず、優柔不断という短所について考えてみましょう。優柔不断な人は決断を下すのが遅いです。また、なかなか物事を決められないことが多いです。例えば、メニューを選ぶときに時間がかかったりします。また、重要な決断をするのに迷ってしまったりします。この短所は困ることも多いです。例えば、仕事で素早い決断が求められる場面を想像してみてください。優柔不断だとチームに迷惑をかけてしまうことがあります。しかし、この短所をポジティブに言い換えることもできます。それは、慎重で細かいところまでよく考えることができると言えます。優柔不断な人は決断をする前にたくさんの情報を集めよく考えます。このためミスを減らすことができ、より良い決断をすることもできます。例えば、友達が旅行の計画を立てる時があったとします。優柔不断な人は、たくさんの情報を集めて、より良いプランを提案することができます。これによって、みんなが満足する旅行を楽しむことができます。では、具体的にどうやってポジティブに言うかについて考えてみましょう。例えば面接で、あなたの短所は何ですか？と聞かれたとします。私は優柔不断なところがありますが、一方で慎重に物事を考えることができます。重要な決断をする前に、たくさんの情報を集めることが得意です。
それによって時間はかかることもありますが、最良の選択を導けます。と答えることができます。4つ目は、深く考えずに行動してしまうや、計画性がないという短所についてです。まず、深く考えずに行動してしまうという短所について考えてみましょう。この短所を持つ人は、何かを始める前にあまり考えずにすぐ行動してしまうことがあります。例えば、新しいプロジェクトを始めるとき、詳細な計画を立てずにすぐに動き始めます。なので、途中で問題が起きたり、計画を変更する必要が出てくることが多くなります。次に、計画性がないという短所についてお話しします。計画性がない人は、目標に向かって進むときに、具体的な計画を立てるのが苦手です。例えば、旅行の計画を立てる時があったとします。その際は、行きたい場所ややりたいことをリストアップせずに行動してしまうことが多いです。このため、時間やお金の使い方が効率的ではなくなることがあります。ただ、これらの短所をポジティブに言い換えることができます。それは行動力があり、すぐに実行に移せると言えます。このような人は新しいアイディアをすぐに試してみることができますよね。それによってチャンスを逃がさないという強みがあります。また、計画性がないという短所をポジティブに言うと、柔軟性があり、変化に対応できるとなります。計画性がない人は、予定が変わってもすぐに対応できますよね。なので、予想外の事態にも柔軟に対応できます。では、具体的にどうやってポジティブに言うかについて考えてみましょう。例えば、面接で、あなたの短所は何ですか？と聞かれたとします。私は深く考えずに行動してしまうことがあります。ただ、そのおかげで行動力があり、すぐに実行に移せる力があります。また、計画性がないところもあります。ですが、柔軟性があり、変化に対応できる力があります。と答えることができます。このように自分の短所を理解し、それをポジティブに表現することで、相手にいい印象を与えることができます。5つ目は、自分だけで抱え込みやすいという短所について説明します。まず、自分だけで抱え込みやすいという短所について考えてみましょう。この短所を持つ人は、問題や悩みを一人で解決しようとすることが多いです。例えば、
仕事で困ったことがあっても、誰にも相談せずに自分で何とかしようとします。また、友達や家族に心配をかけたくないため、自分の気持ちを話さずに我慢してしまうこともあります。この短所は困ることも多いです。一人で抱え込むことでストレスが溜まりやすくなりますよね。結果、解決策が見つからずに困ったりすることがあります。ただ、この短所をポジティブに言い換えることもできます。それは、責任感が強く自立していると言えます。自分だけで抱え込む人は、他人に頼らずに自分で物事を解決しようとする力があり、責任感が強いです。また、自立しているため、困難な状況でも自分で考えて行動することができます。例えば、仕事でトラブルが起きた時を想像してみてください。一人で抱え込む人は、まず自分で解決策を考えます。なので、問題解決のスキルが身につき、自己成長につながります。また、責任感が強いため、任された仕事を最後までやり遂げる力があります。では、具体的にどうやってポジティブに言うかについて考えてみましょう。例えば、面接で、あなたの短所は何ですか？と聞かれたとします。私は自分だけで抱え込みやすいところがあります。ですが、そのおかげで責任感が強く、自立して行動できる力があります。また、必要な時には助けを求めることを学んでいます。と答えることができます。最後の6つ目は、理屈っぽいという短所についてです。まず、理屈っぽいという短所について考えてみましょう。理屈っぽい人は何かを説明するときに細かいところまで詳しく話しすぎます。また、相手の意見に対して論理的に反論したりすることが多いです。例えば、友達と話しているときに、ちょっとした意見の違いでも細かく議論してしまいます。なので、相手が疲れてしまったり、会話が続かなくなったりすることがあります。理屈っぽいと、人とのコミュニケーションで問題が起きることも多いです。ただ、この短所をポジティブに言い換えることもできます。それは、論理的で物事を深く考える力があると言えます。理屈っぽい人は物事をしっかりと理解し、論理的に考える力があります。なので、複雑な問題を解決するのに役立ちます。例えば、仕事で問題が発生した時があったとします。理屈っぽい人は、問題の原因を
詳しく調べ、論理的に解決策を考えます。また、計画を立てるときも、細かいところまでしっかりと考えるため、失敗を防ぐことができます。では、具体的にどうやってポジティブに言うかについて考えてみましょう。例えば面接で、あなたの短所は何ですか？と聞かれたとします。私は理屈っぽいところがありますが、おかげで論理的に物事を考える力があります。また、問題の原因をしっかりと理解します。それにより、効果的な解決策を見つけることができます。と答えることができます。このようにポジティブに表現することで相手にいい印象を与えることができます。今日はよくある短所の例とそれをポジティブに言い換える方法についてお話ししました。皆さんも自分の短所をポジティブに捉え、自己成長する力に変えていってください。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも聞いてくださってありがとうございます。皆さん、12月になりましたね。11月があっという間に過ぎました。でも12月はもっと早く過ぎるんじゃないかなと思っています。なぜならクリスマスにお正月の準備にイベント盛りだくさんだからです。きっと大忙しになりますよね。昔の言葉で12月のことを師走とも言います。なぜ師走というのでしょうか？皆さん知っていますか？昔は12月はお坊さんたちがいろんな人のお家に行って仏事をする時期だったそうです。だからお坊さんがすごく忙しかったんですね。その様子から死が走る月という意味で師走と呼ばれるようになったそうですよ。12月がとても忙しい月だということを表すぴったりの言葉なんですね。今はお坊さんだけではなくて日本中、もしかしたら世界中の人が大忙しの月ですよね。そんな忙しい12月なんですが、今回は何を話そうかなと思った時に、そうだ、皆さんに日本の冬について紹介したいなと思いつきました。ということで、今回は日本の冬についてお話しします。日本の冬と聞いて思い浮かぶことをいくつかピックアップしてみました。冬の食べ物や冬にすること、そして冬のあったかグッズなどたくさんご紹介したいと思います。ぜひ最後まで聞いてくださいね。まずは冬の食べ物についてご紹介したいと思います。皆さんは日本の冬の食べ物と聞いてどんなものを思い浮かべますか？私は4つ思い浮かびました。まず1つ目はやっぱりお鍋です。
お鍋はこの時期、冬の時期にぴったりの温かい食べ物です。お鍋にはたくさんのお野菜を使います。例えば、白菜、大根、あとはそうですね、春菊とか、その季節に合ったお野菜を入れることが多いです。他にもお豆腐だったり、あとはこんにゃく、そしてお肉、鶏肉とか豚肉とか、いろんな種類のお肉を入れてお鍋を作ります。とっても温まりますし、栄養たっぷりなんですよね。しかも、お野菜とか具を切って、お鍋に入れて、ぐつぐつ煮るだけなので、とても簡単なんです。だから、冬にはお鍋をしようとすぐに思いつきます。あとは、冬のお友達とのパーティーの定番メニューでもあります。定番というのは、よくすることということです。なので、冬はお友達と集まったり、家族と集まったりすることが増えるんですが、その時には鍋をしてみんなでワイワイ食べることが多いです。鍋パーティーのことを略して日本人は鍋パとよく言います。鍋パ聞いたことありますか？鍋にもいろんな味があって、それを選ぶのも楽しいんです。キムチ鍋とか、ごま鍋とか、豆乳鍋とか、本当にいろんな種類があります。私は一番キムチ鍋が好きです。お鍋の余った汁にうどんを入れたり、ご飯を入れて食べるのもとっても美味しいです。ぜひ皆さんもお鍋食べてみてほしいです。あとは、おでん。おでんも冬の名物料理ですね。今は、おでんをコンビニで簡単に買うこともできます。冬にもし日本に行った時は、コンビニに行ってみてください。レジの近くにおでんが売られていると思います。おでんにもいろんな具材が入っていますよ。例えば、卵、豆腐、大根、あとはこんにゃく。いろいろあります。私は一番好きなのは大根です。大根におでんのスープがよく染みていて、すごく美味しいんです。あとは、そうですね、卵も好きです。味が染みているものが大好きです。おでんもお鍋と同じように食べると体が温まります。すごく美味しいですよ。それと冬と聞いて思い浮かぶものはカニです。カニは贅沢な食べ物のイメージもありますね。お正月とか年末みんなで集まった時にカニを食べることが多いと思います。冬の旬の食べ物です。北海道とか北陸、日本の北の方からカニを取り寄せてみんな食べています。冬のカニはとっても身が甘くて美味しいんです。なのでインターネットとかお店を見ているとカニの広告がたくさん出ています。カニをお鍋に入れるのもいいですし、
カニをしゃぶしゃぶにして食べるのも美味しいです。みんなそれぞれ好きな食べ方でカニを楽しんでいますよ。あとはお正月の食べ物なんですけど、おせちも有名です。冬と聞くとおせちも思い浮かべます。皆さんおせちって知っていますか？四角い箱の中にいろんな具が入っています。これは日本の伝統的な料理で、お正月に食べる特別なお料理です。具の種類は家庭によって違います。でも、そうですね、かまぼこ、黒豆、エビなどが有名ですね。それぞれに長寿をお願いする意味だったり、幸せをお願いする意味が込められている縁起がいい食べ物と言われています。例えば、エビです。エビは背中が丸くなってますよね。おじいちゃん、おばあちゃんも背中が丸くなりますよね。エビの背中の丸さとおじいちゃんとおばあちゃんの背中の丸さ、これが似ているので、長生きできるという意味が込められているんですよ。こういうふうにおせちには何か幸せなことをお願いする意味が込められている特別な食べ物です。こういった食べ物も思い浮かびますね。皆さん、今の4つ、お鍋、おでん、カニ、おせち、この中で食べたことがあるものはありますか？次にご紹介したいのは、冬にすることです。たくさんあるんですけど、まずは、こたつに入ることです。皆さん、こたつって知ってますか？日本の独特なものだと思います。こたつっていうのは、テーブルの下にヒーターがついています。そのテーブルにお布団を挟んでつけます。お布団の中に入るとヒーターがあるので、とってもあったかいんです。その中に足を入れて、ゆっくりくつろぎます。すごく暖かいので、一度こたつの中に入ると、なかなか外に出られなくなっちゃいます。こたつに入ったまま、うとうと寝てしまうこともあります。あとは、こたつに入ったまま何かをすることも多いんですね。なぜかというと、こたつに入ると出られなくなっちゃうからです。こたつに入りながらテレビを見たり、こたつに入りながら宿題をしたり、あとはこたつに入りながらみかんを食べるというのも日本の冬の風物詩と言われています。それぐらい日本人にとってこたつはとっても特別なもので、昔からある冬の有名なものです。私も実家、お父さんお母さんの家にはこたつがあります。なので、実家に帰るとほとんどこたつの中で時間を費やしてしまいます。こたつから動けなくなっちゃうので、太ってしまう原因にもなりますね。なので、とても危ないです。あとは、イルミネーションを見ることも冬のとっても人気なアクティビティの一つですね。日本のいろんな街にイルミネーションが点灯します。これがすごく綺麗なんですよね。冬の空気はよく澄んでいると言われます。その
澄んだ空気のおかげで、イルミネーションの光がより綺麗に見えると言われています。クリスマスのシーズンは本当に綺麗なんですよね。有名な場所で言うと、大阪は御堂筋がとても有名です。あとは、東京だと表参道とか、すごく人気のスポットですね。そういった大きな都市だけではなくて、いろんな場所でイルミネーションのイベントが開催されています。そこに友達と行ったり、家族と行ったり、あとは恋人同士、カップルで行くのが人気ですよね。私も昔、神戸のルミナリエというイルミネーションのイベントに行ったことがあります。すごい綺麗ですよね。すごく癒されます。あとは、温泉に入ることも忘れてはいけないことですね。とっても人気です。日本の冬は結構寒いです。なので、温泉だけではなくて、お家のお風呂にゆっくり浸かるのもとっても人気です。私も大好きです。でもやっぱり温泉っていいですよね。大きなお風呂にゆっくりと浸かる。お風呂のお湯に入ることをお湯に浸かると言います。これが気持ちいいんですよね。開放感もありますし、お湯もあったかくてすごくリラックスできるんですよ。特に露天風呂。これはすごくいいです。最高です。露天風呂というのは、外にあるお風呂のことです。冬なので寒いんじゃないって思うと思うんですけど、お湯がすごく熱いので、ちょうどいいんですよ。お湯から上がった時も体がホカホカしています。しかも、冬の空気を感じながら入ることができるので、すごく気持ちいいです。夜の露天風呂は、空の星も見ながらお風呂に入ることができるので、すごくロマンチックな気分になることもできます。なので、露天風呂、そして温泉ですね。すごくおすすめです。日本の温泉に慣れてないっていう人もいると思うんですけど、いつかぜひ試してみてほしいですね。私も冬に日本に帰ったら絶対温泉に入りたいと思います。それぐらいおすすめですよ。あとは忘年会。これも冬といえばのイベントです。皆さん忘年会って知ってますか？12月になると毎週のように忘年会があります。これは会社の人とか友達と集まって今年も1年ありがとうございました。お疲れ様でした。その意味を込めてやる飲み会です。居酒屋でお酒を飲んだり美味しいものを食べながらお互い頑張ったねーとねぎらうことです。ねぎらうというのは頑張ったねと褒め合うことです。これが日本の冬のイベントの一つになっていますね。毎週忘年会がある人もいるんじゃないかなと思います。だから飲みすぎ、食べすぎには注意が必要です。私ももともと会社で働いていたので、12月の季節になると、そろそろ忘年会で忙しくなるなぁとよく感じていました。なので、12月に日本に行くと皆さんもあちこちで酔っ払ってる人を見るんじゃないかなと思います。はい。そして、
12月の最後の日が大晦日って言うんですけど、大晦日までに掃除をたくさんしてお正月の準備をします。そして綺麗な状態で年神様をお迎えしてお正月を迎えるというのが日本の一般的なしきたりですね。それで大晦日の夜は紅白歌合戦という有名な歌番組を見たり、あとは年越しそばを食べたりして過ごすことが多いですね。そしてお正月になったら初詣に行きます。お正月に神社やお寺に行ってお参りすることを初詣と言います。それからおせちを食べてのんびり過ごします。だいたいお正月の1月1日、2日、3日。この3日間はお休みの人がほとんどじゃないかなと思います。これを正月の三が日と言います。この三が日は面白いテレビもたくさんありますし、食べ物もたくさんありますし、お友達や家族も集まるのですごく楽しい期間です。私もすごく毎年ワクワクします。こういうふうに冬は日本人は過ごしていることが多いんじゃないかなと思います。実は他の動画でも大晦日の話とかお正月の話を詳しくしている動画があるので、そちらもぜひ見てみてください。そして次は冬のあったかグッズ。これもいくつか紹介しますね。例えば、北海道。北海道は冬には欠かせないアイテムです。皆さん、北海道って知ってますか？北海道というのは、四角い小さなものです。袋をビリッと破いて、中から北海道を出すと、最初はそんなに暖かくないんですけど、だんだん暖かくなってくるんです。振ったり、揉んだりすると、中にある何かが化学反応を起こして暖かくなるんですよ。なので、北海道をポケットに入れたりして持ち歩くことが多いです。ヒーターとか暖房がなくても北海道があればすごく暖かく過ごせるので、外に出かけてても便利なんですよ。要はポータブルヒーターみたいな感じですね。貼るタイプと貼らないタイプがあります。貼るタイプのいいところは背中とかお腹とかに、貼ることができます。直接肌に貼るのではなくて、服の上、肌着の上に貼って過ごします。すると背中の部分、腰の部分が温まってすごく気持ちいいんですよ。冬って寒いので体がこわばるじゃないですか。体が硬くなっちゃうんですよね。それをあったかい北海道を貼ることで体の筋肉もほぐれてリラックスした気分になれます。外にいるときは特に寒いですからね。北海道すごく便利です。日本のお土産として人気みたいですよ。薄いので持ち運びもしやすいので人気なんじゃないかなと思います。ドラッグストアとか、あとはコンビニでも買うことができるので、はい、ぜひ試してみてください。きっとびっくりするんじゃないかなと思います。はい。そして、着る毛布。これもおすすめです。着る毛布って知ってますか？毛布というとブランケットなので、寝るときに被る毛布を
イメージすると思います。それを着る毛布に進化させたものです。動画を聞いているだけの人はちょっとわかりにくいかもしれないんですけど、お写真のように手を通すところがあって、お布団をまるで着ているように見えるので着る毛布と言います。ただお布団を羽織っているだけだとずれてきてしまうことがあります。なので着る毛布だと腕も通してボタンも閉められるタイプが多いので自由に動き回ることができます。そしてお布団を着ているかのようにあったかいです。なのでこの着る毛布もすごく人気のアイテムの一つです。あとはヒートテックですね。ユニクロに売っているヒートテックという肌着です。すごく薄いんですけど、あったかいんです。薄いから寒そうに見えるかもしれないんですけど、一度着てみてください。すごくポカポカします。お洋服の下に着る肌着なんですけど、分厚い肌着を着ると着膨れしちゃいますね。着膨れというのは、たくさん服を着ることで太って見えることです。ヒートテックだとその着膨れを防ぐことができます。薄いのであまり影響がないんですよね。なので私はヒートテックをたくさん持っています。日本のほとんどの人が着たことがあるんじゃないかなと思います。これもお土産として人気があるアイテムみたいです。こういうふうに日本では寒さをしのぐためのアイテムがたくさんあります。日本人が考えて工夫して作ったものが本当にいっぱいです。それで便利なんです。なのでぜひ、北海道着る毛布ヒートテックまだ試したことがないっていう方はもし機会があれば試してみてほしいなと思います。私は寒いのが苦手なので冬はあんまり好きではないんですけど12月は好きですね。先ほど話したようにクリスマスもありますしお正月に向けてワクワクしますね。みんなお正月になったら家族にも会えるし友達にも会えるしというワクワクした雰囲気を感じることができます。街中がなんだか明るい雰囲気になっている感じがするんですね。そのワクワク感がある12月の雰囲気が大好きです。ということで今回は日本の冬のものについてたくさんご紹介しました。皆さんの国の冬と違っていましたか？日本独特なものがたくさんありましたか？ということで今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。皆さんこんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも私の動画を聞いてくださってありがとうございます。今回の動画はポッドキャスト形式です。いつもは台本を読んでいますが、今日は台本がありません。私が考えていることを皆さんにお話できたらいいなと思っています。今回の動画のテーマなんですが、何にしようかなと考えました。で、思いついたのが日本の会社についてです。日本の会社の経験とか嫌だった思い出とか良かったなぁという思い出を共有できたらなぁと思います。ぜひ最後まで聞いてください。
親のズラーニングハブ。まず、日本の会社でよく思い出に残っていることは、転勤です。転勤というのは、仕事の場所が変わることです。私の主人が大阪で働いていました。その主人が大阪から仙台に転勤するように会社から辞令が出ました。辞令というのは、会社からの命令というような感じですね。それで1ヶ月後に仙台に行ってくださいっていうふうに言われたんですね。いや、1ヶ月だったかな。もっと短かったと思います。2週間だったかもしれません。それぐらい急な辞令でした。それで何が大変だったかというと、当時私は妊娠をしていました。赤ちゃんがお腹にいたんですね。しかも臨月だったんですよ。臨月というのは妊娠10ヶ月のことで、もうすぐ赤ちゃんが生まれるという時期のことなんですね。ですので、お腹もとっても大きくて、動くのも大変でした。そんな時に転勤してくださいと言われたので、引っ越しの準備がすごく大変だったんですよね。親も遠く離れたところに住んでいましたし、主人のお父さんお母さんもまだお仕事をしていたので、なかなか手伝いを頼むことが難しかったんですね。ですので、お腹を大きい状態で一生懸命引っ越しの準備をした記憶があります。すごく急なのでショックだったのも覚えています。しかも大阪がすごく住みやすかったんですね。その時大阪で仕事をしていて7年ぐらい住んでいました。すっかり慣れて友達もできましたし、楽しい場所だったんですね。それで行き先の仙台には全然知ってる人がいなかったんですね。それもあって不安を感じました。仙台で初めての子育てをしないといけない。もうすぐ赤ちゃんが生まれるから一人でやっていけるかなとか、すごく心配だったのを覚えていますね。なんとか引っ越しの準備を終えて、私と主人は仙台に行きました。で、その後間もなくして、私の一人目の娘が生まれました。そして仙台で子育てがスタートしました。やっぱり赤ちゃんって喋らないじゃないですか。それで一緒に喋る相手がいなくて、すごくストレスを感じたりしましたね。あとは主人が北海道の支社も担当することになったんですよ。それで仙台と北海道に行ったり来たりしていました。なので家にいることが結構少なかったんですね。ですので、それもあって孤独を感じてしまって、結構毎日泣いていましたね。それで、このままじゃいけないと思って、ママ友を探すマッチングアプリがあったんですね。コミュニティ広場みたいな感じの。それに登録して、同じ地域に住んでいるママさんを探して会うというものも登録してやりましたね。実際に一人か二人ママさんにお会いして
カフェに行ってお話ししたりしました。すごくリフレッシュできた時間ですね。やっぱり誰かと喋るっていうのはいいですよね。すごく聞いてもらえるという気持ちと、誰かの話を聞けて新鮮な気持ちと、すごく楽しかったなと思います。あとは、そうですね。いろんなところにあるんですけど、子育てセンターっていうのが日本にはあるんですね。そこに行くと、同じぐらいの年代の赤ちゃんを連れたお母さんたちが集まってお話をしたりすることができます。あとは、ボランティアの人たちが絵本を読んでくれたり、人形劇をしてくれたり、イベントもたくさんあります。そういったマッチングアプリや地域のコミュニティに助けてもらって、だんだんと仙台での生活が楽しくなってきました。で、やっと仙台での生活に慣れてきたなぁと思った時に、また転勤してくださいっていう事例が出たんですよ。仙台にいたのはたったの4ヶ月でした。早いですよね。いや、これは主人の会社ならではなのかもしれません。かなりのスピード感です。また大阪に転勤の事例でした。大阪から仙台に行って、また仙台から大阪に帰るというものでした。まあ、大阪に帰ること自体は、私個人としては嬉しかったので、いい事例かなとは思いました。とにかく、日本の会社は会社によるんですけど、転勤が多いです。しかも、急な事例が多いです。私はその当時、子供が生まれてすぐだったので、そんなにいろんな手続きがあるわけではなかったです。ただ、子供が小学生とか中学生とかだと、そこから新しく小学校を探したりしないといけないというのは大変ですよね。ですので、この急な転勤の命令は嫌だなぁと思うことの一つですね。皆さん大変に感じるんじゃないかなと思います。あとは職種によって転勤が多いというものもあります。例えば先生とか銀行員ですね。そういった職種の方は転勤が多いと思います。実際に私の地元でも毎年新しい先生が引っ越してきていました。小学校の先生は今は5年おきに転勤するそうです。そうですね。遠いところへの移動だと結構大変ですよね。引っ越しがやっぱりね、時間もかかるし、体力も必要としますからね。皆さんの国ではどうですか？転勤は多いですか？少ないですか？二つ目は、有給についてです。有給というのは、給料をもらえるけど、休みにできる日のことですね。英語では、ペイドホリデーと言います。日本では、その有給が取りづらいですね。会社にもよるとは思いますが、結構有給を取るときに気を使ってしまう人は多いと思います。というのも、日本ではチームワークとか、あとは和を重要視する文化があります。それは日常生活でもそうですが、学校とか会社でもそうです。
ですので、有給を取るということは、私が休んだら、その休んだ分の仕事を他の人がしないといけない場合もありますよね。そうすると、他の人の負担が増えます。それを気にする文化があるんですね。もちろんお互いに助け合おうという文化もありますよ。ですけど、相手に負担をかけないようにという文化も強いんですよ。ですので、有給を取るときには、かなり前々から計画的に申請をしないと取りづらかったりします。特に子育てをしていると、急な病気になることが多いんですね。例えば、保育園から電話がかかってきます。お熱が出てるので、お迎えに来てください。こういうことがしょっちゅうです。ですので、よく職場にお願いしてお休みをもらうことが多かったです。その度、私としては、すみません、お休みもらえますかって申し訳ない気持ちになるんですね。本来は謝る必要はないと思うんですが、でもやっぱり周りの人のことが気になってしまいますね。日本は小さい時からそういうふうに周りの人へ迷惑をかけないというふうに教えられるんですよ。そういうのもあって、大人になってから会社で働いていても、そういうふうに感じる人が多いのかなと思います。ですので、そうですね。あとは日本では有給が10日間しかないんですよね。10日だったかな？少ないです。今私はスペインに住んでるんですけど、スペインはその倍の20日間だったかな。有給がすごく多いらしいんですよ。それで有給をまとめて取って長い休みを夏休みにするという人も多いそうです。それで日本と大きな違いだなというふうに感じたんですけど、皆さんの国では有給は多いですか？そしてその有給は取りやすいですか？今2つ嫌だなという思い出を喋っちゃったんですけど、もちろん悪いことばかりではありません。今言ったエピソードを裏返すと自分の成長機会にもなったなと思っています。例えば、転勤、急な転勤でしたね。ですけど、それに対して臨機応変に対応する力がついたなと思います。臨機応変というのは、その状況が変わったとしても、柔軟に対応できることを言います。フレキシブルですね。ですので、いろんな会社の指示とかあると思うんですけど、それに対応する力がつくので、すごくフレキシブルになれるなと思います。あとは、仙台に行った時、友達もいないし、知っている場所もないし、初めての子育てだし、全部ゼロでした。でも、そこからどうやったら楽しい生活ができるかっていうのを自分で考えることができました。発想をポジティブに変えるという力がついたなと思います。ネガティブなことを考えてばっかりじゃなくて、どうやったらポジティブになれるか、
そういった工夫を自分で考えてできるようになったのは良かったなと思います。昔私が会社で働いていた時はいろんなバックグラウンドの人と出会えて会話をしていろんな考え方を知ることができたのがすごく楽しかったなと思います。今もできると思うんですけど、こうやって YouTube とか Instagram とかでいろんな方とのやりとりを楽しんでいます。でもやっぱり会社で実際にいろんな人と一緒に働くというのとはまた違うなというふうに思いますね。会社の良さはそこかなと思います。いろんなバックグラウンドの人と一緒に働ける。いろんなアイディアをお互いにシェアできる。そういう場所はすごくいいなぁと思いますね。あとは日本の会社ではお昼ご飯の時間になると近くの美味しいご飯屋さんにご飯を食べに行けるんですよ。ですので同僚と一緒に美味しいお店に行っておしゃべりしながら美味しいご飯を食べるというのも一つの楽しみになっていました。そういうふうにみんなで助け合いながら楽しく仕事をできるというのもいいとこですよね。今の仕事も楽しいんですけど、やっぱりたくさんの人と、いろんな人と一緒にアイデアをシェアしながら働くのは懐かしいし、またやりたいなということを感じますね。あとは社会人としてのマナーを身につけられたのも良かったなと思います。例えば、名刺交換とかのやり方ですね。日本ではビジネスカードを交換するときに作法があります。渡し方があるんですよ。それを勉強してやることもできましたし、あとは言葉遣いとか、締め切りを守るとか、そういった細やかな気配り、マナーというのを身につけることができたのも、会社で働いて良かったことだと思います。特に日本の会社では、そういったマナー、お互いのことを思いやる気持ちというのを大事にします。ですので、そういったことを勉強できたのは、会社で働いてよかったことの一つですね。今は一人で家で仕事していることが多いので、できないことです。でも、この仕事をやる前に、実際に大きな会社で働いて、そういったことを学べたのは良かったですよね。あとは、日本の会社って飲み会もたくさんあるんですよ。その時にもマナーがあるんですね。例えば、上座、下座といって、席が決まってるんですよ。上座というのは、目上の人、上司とか取引先の方、自分よりも偉い人たちに座ってもらう席のことです。下座というのは自分が座るところです。その立場が低い人が座る場所ですね。下座は入り口の近くのことを言います。入り口って人の行き来が多いですよね。例えば居酒屋だったらウェイターさんが食べ物を持ってきたり、お皿を持って帰ったり、行ったり来たりするじゃないですか。それが煩雑ですよね。忙しいです。その場所に偉い人がいるよりも、立場が低い人がいた方が、目上の人たちを敬うことができると考えられています。そういった理由で入り口付近に下座
として立場が低い人たちが座るというマナーがあります。それも勉強しました。この上座下座は面白くって、タクシーとかエレベーターにもあるんですよ。座る場所、立つ場所というのが。またこれも今度お話ししたいですね。あとは乾杯の時はグラスを下に下げるとか、いろんな礼儀作法がありますね。飲み会の中でもあります。こういうふうに社会人としてのいろんなマナーを身につけることができるのも会社で働くことのいいことの一つかなと思います。皆さんの国の会社は働きやすいですか？どんなところがいいですか？そしてどんなところが嫌だなぁと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。とっても気になります。では今日のポッドキャストはここまでです。最後まで聞いてくださってありがとうございます。ではまたね。皆さんこんにちは。今日は日本の会社での給料、会社からもらえるお金の話をします。これから日本で働きたいと思っている人にとっては大切なトピックですよね。それに日本語を学びながら日本の仕事について勉強している人にも役立つ内容だと思います。では早速一般的な給料の構造についてお話しします。親のずラーニングハブ。日本の会社では給料が2つ種類があります。基本給と手当です。基本給というのは毎月決まった金額が支払われるものです。これは役職とか職種、あとは勤務年数によって変わります。手当というのは、例えば通勤手当など基本給にプラスして支払われるお金のことです。基本給は業界や会社によっても変わります。まずはいろんな業界の初任給についてお話しします。初任給って知ってますか？これは会社に入ったばかりの時にもらう給料のことです。例えば、大学を卒業したばかりの人の初任給は、日本ではだいたい月に20万円から25万円くらいです。IT とかコンサル、金融業界は少し高くなることが多いです。実は私は IT の大きな会社で働いていました。その時の初任給が30万円でした。これは当時はとても高い金額だったので、ニュースとかでもよく紹介されていました。もちろん初任給だけではなくて、その後どれぐらい給料が上がるか、これもとっても大事なところですよね。だって初任給だけが高くて、その後給料が増えないとあまり面白くないですよね。じゃあどうやって日本では給料が上がるのでしょうか？日本では給料は経験とか会社での実績によって少しずつ上がっていきます。特に年功序列という仕組みがあります。これは年齢、
とか勤続年数、どれぐらい長く働いているかに応じてお金が決まる仕組みです。だから長く会社にいるほど給料が高くなる傾向があります。あと、ボーナスという特別な給料もあります。ボーナス大好きです。ボーナスは日本では夏と冬の年に2回もらえることが多いです。これは会社の業績とか個人の働きによって金額が変わります。このボーナスは年収1年でもらえるお金、年収にも大きく影響しますね。あとは、給料には昇給と昇進があります。昇給は毎年少しずつ給料が上がることを意味します。昇進は役職が上がることです。例えば、普通の社員が主任とか課長に昇進すると責任が増えますよね。そのため給料も上がります。まとめると、日本の会社での給料は基本給と手当で構成されています。そして年功序列や昇進などで少しずつ上がっていきます。もちろん最近は年齢とか働いた年数で決まる年功序列だけではなくて、成果主義の会社も増えています。成果主義は会社にいる年数ではなくて、仕事の結果で昇給、昇進が行われるものです。私が最初に働いていた会社は、成果主義の傾向が強かったです。なので私はあまり結果が出せなかったので、給料は全然変わらなかったです。では、もう少し年功序列と成果主義について詳しく話しますね。年功序列というのは、勤続年数とか年齢に応じて給料が上がるという仕組みです。長く働くほど少しずつ給料が上がります。例えば、新入社員として会社に入ると、最初の給料はみんな同じぐらいです。先ほど言ったように平均的では20万円から25万円です。まあこれは低い方かなとは思っています。皆さんの国の初任給ってどれぐらいですか？そして10年、20年と長く働くとその分給料も上がっていきます。年功序列のいいところは、社員が安心して長く働くことができるということですね。安定します。特に若い時には給料が少ないかもしれません。でも長く勤めることで安定した生活を送ることができます。でもこの仕組みにはいくつかの欠点もあります。例えば、どんなに頑張って働いて結果が出ても、給料が上がるスピードは年齢とか勤続年数で決められます。自分の方があの先輩よりも頑張ってるのに、先輩の方が給料が高いとストレスを感じる人もいるかもしれません。だから特に若い社員さんとか優秀な人は大変ですね。どれだけ努力しても給料が
そんなに変わりませんからね。だから最近では成果とかパフォーマンスに基づいて給料を決める会社も増えています。これを成果主義と言います。成果主義の会社では仕事の成果、結果によってボーナスとか昇給が決まって、年齢とか勤続年数はあまり関係ありません。新しい企業や外資系の会社など、成果主義を取り入れている会社では、頑張った分だけ早く給料が上がることがあります。ただ、成果主義の会社では、成果が上がらないと給料が増えないこともありますね。減ることもあります。だから常に高いパフォーマンスを求められます。中にはプレッシャーを大きく感じてしまう人もいるかもしれませんね。私もそうでした。安定して給料がもらえる年功序列の仕組みとは違う点ですね。まとめると、日本の伝統的な会社では年功序列という仕組みがあって、長く働くことで給料が上がっていきます。これは安定した仕事環境を提供してくれます。でも、結果が評価されにくいという欠点もありますね。一方で、成果主義の会社では、頑張った分だけ早く昇進できます。給料が上がる可能性はありますけど、その分プレッシャーも大きくなります。皆さんは年功序列と成果主義、どっちが好きですか？どっちの会社で働きたいなと思いますか？私は安定志向のタイプなので、どちらかというと年功序列の会社がいいかなと思っています。そっちの方が自分に合っているかなと思っています。次は私も大好きなボーナスについてお話しします。ボーナスはとっても重要な収入の一部ですよね。特に日本では年に2回もらえることが多いです。まず一般的なボーナスについてです。日本の会社ではボーナスは通常夏と冬の2回支払われます。これを私たちは夏のボーナスと冬のボーナスと呼ぶことが多いです。ボーナスは基本的に1ヶ月分から3ヶ月分の給料に相当する金額が支払われることが多いです。もちろんこれは会社とか業界によっても違います。私の最初に働いていた会社は年に2回ボーナスがありました。2つ目に働いていた会社は年に1回しかありませんでした。ボーナスの金額はいくつかの要素によって決まりますね。まずは会社の業績です。会社の売上や利益が多い場合は、その分社員もたくさんボーナスをもらえます。でも会社の業績が悪いとボーナスの金額が減ります。場合によってはボーナスがないこともあります。これは一人一人の努力だけではなくて、
会社全体の経営状況が大きく影響するためです。二つ目の要素は個人の成果ですね。一人一人がどれだけ会社のために頑張ったかです。例えば、営業職の社員で売上がたくさん上がった人がいるとします。そうすると、その人の結果が評価されて、ボーナスが上がることがあります。もちろん、ボーナスがない会社もありますし、会社によって様々だと思います。次は、日本の会社での男女の給料の違いについても話します。特に日本では男の人と女の人の間に賃金格差があることが問題になっています。これは同じ仕事をしているのに男性と女性の給料が違うということです。例えば厚生労働省という国の機関の調査によると、女性の平均賃金は男性の約 75% しかないそうです。これは同じような仕事をしていても女性の方が給料が低いということです。なぜこのような賃金格差が生まれるんでしょうか。一つ目の理由は日本の古くからの考え方の影響だと思います。昔から日本では男性は外で働き、女性は家で家事や育児をするべきという考え方がありました。実は私のおじいちゃんおばあちゃんの世代も、お父さんお母さんの世代もそういう考え方が多かったです。私のおばあちゃんもお母さんも専業主婦でした。この影響で女性が仕事で昇進したり、いい役職に就くことが難しかったと思います。二つ目の理由は企業文化や働き方の問題です。日本の多くの会社では長い時間働くことが求められるのが多いです。だから家庭や育児のために時間が必要な女性はキャリアを続けることが難しい場合があります。子供の保育園の時間も決まってますしね。お迎えに行かないといけない。家事をしないといけない。そうすると会社にいられる時間があまりありません。だから女性が働くチャンスが減ってしまうということです。でも最近はこの問題を解決するための取り組みも増えています。例えば育児休業とか介護休業を取りやすくする会社が増えています。働く女性をサポートする制度が整ってきました。私の前に働いていた会社もこの制度がすごく充実していました。あとは男性が育児休暇を取ることができるようにもなっていますね。あとは女性の管理職を増やす会社も増えています。実際に IT 業界とか一部の外資系企業では男女格差が減ってきている会社も増えています。これらの企業では仕事の結果とかスキルが給与に反映されるので、男か女かというのはあまり関係ありません。あとはリモートワークなど
いろんな働き方ができるようにもなってきましたよね。リモートワークができると、子供が体調を崩してしまってお家にいたとしても、お家で働くことができます。このような取り組みが少しずつ日本の社会の考え方とか企業文化を変えてきています。もちろん、賃金の格差はまだ完全には解決していないと思います。でも、こういった支援の幅を広げることで、将来的にはもっと平等な環境になっているんじゃないかなと思っています。皆さんの国では男女の賃金格差ってありますか？どうでしょうか？あとは給料交渉についてもお話しします。海外では給料の交渉がよく行われていますけど、日本では少ないです。日本で働く上でこの文化の違いを理解することはとても大切じゃないかなと思います。どうして日本では給料を上げてくれという交渉があまり行われないんでしょうか？これは日本の和を大切にする文化の影響だと思います。和というのはみんなが仲良く調和を保ちながら仕事をすることを意味します。なので個人が自分の給料について強く主張することはあまりいいこととされていません。だからあまり給料のことについていろいろ聞いたりお願いしたりすることがないのかなと思います。最後にいろんな業界の給料についてもお話ししますね。これは皆さんの国もそうかもしれませんが、日本でもどういった業界で働くかによって給料が大きく変わります。まず、高い給料がもらえる業界についてお話しします。気になるところですよね。一般的には金融業や IT 業界、あとは医療関係、製薬業界は他の業界に比べて給料が高いです。これらの業界では専門的な知識やスキルが必要なので高い給料が支払われることが多いです。例えば金融業では投資銀行とか証券会社で働くと平均的な給料が高くなります。あとは IT 業界ではエンジニアの給料が高いです。これらの仕事は特に海外でも高い評価を受けています。技術とか経験がある人はさらに高い給料をもらえます。では、給料がそれほど高くない業界についてもお話しします。教育業界やサービス業などは他の業界に比べて給料が低いことが多いです。例えば、先生、あとは保育士。こういった仕事は社会的にはとっても重要ですよね。でも、給料はそれほど高くありません。実は、私が最初に働いていた会社は IT の会社でした。営業職をしていました。その時は先ほど言ったように初任給が30万円で給料が高かったです。でも二つ目に選んだ仕事が学校の先生でした。
学校の先生の最初の初任給は20万円程度でした。それよりもちょっと少なかったんじゃないかな。それぐらい差が大きかったです。あとはサービス業、例えばコンビニとかレストランでの仕事も給料が低い傾向にあります。もちろん自分に合った業界を選ぶことが大切だと思います。給料が高いということを選ぶだけではなくて、自分がどのような仕事をしたいのか、どんな生活を送りたいのかも重要ですよね。例えば、安定した給料を求めるのであれば、金融業や IT 業界が向いているかもしれません。でも、仕事と生活のバランスを大切にしたいなら、長時間働かなくても済む会社を選んだ方がいいですよね。このように業界ごとに給料とか働き方には様々な違いがあると思います。これはどこの国も同じかなとは思っています。私はそうですね、最初の会社も好きでしたけど、やっぱり IT 業界は仕事が大変でした。毎日朝早く起きて、夜は終電前まで働いていました。日本の終電はだいたい12時とか。なので、日付が変わるまで会社にいたこともあります。こういったように結構大変な会社ではあったんですよね。そして二つ目の会社は残業がほとんどありませんでした。だから週末とか会社帰りにも自分が好きなことをして生活することができました。給料はもちろん低かったんですけどね。こういった風にどちらに自分の大切な考え方を置くかにもよりますよね。皆さんもぜひ自分に合った業界や仕事を選んで充実したキャリアを築いてほしいなと思います。頑張りましょう。それでは今日のポッドキャストはここまでです。いつも聞いてくださってありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。またねー。皆さんこんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも私の動画を聞いてくださってありがとうございます。日本語を勉強している皆さんの中に日本に興味があるという方、そして日本の文化が大好きという方が多いんじゃないかなと思います。私も日本人として日本のことが大好きです。でも今日は日本のいいところではなくて、日本の嫌だなぁと思うところ、苦手と思うところを皆さんにシェアしたいと思います。私は今スペインに住んでいます。そしてその前はもちろんずっと日本に住んでいました。日本と海外と両方住んでみて、日本のいいところも悪いところも両方すごくよく見えるようになりました。日本に住んでいるといいところばかりではないんですよね。ちょっと疲れてしまうことも多いです。これはどの国に住んでいてもあることかなと思います。やっぱりそれぞれの国によって
一長一短、pros and cons ですね。があると思います。ですので、両方知ることでよりその国のことを知れると思うんですよね。ですので、今日は私が苦手な日本の文化についてお話ししたいと思います。共感できるという方もいらっしゃるかもしれませんね。はい。ということで、ぜひ最後まで聞いてください。親のズラーニングハブ。今日お話しするのは3つの苦手な日本の文化です。まず1つ目は、謙遜しすぎることです。謙遜という言葉、皆さん聞いたことありますか？聞いたことがあるという人も多いんじゃないかなと思います。謙遜というのは、自分のいいところ、それとか、あとは成功したことを大げさにしないことです。控えめな態度を取ることです。これが日本の文化であり、謙遜することが大切なマナーと言われています。例えば、誰かに褒められた時に日本人がよく言うのが、そんなことないですよ。いえいえいえ。そういうふうに軽くやんわりと否定をします。なぜでしょうか？わかりますか？なんでそんなことないですって言うんでしょうか？その理由は、自分が相手よりも偉いとか、相手よりも上にいるということを表さないようにするためです。そういうふうにすることによって相手へのリスペクトを示すんですね。私よりもあなたの方がすごいんですよっていうふうに相手の立場を上に上げてあげるんですね。これが一つの日本のマナー、謙遜することというふうに言われています。もちろんお互いにリスペクトし合うことはすごく素敵な文化だと思います。そうすることで相手も気分が良くなることもありますし、ハーモニーが生まれます。なので、より良い関係性を築くこともできます。ただ、謙遜しすぎてネガティブになってしまうことも多いです。例えば、スタイルいいですね、と褒めてもらったとします。そして、いやいや全然細くないですよ。もうここなんてお肉がたくさんついてて困ってるんですよ。っていうふうに相手のことを否定しすぎてしまうと、どこか自分に自信がないのかなという印象を与えてしまう可能性もあります。そして自己肯定感が低くなってしまうこともあります。なので、謙遜することが必ずしもいいことではないと思うんですよね。あと、これもよくあるんですけど、ママ友同士の会話の中で子供のことを褒めることって多いんですよね。例えば、〇〇ちゃんまた100点取ったんだって、すごいね、賢いね。賢いというのは頭がいいということですよね。そういうふうに褒められたとします。それに対してネガティブに謙遜してしまうママも多いんですよ。例えば、全然勉強しなくて毎日怒られてるんだよ。とか、いや全然たまたまだってっていうふうに子供のことをネガティブに言ってしまう人も多いんですよね。相手のことを謙遜しすぎるがあまり、
自分の子供をね、そういうふうに否定的に相手に伝えてしまうこともあるんですよね。これは私はちょっと良くないなぁと思っているところです。やっぱり子供は褒めてあげたいですよね。自己肯定感が高い子に育ってほしいというふうに思います。なので私だったらさっきのように100点取ってすごいねと言われたとしたら、ありがとうございます。テストに向けて宿題も毎日頑張って100点取りたいと言ってたので、よかったです。安心しました。とか、そういうふうに言いたいなっていうふうに思いますね。謙遜の文化は相手のことも思いやるという美しい側面もあります。いいところもたくさんあります。でも、先ほど言ったようにネガティブになりすぎる必要はないかなと思います。ネガティブすぎると、自己肯定感も下がってしまいますしね。自信がないように見えちゃいますからね。ですので、バランスよくコミュニケーションをするのができたらいいなというふうに思います。二つ目の私が日本の文化で苦手だな、あんまり良くないよなと思っていることは、イエス、ノーがはっきり言えないことです。私自身もそうなんですよ。なので、直したいと思っているところでもあります。本音と建前という言葉、皆さん知っていますか？日本の文化の中で、この本音と建前というのは、非常に深く根付いている文化です。本音というのは、心の中で本当に思っていることです。そして、建前というのは、相手を傷つけないようにしたり、その場の空気を読んで言うことです。なので、本音、心の中で思っていなくても言うことが建前なんですね。この本音と建前の文化があるので、日本人はイエス、ノー、はっきり言えないんじゃないかなと思っています。例えば、誰かに一緒に遊びに行こうよと誘われたとします。そしたら、本音は、明日行きたくないなーって思っているとしますね。でも、相手を傷つけないようにするために、建前を使って日本人の多くが、そうですね、ちょっと考えてみますとか、行けたら行くわというふうに言うことも多いんですね。聞いたことないですか？先ほどのように遠回しに断ることが多いんですよね。これは建前を使って相手を気遣おうとする日本人の気持ちなんですね。せっかく誘ってくれたのに行けないって断るのは気が引けちゃうんですよ。気が引けるというのは、なんて言ったらいいんだろう。あまり進んでやりたいと思うことではないということです。私もそうなんですよ。よく、ちょっと後でまた連絡するねとか、その場で OK とか、その場でちょっと無理っていうことはあんまりしないんですよね。人によってはそれが嫌と思う人も多いんじゃないかなと思うので、できるだけはっきり返事をするようには気をつけているんですけど、相手のことを受け入れてあげる、
相手のことを傷つけないようにするというのはすごくいいことだと思います。でもよくあるのが曖昧な答えをしたせいで結局相手が混乱してしまうということなんですよね。結局どっちなのっていうことです。例えばさっきの話で遊びに行こうって誘われて行けたら行くねとその場しのぎで答えているとしますよね。そして相手は連絡を待ちますよね。あれ？行けたら行くって言ってたけどどっちなんだろうって。そうするとお互いに面倒ですよね。こっちはあんまり行きたくない、乗り気ではない。向こうは連絡を待っている。こういう状況が結構日本では頻繁に起こると思うんですよね。建前で曖昧に断るというのはちょっと気をつけないといけないことだよなとは思っています。そして良くないなと思う理由の一つが、やっぱり自分の意見をはっきり言えなくなってしまいますよね。で、無理に周りに合わせることも増えてしまうと思います。本当は行きたくないけど、相手を傷つけたくないから行こうっていうふうに無理に気持ちを抑えてやりたくないこともやってしまうという人も中には多いんじゃないかなと思います。相手はそんなにね、気にしてないことも多いと思うんですよ。断られても、あ、そっかそっか、わかったっていう人の方が多いんじゃないかなとは思うんですけど、そう、日本人って結構考えすぎちゃうんですよね。相手の気持ちを深読みするって言うんですけど、本当はそうじゃなくても、そうじゃないかって、不要に無駄に考えすぎてしまう人多いんですよ。こういうふうに私も今話してますが、私もそのうちの一人です。はい。私もよく考えすぎてしまうところがあるので、ちょっとね、変えないといけないなとは思っていますけど、これがストレスとかにつながってしまうケースが多いので、なので、この Yes のはっきり言えないこと、建前が先に出てしまうことというのは、日頃からバランスよく気をつけないといけないなとは思っています。それが苦手なことです。三つ目のちょっと苦手だなと思うことは、周りを気にしすぎることです。日本では他の人の気持ちとか、他の人がやっていることに合わせようとしたり、空気を読もうとする文化が強いです。なので、時々周りのことを気にしすぎて、自分がやりたいことをできないことが多いです。先ほどの二つ目の苦手なことともちょっと共通する部分も多いかなとは思うんですけど、例えば残業の話です。私やもちろん皆さん定時に帰りたいと思います。定時というのは会社で決められた帰る時間です。日本のほとんどの会社の定時はだいたい5時とか6時のところが多いんじゃないかなと思います。定時になると普通は早く仕事終わって帰りたいですよね。1秒でも早く。でも日本では定時を過ぎても他の働いている人たちが一生懸命働いていると、自分だけ帰るのはなんだか悪いかなという気分になってしまう人が多いんですよ。私もそうです。
そういうふうに周りもやってるし、私もやった方がいいんじゃないかというふうに考えてしまって、結果、早く帰れるのに無駄に残業してしまうことも多いんですよね。最近では会社が率先して、はい、定時なので皆さん帰ってくださいね、というふうに促してくれる会社も増えています。でも中にはやっぱり、定時を過ぎても周りがまだ残業しているから帰りづらくて無理して残業するという人も多いんですよね。そういう会社もまだまだ日本にはあります。あとは、出る杭は打たれるという言葉。この文化も日本にはまだまだ根強くあるんですよね。出る杭というのは、目立っている人とか目立ったことのことを言います。打たれる。折れ曲がってしまうまで打ってしまう。要は成功している人とかいいことを言っている人を見ると批判してしまいたくなるという文化があるんですよ。よくないですよね。これはなぜかというと、さっき言ったようにみんながやっていることと同じことをした方が輪を守れる、安心という文化的な考え方がまだまだあるからなんですよね。みんなと同じように平均的に生きていた方が生きやすいという考え方です。例えば、おしゃれな人がいます。おしゃれが大好きです。その人が、他の人よりも少し派手な服を着て街を歩いているとします。すると街の人たちは、あの人、他の人と違ってるというふうに、ちょっと嫌な目で見てしまう人も中にはいるんですよね。人と違っていることが、変というようなネガティブな思考です。今、そうですね、多様性もかなり広がってきているので、それは個人差とか地域差もあるとは思います。でも、やっぱりこの出る杭は打たれるという言葉が根強くあって、目立ってしまう人を攻撃してしまいたくなる人も多いんですよ。悲しい現実ですけどね。これはさっきの例のファッションだけではありません。仕事でのプレゼンスもそうですね。せっかくいいアイディアや意見を持っているのにアピールしづらい社会なんですよね。成功、本当はできたのにという人もたくさんいるんじゃないかなと思います。なので、もっとみんなでいいところも褒め合えて認め合える社会になっていくと、もっとそれぞれの自己肯定感が上がって素敵な社会になるんじゃないかなと思います。今日話したことをまとめると、日本人は協調性を大事にしすぎるところがあるということですね。自分が言いたいことが言えなかったり、本当はやりたいのに遠慮しちゃうという人が多いと思います。そこに先ほど言ったような本音と建前とか謙遜するとか、あとは出る杭は打たれるとか、そういった文化的な背景が大きく関係しているのかなと思います。中には、それをね、ストレスに感じている人もたくさんいると思います。私自身はスペインに来て、やっぱり Yes, No はっきり言えないことが多いなと感じて、直さないといけないというふうに思っています。
そして、スペインの方たちって自由におしゃれを楽しんでいるんですよね。すごく明るいショッキングピンクの服を着ていたり、大きな花柄の服を着ていたり、そういう風に楽しんでいるんですよね。私は今日はブルーですが、結構白とか黒とか暗い色を選びがちなんですよ。目立たないようにという気持ちがどこかであるのかもしれません。ちょっと赤とか黄色の服とか着るときには恥ずかしいとかドキドキする気持ちが起こるんですよね。もう少し明るい服とかも着て堂々とファッションを楽しみたいなとは思います。こういうふうにですね、やりたいことをもうちょっと、うまく表現できるようになったり、あとは自分のことをもうちょっとポジティブにね、捉えられる文化。そして相手にもうまくそれを伝えるという文化がもっと広まるといいのかなと思います。だいぶ風潮も変わってきて、みんな自己肯定感を上げようとか、そういう動きもたくさんあるんですけどね。でも、謙遜するとか、あとは、本音と建前は、人を傷つけないようにという日本人ならではの配慮の仕方、優しさでもあるので、裏を返せば。ですので、いいところでもあるんですよね。ですので、このいいところと良くないなと思うところ、うまくバランスを取ることができたら最強じゃないかなと思っています。皆さんはどう思いますか？皆さんから見た日本ってどんなところがいいなと思いますか？そして今回私が感じているような苦手なところありますか？ぜひコメントで教えてください。またこのようなポッドキャスト形式のお話も撮っていきたいと思っていますので、こんなお話が聞きたいというリクエストがあればぜひ教えてください。では今日も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございます。皆さん良い一日を過ごしてくださいね。それではまたね。皆さんこんにちは。AM ジャパニーズの綾乃です。いつも聞いてくださってありがとうございます。今日は昔大変だったことを話したいと思います。今私はスペインに住んでいます。でもスペインに来る前は日本の大阪に長い間住んでいました。だいたい9年くらい住んでいました。大阪に住んでいた理由は旦那の仕事先が大阪だったからです。それに私も当時大阪にある学校で働いていました。フルタイム勤務で働いていました。フルタイム勤務って知っていますか？フルタイム勤務というのは会社で決められている正社員が働く時間のことです。一般的には週5日、1日8時間の週40時間です。私もそうでした。たまに残業もありましたが、私の会社はそんなに多くはない方でした。結婚して子供が生まれた後も仕事は辞めませんでした。それはその時やっていた仕事が大好きで、とても楽しかったからです。
毎日充実していました。もちろん、とっても大変でした。子供の保育園が8時からだったんですね。なので、8時ぴったりに着くように保育園に連れて行きました。だから朝はだいたい6時から6時半くらいには起きていました。それからは子供の保育園の準備と朝食の準備で大忙しです。私も化粧をしたり、自分の準備もあってバッタバタです。毎日そんな感じでした。8時に子供を保育園に預けた後、8時半に出社していました。家からとても近い職場だったのは、すごくラッキーでしたね。晴れの日も、雨の日も、電動自転車を漕いで職場に毎日行っていました。皆さん知っていますか？ママチャリって言うんですけど、子供を前と後ろに乗せて、一生懸命お母さんが保育園に連れて行く様子、日本の当たり前の光景のようになっていると思います。私もそんな感じで、毎日子供を前と後ろに乗せて、一生懸命自転車で保育園と会社とお家の行き来をしていました。それから5時半に退社して、6時前くらいに保育園に子供のお迎えに行っていました。それから夕ご飯の準備をして、だいたい19時、7時くらいにご飯を食べていました。その後すぐ子供をお風呂に入れて、歯磨きをして寝る準備をしました。そして21時、9時までには子供を寝かしつけていました。子供が寝た後、そーっと部屋から出て、今度は食器の片付けや洗濯をしていました。これを毎日毎日繰り返し一人でやっていました。まさにワンオペ育児です。ワンオペというのはワンオペレーション育児の略です。お父さんかお母さんのどちらか一方、または一人親が家事、育児のほとんどを一人で行うことです。私はこのワンオペ育児をずっとしていました。なぜかというと、共働きをしていて、旦那の帰りがいつも夜23時、夜の11時とかだったからです。共働きというのは、お父さんもお母さんも両方働いていることです。共働きと言います。私の旦那は特に忙しい人で、夜も遅かったんですが、朝も早くて、7時くらいには出社していました。残業がたくさんの会社だったんですね。旦那の大変さを私は理解していたので、家のことは任せてと思って頑張っていました。私自身時間がないこともあって、結構何でも適当にやっていましたけどね。雑だったと思います。今も結構雑な方ですけど、たまにはコンビニでおでんを買って夜ご飯におでんを食べることもありました。毎日毎日
完璧にはできませんでした。こういうふうにたまに手を抜きながらゆるくやってたからこそワンオペ育児ができたのかなと思います。日本は比較的共働きの家庭が多いと思います。だからその中ではワンオペ育児をしている家庭も結構多いんじゃないかなと思います。皆さんの国でもワンオペ育児という言葉聞いたことありますか？ワンオペ育児をしている人は多いですか？私がラッキーだったのは、いい保育園に恵まれたことですね。保育園に子供を預けられなかったら、働いていなかったですからね。働けないですからね。私の場合は家の近くで割とスムーズに入園することができました。でも、日本では特に都市部になればなるほど保育園に入りにくいと言われています。待機児童問題と言われています。仕事をしたいから子供を預けたいけど、保育園が定員オーバーで順番待ちをしないと入れないという状況です。しかも家庭状況をポイント化した点数によって優先順位が決まります。例えば、フルタイム勤務とパートタイム勤務だったら、フルタイム勤務の人が高い点数です。それと、兄弟がすでに園に通っている場合も加点されます。点数が追加されるということです。一方で、同居している人、例えばおじいちゃんおばあちゃんがいると減点になります。おじいちゃんおばあちゃんが子育てすることができると考えられてしまうからです。このような点数の合計得点で保育園に入れるかどうかの優先順位ができます。私の東京に住んでいる友達も保育園に子供を預けられなくて1年くらい待ったと言っていました。もちろんその間はお仕事もできません。ちなみにベビーシッターという手もあるんじゃないと考えた方もいるんじゃないかなと思います。日本でもベビーシッターを雇う人もいると思いますが、数はかなり少ないと思います。なぜかというと、多くの人が自分で子育てをしていないという気持ちになってしまって、気が引けてしまう人が多いからです。それと、周りからも、あの人育児してないよね、なんて思われないかと心配する人も多いんですよね。日本人特有の周りの目を気にしてしまうという性格です。なので、日本でベビーシッターを雇っている人はかなり少ないと思います。スペインではベビーシッターの制度を利用している人はかなり多いと思います。私もベビーシッターさんよく見ます。なので、日本とスペインの文化の違いを感じる一つのポイントでもあります。私の場合は、子供が赤ちゃんの時から今大きくなるまで保育園に困ったことがなかったので、本当にラッキーでした。自分がやりたい仕事もできましたし、
自分の時間を少し持つこともできていました。だから良かったなと思います。でもやっぱり子供が小さい時はワンオペ大変だったなと思いますね。仕事と家事、育児の両立です。大変でしたけど、子供が小さいあの頃の時間ってすごい愛しいなと思います。あの時しかない思い出ですからね。今思い返すと大変だったけどいい思い出だなと思います。皆さんの国ではワンオペ育児は多いですか？それと子供を安心して預けられる施設は充実していますか？例えば保育園はたくさんありますか？それとも家族や親戚を頼って子育てを助けてもらうことが多いですか？ぜひ教えてください。今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました。他にも動画のリクエストありましたらぜひ教えてください。では次の動画でお会いしましょう。またねー。皆さん、こんにちは。今日は日本のマナーについてお話しします。マナーとは、他の人と良好な関係を築くための行動です。日本では古くから大切にされているマナーがあります。これらのマナーを日々の生活で心がけることで、私たちの周りの人々との関係がより良くなります。そして感謝の気持ちを伝えることができます。挨拶はその中でも特に重要なマナーの一つです。誰かに会ったときは、こんにちは。仕事が終わったときは、お疲れ様でした。そして別れるときは、さようなら、またね、と言います。これらの挨拶は、お互いの心を通わせるためのとても大切な第一歩となります。また、お辞儀は感謝や謝罪、敬意を表す際に欠かせないマナーです。何かをしてもらったときには、相手の目を見てお辞儀をします。言葉と一緒にお辞儀をすることで、自分の気持ちをよりしっかりと伝えることができます。食事のマナーも非常に重要です。特にお箸の正しい持ち方や使い方には注意しましょう。食べ物を箸で刺したり、お箸で音を出したりすることはマナー違反とされています。お箸を正しく使うことで食事をより楽しむことができます。公共の場では列に並ぶときに順番を守ることも大切なマナーの一つです。お店やバスに乗るときなど、先に来た方が優先されるのが公平です。自分の番が来たらスムーズに進めるように準備をしておくことが重要です。さらに、公共の場所では大声を出したり、走り回ったりしないように心がけましょう。他の人に迷惑をかけないように静かに振る舞い、周囲の人々に配慮することが求められます。そして、ゴミの処理についても気をつけましょう。何かを食べ終わった後のゴミは、持ち帰るか適切なゴミ箱に捨てましょう。そうすれば、みんなが気持ちよく過ごせる環境を守ることができます。このように、日本のマナーを守ることで、
私たちはより良い社会を築いていくことができます。次は一つ一つのマナーについて掘り下げてみますね。まずは挨拶の話をしましょう。日本では挨拶をとても大切にしています。皆さんがよく知っているおはようございますやこんにちは、ありがとう、さようならなどの言葉がありますよね。これらの言葉は相手への敬意や感謝の気持ちを伝えるときに使います。このように挨拶を交わすことで相手も喜んで心が温まります。そして挨拶は人と仲良くなるための最初の一歩でもあります。例えば新しいクラスになった時や初めて会う人がいる時、少し緊張してしまって何を話していいかわからないことがありますよね。そんな時、まずは挨拶から始めてみると、不思議と話がしやすくなってきます。挨拶は新しい友達を作るきっかけにもなります。挨拶はどこに行っても重要なマナーとされています。学校はもちろん、お店に行った時などでもしっかり挨拶をすることで明るい気持ちになれます。そして人からもいい印象を持ってもらえます。だから日常生活の中で挨拶をすることはとても大切です。さらに挨拶は一日の始まりと終わりを明るくしてくれます。朝、家族に行ってきますと言って、家に帰ってきたらただいまと言います。これもすごく大切な挨拶です。これだけで一日の始まりと終わりがほっこりしたものになります。家族みんなが幸せな気持ちで過ごせます。毎日挨拶を心がけることで、周りの人たちともっといい関係を築いていくことができます。挨拶は小さな行動かもしれないけれど、その影響はとても大きいです。だから皆さんも毎日の挨拶を大切にしてくださいね。挨拶を通じてみんながもっと仲良く、そして幸せになれるといいですね。次に日本のお辞儀についてお話しします。お辞儀って知っていますか？日本では人と会った時やお礼を言う時などに体を前に曲げて挨拶します。でもどうして日本ではお辞儀をするのでしょうか？日本では昔からお辞儀をする習慣があって、それがとっても大切なマナーになっています。お辞儀をすることで、こんにちは、ありがとう、ごめんなさいといった気持ちを言葉だけじゃなくて体を使っても表すことができます。すごいですよね。例えば友達から素敵なプレゼントをもらったとき、ただありがとうというだけじゃなくて、お辞儀をするともらった嬉しさや感謝の気持ちがもっと伝わります。それに何か間違いをしてしまったときには、お辞儀をして謝ることで、心からの謝りの気持ちを見せることができます。お辞儀はどれだけ体を曲げるかで、その気持ちの大きさを表すこともできます。ちょっとしたお礼なら軽くお辞儀をします。とっても感謝しているときや、本当に申し訳ないと思っているときは、深くお辞儀をするんですよ。あとは、お辞儀をするときに、相手の目を見てからお辞儀を始めることも大切です。
それから背中を丸めずにきれいにお辞儀をすると、相手にも自分の気持ちがしっかりと伝わります。日本ではお辞儀をすることで、お互いの心を尊重し合う文化があります。お辞儀はただのマナーじゃなくて、人と人とをつなぐ大切な橋なんですよ。お辞儀をすることで、心からの感謝やお詫びが伝わります。もっとお互いを大切にしようと思う気持ちが育ちます。お辞儀をして心を込めた挨拶をしましょう。次に正しいお箸の使い方についてお話しします。お箸を使うのはちょっと難しいけれど大切なマナーです。日本ではお箸を使ってご飯を食べることがとても多いです。なので正しい使い方を覚えておくといいですね。お箸を上手に使うコツは、まずお箸を正しい位置で持つことから始まります。お箸を持つときは、片方のお箸は動かないように固定します。そしてもう片方のお箸だけを動かして食べ物をつかみます。お箸の先がピタッと合うように練習すると、小さいお米一粒でもしっかりつかめるようになります。いくつか守らなければいけないお箸のルールもあります。例えば、箸渡しって知っていますか？これはお箸で食べ物を人に渡すことです。これはお葬式でする行動です。骨を箸で渡します。なので、普段の食事ではしないようにしましょう。もう一つ、お箸を食べ物に刺す箸立てもやってはいけません。亡くなった人へお供え物をするときにすることだからです。そして、差し箸や眠り箸も気をつけたいですね。差し箸はお箸で食べ物を指さすこと。眠り箸はお箸を舐めることです。お箸の使い方やマナーを覚えるのは少し大変かもしれません。でも、上手に使えるようになると、日本の食事がもっと楽しめますよ。食べ物をきれいに、そして美味しくいただくためにも、正しいお箸の使い方を心がけましょう。それでは、列に並ぶ時の大切なマナーについてお話しします。列に並ぶのはいろんな場所で必要です。日本では皆さんが気持ちよく過ごせるように順番を守るというマナーがとても大切にされています。これは自分だけでなく他の人のことも考えるという意味があります。例えば、人気のラーメン屋さんでは、お店の前にはもうすでに人が並んでいることがありますよね。そんな時、皆さんがずっと待ってる中で、いきなり前に行ってしまうのはとても失礼なことです。一番最後に並んで自分の番が来るのをじっと待ちましょう。また、列に並んでいる時には、前の人との間にちょっとした空間を空けるのも大切なマナーです。人によってはあまり近くに立たれるのが苦手な人もいます。ですので、少し離れて並ぶといいですね。もし友達と一緒に並んでいて、トイレなどで一旦列から離れる必要があるときは、周りの人にちょっとお手洗いに行ってくるので場所を取っておいていただけませんかと言っておくとスムーズに戻ってこれますよ。でも長い時間離れるのは他の人に迷惑をかけることになるので気をつけましょ
列に並んでいるときに大きな声で騒いだりするのもやめましょう。静かに待つことはみんなが快適に過ごすための配慮です。そして自分の番が来たらスムーズに進めるように準備をしておくことも大事です。例えば、お会計をするときには、あらかじめお金を準備しておきましょう。そうすると、列がスムーズに進んで、みんなが待つ時間が短くなります。このように、列でのマナーを守ることで、どんな場所でももっと楽しい場所になります。最後に、日本でのゴミの捨て方についてお話しします。ゴミの捨て方って実はすごく大切なマナーです。なぜなら私たちの住む街をきれいに保つためには一人一人がルールを守ってゴミを捨てることが必要だからです。日本ではゴミを正しく分けて捨てることがとても重要です。例えば、燃えるゴミと燃えないゴミ、リサイクルできるゴミに分けて捨てます。これはゴミをリサイクルして新しいものを作ったり、自然を守ったりするためです。燃えるゴミには紙くずや食べ物の残りなどが含まれます。燃えないゴミにはガラスや金属などが含まれます。これらはリサイクルできるものもあるので、自治体のルールによっては別に分けることもあります。大切なのはゴミを捨てる前にちゃんと分けて、決められた日に決められた場所に出すことです。これを守らないとゴミが正しく処理されずに環境に悪い影響を与えてしまうこともあります。また、公園や街中でお菓子を食べた後のゴミは持ち帰るか見つけたゴミ箱に捨てましょう。ゴミをポイ捨てすると街が汚れるだけじゃなく、小さな動物たちにも危険を与えることがあります。ゴミ箱がいっぱいだったら無理に押し込まずに別のゴミ箱を探したり家に持ち帰ったりすることも大切です。ゴミ箱から溢れたゴミは風で飛ばされたりして街を汚してしまいます。私たち一人一人がゴミのマナーを守ることで私たちの住む街はもっときれいで住みやすくなりますよ。見た目が綺麗だと心もすっきり綺麗になれますよね。今回は日本の教育のいくつかの良い点についてお話しします。私の子供はスペインの学校に通っています。文化的な違いを感じることが多いです。その経験から今回は5つ紹介したいと思います。まず1つ目は協調性と集団生活の重要性についてです。日本の学校では子どもたちが協力し合うことが大事です。つまり協調性を学ぶことがとても大切だと考えられています。例えば学校では掃除当番や給食当番といった活動があります。子どもたちがみんなで協力して掃除をしたり、給食を準備したりする活動です。
掃除当番では、教室や廊下などをみんなで一緒に掃除します。みんなで力を合わせてやるので、早くきれいにできます。また、掃除をすることで、きれいな環境を大切にする心を学びます。給食当番では、給食をクラスのみんなに配ります。みんなが同じ時間に食事を始められるように準備します。時間を守って丁寧に配ることが大切です。このように誰かのために働くこと、助けることの大切さを学びます。これらの活動を通じて、子供たちは自分の役割を果たすことを学びます。また、みんなと協力することができるようになります。これが協調性です。そして、協調性を学ぶことで、社会に出たときに役立ちますよね。例えば、他の人と一緒に仕事をしたり、問題を解決したりする力が身につきます。また、子供たちは自分で考えて行動する力も学びます。これを自立性と言います。自立性は社会生活でとても大切です。自分のことを自分でできるようになるからです。さらに、日本の学校では、挨拶やお礼を大切にします。これは、社会生活における礼儀やマナーを学ぶためです。例えば、給食を配ってもらったときに、ありがとうということです。また、教室に入るときに、おはようございますということです。これらのことを学ぶことで、子供たちは他の人と良い関係を築く方法を知ります。これは大人になってからもとても役に立ちます。このように日本の教育では協調性と集団生活のルールを学ぶことがとても大切だとされています。みんなで一緒に何かをすること、他の人を思いやることを学びます。そして自分の役割をしっかり果たすことの大切さを理解できます。これらのことを学ぶことで、子供たちは将来、社会で活躍できる力を身につけています。次は、道徳教育の導入についてお話ししたいと思います。日本の学校には、道徳という授業があります。道徳の授業では、ただ勉強をするだけではありません。
善悪、つまり何が良くて何が悪いことかを学びます。例えば、嘘をつくことは良くないことです。といったことです。また、人を助けることは良いことです。といった内容を学びます。さらに、道徳の授業では、他の人に対する思いやりや優しさも学びます。例えば、困っている人がいたら、どうすればその人を助けることができるかを考えます。具体的には、重い荷物を持っているお年寄りを見たら、手伝いましょうかと声をかけることです。また、友達が悲しい時に大丈夫と聞いてあげることなどです。このような小さな行動が他の人に対して優しい気持ちを持つことにつながります。これによって思いやりを育てます。さらに道徳の授業では社会的な責任感も学びます。社会の中で私たちはみんな一人ではなく他の人と一緒に生活しています。なのでルールを守ったり自分の役割をしっかり果たしたりすることが大切です。例えば、学校では遅刻をしないように時間を守ったりすることは大事です。また、教室でゴミを拾ったりすることが求められます。これらは社会の中でルールを守り、責任を持って行動することを学ぶ良い機会です。道徳の授業では、ただ先生の話を聞くだけではありません。クラスのみんなで意見を出し合うこともあります。例えば、もし友達がいじめられていたらどうすればよいでしょうかというテーマについてみんなで考えて意見を交換します。このように実際にどうすればよいかを一緒に考えます。そうすることで子供たちは自分の考えをしっかり持つことができます。このように日本の道徳教育では学問だけではなく人としての成長や社会の中での行動の仕方を学びます。これにより子供たちは大人になった時に他の人と協力したりできるようになります。また、社会のルールを守ったりすることができるようになります。日本の道徳教育は、子供たちが優しい心を持ち、社会での責任を果たせる人になるために大事だなぁと思います。次は、学費の安さと高い教育機会についてお話ししたいと思います。日本では多くの子供たちが公立学校に
通っています。公立学校というのは、国や地方自治体が運営している学校です。この公立学校の学費は、私立学校と比べてとても安く設定されています。例えば、小学校や中学校では学費を払う必要がありません。日本では小学校と中学校の教育が義務教育とされています。なので、すべての子供が無料で教育を受けることができます。これによって、どの家庭の子供でも平等に教育を受けることができます。家族の経済的な状況が厳しくても教育の機会があります。そして公立高校の授業のレベルも高いです。これは日本の教育制度の大きなメリットです。また、日本には支援制度も充実しています。支援制度とは、学費の一部を免除してもらったり、生活費を援助してもらったりする制度です。これも経済的な理由で、高校や大学への進学を諦めることがないようにするための制度です。子どもたちが経済的な理由で学びの機会を失うことがないように様々なサポートを行っています。これにより家庭の経済的な状況に関係なく、すべての子供が高い教育を受けるチャンスがあります。さらに、日本の教育制度では、大学や専門学校にも進学しやすくするための支援が整っています。例えば、学費を分割で支払う制度や、入学金を免除する制度もあります。これらの制度を利用することで、多くの子供たちが自分の夢や目標に向かって勉強を続けることができます。日本の教育制度はこのようにすべての人が学ぶ機会を平等に持てるように工夫されています。こういった教育水準の質と機会の多さは良い点ですよね。次は、クラブ活動や部活動の豊富さについてお話しします。日本の学校では、勉強だけではなく、様々なクラブ活動や部活動が行われています。クラブ活動や部活動は、学生が自分の興味や関心に合わせて参加することができる活動です。例えば、野球部やサッカー部、テニス部といったスポーツの部活動があります。また、音楽部や美術部、茶道部などの文化活動の部活もあります。これらの活動に参加することで、学生たちは様々な
スキルを身につけることができます。例えば、スポーツの部活動では、チームワークや仲間との協力を学びます。みんなで同じ目標に向かって努力することで、団結力や友情も深まります。文化活動の部活では、絵を描いたり、音楽を演奏したりします。また、茶道を学んだりと、個々の才能を伸ばすことができます。自分の好きなことに集中し、表現することで、想像力や自己表現の力が育ちます。また、コンクールや発表会で作品や演奏を披露することで自信を持つこともできます。さらに、クラブ活動や部活動には続けることの大切さを学ぶことも含まれています。例えば、毎日練習に取り組むことで継続する力、つまり忍耐力が身につきます。どんなに大変でも諦めずに続けることで自分の成長を感じることができますよね。また、先輩と後輩の関係やリーダーシップを学ぶ機会も多くあります。例えば、部長やキャプテンといった役割に就いたとします。その役割を通して仲間をまとめ、目標に向かってリードしていく力を学ぶことができます。リーダーシップは将来、社会に出た時にとても役立つ力です。クラブ活動や部活動は勉強では学べない多くのことを教えてくれます。学校生活の中で仲間と一緒に活動することができます。そうすることで自分の個性を発揮し、社会で必要な力を身につけることができますよね。日本の学校では、クラブ活動や部活動がとても盛んです。学生たちが学問以外の様々な経験を積むことができます。スペインの学校もクラブはありますが、日本のものとは熱量が違うなぁと思います。最後に、高い学力レベルと国際競争力についてお話しします。日本の生徒は世界中で行われる学力テストでたびたび高い成績を収めています。世界では様々な国際的な学力テストがあります。これらのテストでは世界中の多くの国の生徒が同じ問題を解いてその結果を比べます。日本の生徒はそういったテストでいつもとても良い成績を出しています。特に日本の生徒は理科や数学の科目でとても優れた結果を出すことが多いです。これらの科目は
物事を論理的に考える力や、問題を解決する力が必要です。日本の教育では、小さい頃から計算や科学の実験などをしっかりと教えます。そのため、子供たちはこういった力を自然に身につけることができます。なぜ日本の生徒はこんなに高い学力を持っているのでしょうか？その理由の一つは、学校の教育の質がとても高いことだと思います。日本の先生たちは、わかりやすい授業をするために、毎日一生懸命に準備をします。また、授業の内容も基本から応用までしっかりとカバーされています。これにより、生徒たちは必要な知識と考える力を身につけることができます。また、日本では復習や練習がとても大切にされています。例えば、家で宿題をやったり、テストの後にもう一度問題を解いたりすることがよくあります。反復することで学んだことをしっかりと自分のものにすることができるのです。日本の学校では宿題が毎日出ます。スペインにはないような夏休みの宿題もあります。さらに、日本の教育ではグループで学ぶことも大切にしています。友達と一緒に考えたり、意見を出し合ったりすることで、自分の考えを広げることができますよね。日本の生徒が高い学力を持っていることは、国際的にも評価されていると思います。生徒たちがしっかりと学び、将来世界で活躍できる力を身につけられています。こういったことができるのは、日本の教育の大きな強みだと感じます。今回は私が考える日本の教育の良い点を皆さんに知っていただけて嬉しいです。最後までお話を聞いていただきありがとうございました。次回は日本の教育の良くないと思うポイントも紹介しますね。楽しみにしていてください。皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。いつも私の動画を聞いてくださってありがとうございます。いつもは台本を読みながら動画を撮っています。でも今日は久しぶりにポッドキャスト形式で動画を撮りたいと思います。台本はありません。今日はメモだけを書いてきました。このメモと頭の中で思っていることをお話ししたいなと思います。今日のテーマは、私が日本に帰ったらやりたいことです。私は今スペインに住んでいます。今スペインに住んで2年になります。毎年夏に日本に帰ります。
夏休みの間です。もうあと1ヶ月で夏休みになるので、もうすぐ日本に帰れると思うと、とっても楽しみです。あんなことがやりたいなとか、あれを食べたいなとか、そういうことを考えるだけでワクワクしますね。ということで、今回の動画で私が日本でやりたいこと10個ご紹介します。ぜひ最後まで聞いてくださいね。綾野津ラーニングハブ。まず日本に行ったらやりたいなぁと思っていることはコンビニに行くことです。皆さんは日本のコンビニに行ったことがありますか？日本のコンビニはたくさんありますよね。例えばローソンとかセブンイレブンとか、あとはファミリーマートですね。私の実家というのはお父さんお母さんが住んでいる家のことです。私の実家の歩いて10分のところにファミリーマートがあります。私は日本に帰ったらファミリーマートに行きたいなと思っています。ファミリーマートだけではなくて、すべてのコンビニなんですが、いろんなものが売っています。例えば、お弁当とか、アイスクリームとか、日用品も売っていますよね。日本のコンビニ、ファミリーマートやセブンイレブン、ローソン、たくさんありますが、それぞれ特色があります。私が一番好きなのは、セブンイレブンです。セブンイレブンの引き立てのコーヒーがとっても好きです。引き立てというのは、コーヒーの豆を潰して粉にするという意味です。セブンイレブンの引き立てのコーヒーはとっても香りが良くて香ばしくて美味しいんです。そのセブンイレブンのコーヒーが飲みたいなぁと思いますね。あとはセブンイレブンのお弁当とパンも美味しいです。私個人的には全部のコンビニの中で一番セブンイレブンが美味しいんじゃないかなと思っています。どう思いますか？あとはローソンとファミリーマートはスイーツがおすすめです。ローソンとファミリーマートのスイーツはとっても美味しいです。あとはファミリーマートのファミチキといったようにホットスナックも有名ですね。私の地元には実はファミリーマートしかありません。残念です。ですが、ファミリーマートのホットスナックを食べたいなと思っています。もちろん、スイーツもですね。こういうふうに、日本にはたくさんの美味しいものが揃ったコンビニがたくさんあります。コンビニに行くだけで、たくさんのものがあるので、見るだけでも楽しいんですよね。こんなものなかったけど新しく発売されているなとか、そういうのを見るだけでも楽しいです。コンビニは私の好きな場所の一つです。二つ目に日本に行ったらやりたいことがあります。それはカラオケです。カラオケは楽しいですよね。皆さん、日本のカラオケボックスに行ったことがありますか？私は学生の頃からカラオケで歌を歌うことが大好きでした。大学生の時は友達と朝まで歌っていたこともあります。
それぐらいカラオケで歌を歌うことが大好きです。カラオケボックスに行って、たくさんの歌の中から好きな歌をいっぱい入れて歌います。洋楽も歌います。洋楽というのは英語や他の国の歌のことです。邦楽、日本の歌もたくさん歌います。昔の歌から最近の歌までたくさん歌います。最近歌いたいなぁと思っているのは、クリーピーナッツでしたっけ？ブリンバンバンブリンバンバンブリンバンバンボンという曲です。この曲が最近流行っていましたね。今も流行っているのかな？それをしばらく車の中でも子供たちと聞いていたので、それはカラオケでも歌いたいなぁと思っています。あとは K-POP も好きなので、ニュージーンズの歌とか、最近ではアイリットっていうグループの歌とか、たくさん歌いたいなと思っています。いっぱい歌いたい曲があるので、時間が足りるかなというのが心配です。日本のカラオケボックスには、フリードリンクというものもあります。ドリンクバーというところですね。ドリンクバーに行くと、いろんな種類の飲み物があります。ジュースもありますし、お茶もありますし、いろんな種類です。そこに行ってグラスで好きな飲み物を入れて、何度でもおかわりができます。あとは、お部屋の中で注文することもできます。カラオケボックスの中には壁に電話がついています。その電話を使って受付に電話をすることができます。そこでメニューを見ながらスナックを注文したり、飲み物を注文することができます。ホットスナックの種類は、大体はフライドポテトとか唐揚げとかが人気だと思います。そして飲み物ではお酒もあります。私は友達とカラオケに行って食べたり飲んだりしながら歌っておしゃべりするのも大好きです。話していると早くカラオケに行きたくてしょうがなくなりますね。もし皆さんも日本に来る機会があればカラオケボックスに行ってみてください。日本の歌だけでなくていろんな国の歌も入っているので楽しめると思います。日本に行ったらやりたいことの3つ目は神社にお参りに行くことです。私は神社に行くことが大好きです。昔から神社巡りをよくしていました。神社巡りというのは一つの神社だけでなくていろんな神社に行ってお参りすることです。御朱印帳というノートのようなものがあります。そのノートのようなものに各神社に行った時に書道で神社のお名前を書いてもらってスタンプを押してもらいます。それを御朱印帳に集めます。それがすごく楽しくて私の趣味になっていました。今はスペインに住んでいるので御朱印帳でいろんな神社のお名前やスタンプを集めるというのはなかなかできないんですが、今度日本に帰った時にいろんな神社にまた行きたいなと思っています。私が神社が好きな理由は、御朱印帳を集めるのが好きなだけではありません。神社の雰囲気そのものが大好きです。
いつも街の中ですごく忙しいんですよね。人がたくさんいたり、車がたくさん通っていたり、あとはお仕事が忙しかったり、常に心が落ち着かない状態にあります。なので、神社に行くと、神社がすごく静かなんですね。静かで、すごく神秘的な、神聖な雰囲気がしています。なので、その神秘的な空気を吸うと、心がスーッと落ち着くんですよね。嫌なことがあった時も、どんなに忙しくて心がざわざわしていても、神社に行くと忘れられるような気がします。それぐらい心が落ち着く場所なんですね。なので、忙しければ忙しいほど神社に行って心を落ち着けたくなりますね。なので日本に行った時には神社に行って静かに心を落ち着かせてお祈りしたいなと思っています。もう一個今年神社に特に行きたい理由があります。それは何かというと、厄年だからです。皆さん厄年って知ってますか？日本にはある年齢になると、前役、本役、後役という年があります。役というのは悪いものという意味です。例えば、病気をしやすいとか、怪我をしやすいとか、身の回りに何か悪いことが起こること、それを厄と言います。女の人と男の人で、その厄年は違う年齢になっています。私は今年翻訳です。それを言うと年齢がバレちゃいますね。皆さん調べないでくださいね。はい。私は今年が翻訳なんですね。その厄年になると、日本人の多くの人は神社やお寺に行って厄払いをしてもらいます。厄払いというのは、その神社やお寺に行って悪いもの、悪いことを自分の身から取り除いてもらうことです。神社の神主さんがお祓いをしてくれます。ちょっとした儀式があります。その厄払いの儀式を受けることで悪いものがなくなると言われています。今年は私は翻訳の年なので、しっかりとお祓いを受けたいなと思っています。念のためですね。何もしないよりはしておいた方が心も落ち着くかなと思うので、受けたいなと思います。はい。面白いですよね。これも一つの日本の文化かなと思います。あと、神社に行った時に、お守りも買おうと思っています。お守りもたくさんの種類がありますよね。例えば、学業守りだと、勉強の運を上げてくれるお守りです。例えば、大事な試験がある。そういう時に試験に合格できるようにという願いを込めて、学業守りや合格守りというお守りを買いますね。他にも、出世守り。出世というのはビジネスで成功してポジションを上げることです。役職が上がることを出世と言います。そういうお守りもあります。あとは安産祈願のお守りもありますね。女の人が赤ちゃんを出産するときに何事もなくスムーズに生まれてくれますようにという願いを込めた
お守りのことです。安産守りです。私の場合は、厄年なので、厄除け守りというお守りを買いたいなと思っています。他にもありますね。縁結びのお守りもあります。縁結びというのは、誰かと誰かの絆を良くするということですね。夫婦で買う人もいます。カップルで買う人もいます。縁結びというのもとても人気があるお守りですね。皆さんはどんなお守りが欲しいですか？では、日本に行ってやりたいことの4つ目を紹介します。4つ目は、居酒屋に行くことです。居酒屋って皆さん知っていますか？居酒屋というのは、日本にあるお酒を楽しめるレストランのことです。ジャパニーズスタイルバーと訳されることが多いですね。居酒屋にはいろんな種類のお酒があります。あとは、お酒と一緒に食べるご飯がとっても美味しいです。それが一つの楽しみですね。私はそんなにお酒は強くはありません。ゆっくり少しずつ飲むタイプです。お酒を飲みすぎるとすぐに眠くなっちゃいます。それと顔が赤くなるんですよね。なので、お酒はちょっとずつ少しの量を楽しみます。居酒屋はお酒だけじゃなくて、さっき言ったようにご飯が美味しいので楽しいです。あとは友達や家族と一緒に行ってお話をしながら食べたり飲んだりするのが面白いんですよね。楽しいんです。私はお酒はあまり飲まないと言いましたが、ビールはほとんど飲まないですね。日本では、酎ハイというお酒の種類があります。甘いお酒です。ジュースのようなお酒なんですね。なので、ジュースの感覚で飲むことができるので、お酒が苦手な人でも飲みやすいと思います。アルコールが入っているので、飲みすぎには注意しないといけませんが、とっても美味しいです。日本にはいろんな種類の酎ハイがあるので、それも楽しみの一つですね。例えば、レモン酎ハイとか、ウーロンハイとか、ピーチハイとか、本当にたくさんの種類があります。私はその中でも特に、カルピスサワーが好きですね。はい。なので、日本に帰ったら、居酒屋で酎ハイも楽しみたいと思います。5つ目にやりたいことは、100均に行くことです。100均というのは、100円均一の略した言葉です。均一というのは全部一緒ということです。なので、100円均一、100均というのは全部100円だよという意味の言葉です。最近では100円ショップという人も増えていますね。私は100均ということが多いです。日本にはたくさんの100均がありますね。ダイソー、キャンドゥ、あとはセリアですね。それぞれたくさんの種類のものが売られています。私の地元には大きなダイソーがあります。ダイソーに行ってたくさん買い物をしたいと思っています。日本の100均のすごいところって、まずはバラエティの豊かさです。本当に何でもありますよね。見ているだけでも楽しいです。コンビニと同じような感じですね。そして
可愛いものもたくさんあるんですよね。今、サンリオというキャラクターが世界的にも人気になっています。そのサンリオの文房具とか、髪飾りとか、お人形とか、そういうのも100均で買うことができます。あとは、そうですね、タッパーとか、本立てとか、そういう日用雑貨も買うことができます。なので、私は100均でいろんなものを買い揃えることが多いです。スペインに持って帰るために買うこともあります。スペインに来る前に100均でしゃもじ。しゃもじというのはご飯をすくうスプーンのようなものですね。しゃもじとか計量カップとかキッチン雑貨もたくさん買いました。それをスペインで使っています。とにかく100円で安いというのも嬉しいですよね。安くて便利で可愛い。たくさんそういうものがあって楽しいです。100円なのでついついたくさん買っちゃいます。なのでだいたい1回100均に行くと3000円分ぐらいは買い物をしますね。はい。だいたい30個ぐらいいっぱい買い物カゴの中に商品が入っていることが多いです。なので、100均に行くことは今すごく楽しみにしていることです。スペインにも100均があったらいいのになぁといつも思います。皆さんも日本に行った時は100均に絶対行ってみてください。すごく楽しいですし、便利です。皆さんが欲しいものがきっとあると思います。あとは、そうだ、お土産を買うのにもおすすめです。私は子供たちの友達にあげるお土産も100均で買いました。キャラクターの塗り絵とか、シールとか、ちっちゃなポーチとかを買いました。たくさんの人数にお土産を買いたいときに、すごく100均はいいなというふうに感じましたね。また、今回の夏休みに帰ったときに、100均でたくさんのものを買ってお土産にしたいなと思っています。日本に帰ったらやりたいこと、6つ目は、ユニクロに行くことです。皆さん、ユニクロ行ったことがありますか？ユニクロというのは、日本のお洋服屋さんです。今では世界のいろんなところにユニクロがありますね。スペインにもいくつかユニクロのお店があります。でも、海外に来るとその分輸出代がかかってしまうこともあって、日本よりも高いです。なので、私は日本に帰った時にユニクロで爆買いをします。爆買いというのは、たくさん一気に買い物をすることです。よくユニクロで爆買いをしています。特にユニクロで好きなのは肌着類です。肌着というのはお洋服の下につけるものですね。下着です。ユニクロの肌着はすごく質がいいです。質が良くて長持ちします。例えば冬だとヒートテックという肌着があります。ヒートテックはすごく薄いんですね。薄いから寒いんじゃないって思うと思うんですけど、そんなことないんです。薄いのにすごくあったかいんですよ。なので、服の下に肌着を着ても分厚くならずに済みます。なので、太って見えにくいです。
なので、ユニクロのヒートテックを爆買いします。あとは、夏だとサラリズムだったかな？素材がすごくサラッとした感覚の肌着です。なので、夏にお洋服の下に着ても、なんでしょう。暑く感じませんね。着た時にひんやり感じます。それが気持ちいいですね。あとは、夏はたくさん汗をかきますよね。その汗をしっかり吸ってくれて、早く乾くので、ベタベタしません。それがすごくおすすめです。なので私はユニクロに行くと必ずその肌着類をたくさん買いますね。あとはお洋服もたくさん可愛いものがあります。ユニクロのいいところはシンプルで、あとは丈夫なことです。丈夫なのでお洋服が長持ちします。ユニクロはお洋服もそうですし、肌着もとってもいいクオリティで買えるので、すごく好きなお店の一つです。日本でやりたいこと7つ目は、焼肉です。焼肉も本当に行きたいですね。日本では目の前に網があって、その網で焼肉をジュージューと焼くスタイルの焼肉レストランがたくさんあります。しかも安いです。安くて美味しいんですよね。今ではあまりにも焼肉が美味しいので、一人でも食べる、一人焼肉というスタイルでも楽しむ人が増えているぐらいです。それぐらい手軽に美味しい焼肉が楽しめるようになっています。私も子供たちも焼肉が大好きなので、焼肉屋さんに行ってたくさん焼肉を食べたいなと思っています。特に私はハラミという部位のお肉が好きです。お肉にはたくさんの種類があります。例えばホルモン。あとはさっき言ったハラミ、カルビなど本当にたくさんあります。私がハラミが特に好きな理由はあまり脂っこくないからです。もう年を取ってきたので脂っこいものをちょっと食べるだけでもお腹がムカムカしてきてしまいます。なのでハラミが一番ぴったりですね。食べ応えがあって、とても美味しい赤身のお肉です。あと、焼肉で思い出したんですが、回転寿司にも行きたいですね。増えました。9個目ですね。焼肉だけじゃなくて、お寿司屋さんに行くこともです。特に回転寿司に行きたいんですよね。というのも、くるくる回ってくるベルトコンベヤの上のお寿司を選ぶのって楽しいんですよ。次何が来るかなーって、待つのが楽しいんですよね。子供たちもすごく好きで、私が取るといつも喧嘩しています。はい。なので、回転寿司には行きたいですね。今はガチャガチャがついてる回転寿司もありますよね。はま寿司でしたっけ？くら寿司でしたっけ？ちょっと忘れちゃいました。食べ終わったお皿を穴の中に入れると、5枚溜まるとガチャガチャが始まります。そのガチャガチャで当たりが出るとおもちゃがもらえます。外れもあります。外れだと何もないです。なので、また5枚お皿を入れないといけません。そのワクワク感も楽しむことができますね。
なので回転寿司も子供たちから大人の人まで人気のお店ですね。私の地元にも回転寿司があるので、そこに行って新鮮なお寿司を食べたいなと思います。あと、お店によっては目の前にお寿司のカウンターがあって、寿司の職人さんが目の前でお寿司を握ってくれるのを見ることができるお店もあります。それもすごく楽しいです。見ているだけでも楽しいですね。そんな風に作るんだっていう風にいつも見ながら思っています。お寿司屋さんの職人さんってかっこいいですよね。ぜひ皆さんも日本に行ったら普通のカウンターの寿司屋さんでもいいですし、回転寿司のお店でもいいですし、ぜひお寿司も楽しんでみてください。そして最後にやりたいことはスイーツを食べることです。またまた食べ物ですね。食べることが大好きです。特に日本のスイーツをたくさん食べたいと思っています。皆さんは日本のスイーツと聞くとどんなものを思い浮かべますか？たくさんありますよね。私はわらび餅とか抹茶アイスクリームとか、あとはかき氷を食べたいなぁと思っています。想像するだけでよだれが出てきそうなぐらい美味しそうです。特にお団子とかわらび餅といったお団子系のスイーツは、このスペインにはないんですね。自分で作るしかありません。団子粉という粉があるので、それをアジアンスーパーから買ってきて自分で作ることもあります。でも、お店で食べるようなもちもちで美味しい食感を出すことがすごく難しいんですよね。なので、日本に帰ったらお団子をたくさん食べたいなぁと思っています。お団子にもたくさん種類がありますね。みたらし団子という醤油とお砂糖を煮たタレを使ったお団子です。あとはあんこがたっぷり乗ったお団子も美味しいですね。あとは三色団子という団子もあります。三色というように色が3つある団子なんですね。だいたいは白、緑、ピンクの3色のことが多いです。コンビニにもよく置いてます。私は特に3色団子とあんこのお団子が大好きです。それを日本に帰ったら食べたいなぁと思っています。あとはきな粉がたっぷりかかったわらび餅も食べたいですね。京都に行くとわらび餅のお店がたくさんあります。私の旦那の実家は京都にあるので、京都にも1週間ぐらい滞在する予定です。なので京都に行った時にわらび餅を食べたいなと思っています。あとは京都といえば抹茶ですよね。抹茶アイスとかお団子が乗った抹茶パフェも食べたいですね。今回は私が日本でやりたいことを10個ご紹介しました。皆さんはこの中でやりたいなって思ったことはありますか？私はあと1ヶ月で日本に帰ります。日本に帰ったらこの10個実際にやって感想をまた皆さんにお伝えしますね。はい。日本に帰ったらいろんなインタビュー動画も撮りたいなと思っています。ですので、ぜひ私の動画を
チャンネル登録してください。そしてまたいろんな動画を楽しんでもらえると嬉しいなというふうに思っています。では、本日は最後まで聞いてくださってありがとうございました。どうでしたか？ポッドキャスト形式。久しぶりでしたが、楽しんでもらえましたか？では、今日はこれでおしまいです。またねー。今日は日常会話でもよく使うことわざを8つ紹介します。最初に、猿も木から落ちるという言葉の意味についてお話しします。皆さんは猿が木に登るのがとても上手だということを知っていますか？猿は自然の中で生活しています。木を登ったり、木から木へとジャンプしたりして、とても器用に動き回ります。だから、猿は絶対に木から落ちないだろうと思うかもしれませんね。でも、このことわざは、どんなに上手な猿でも、時には木から落ちることがあると教えてくれます。これは、どんなに得意なことでも失敗することがあるという意味です。例えば、皆さんが一生懸命練習していることがあると思います。それはスポーツかもしれないし、勉強かもしれません。でも、時にはうまくいかないこともあるでしょう。このことわざは、そんな時に大切なメッセージを私たちに伝えています。それは、失敗してもいいんだよということです。失敗は誰にでもあるものです。それを恐れずに、次にどうすればよいかを考えることが大切です。何かで失敗したとしても、決して恥ずかしいことではありません。大切なのは、落ちた後にどうするかです。落ちた後にまた木に登る勇気を持つこと、そして次はもっと上手に登れるように何がいけなかったのかを考えてみること。それがこのことわざから学ぶべき教訓です。皆さんも何かに挑戦するときは失敗を恐れずに挑戦してみてください。失敗から学ぶことで皆さんはもっと強く賢くなれます。得意なことを見つけてそれを楽しんでほしいと思います。次に花より団子という言葉のお話をしましょう。春になると日本では桜の花がきれいに咲きますね。多くの人がお花見をしてその美しさを楽しみます。ただ桜の花を見るだけでなく、美味しいお弁当や団子を食べるのも楽しみの一つですよね。花より団子とはこのような時に使う言葉です。美しい花もいいけれど、それよりもお腹を満たす団子の方がいいという意味があります。つまり、実用的なものや利益の方が見た目の美しさよりも大事だという考え方です。例えば、お店で
とても綺麗なおもちゃを見つけたとしましょう。でも、そのおもちゃはすぐに壊れてしまうかもしれません。一方で、見た目は地味だけど、長く使えるおもちゃもありますよね。この場合、花より団子の考え方では、長く使えるおもちゃを選ぶ方がいいということになります。このことわざは私たちに大切なことを教えてくれます。それは物事の価値は見た目だけが大事ではないということ。そしてその中身や実際にどれだけ役に立つかを考えて判断することが大切だということです。美しいものやかっこいいものに目を奪われがちですよね。でも本当に必要なものは何か、何が一番自分にとって価値があるのかを考えることが重要です。皆さんもこれからいろいろなものを選ぶときは、花より団子の言葉を思い出してみてください。そしてそのものや選択が本当に自分にとって有益なものかどうかを考えてみるのもいいかもしれませんね。三つ目は、井の中の蛙、大海を知らずというお話をしましょう。昔々、ある小さな井戸の中に一匹のカエルが住んでいました。このカエルは生まれてからずっと井戸の中で生活していて、外の世界を見たことがありませんでした。井戸の中はとても狭く、空もほんの少ししか見えません。だから、このカエルは自分の住む井戸が世界のすべてだと思っていました。ある日、海から来た大きなカエルがこの井戸を訪れました。海のカエルは井戸のカエルに外の世界の広さや美しさについて話しました。海がどれほど広く、どんなに多くの生き物がいるか、空がどれくらい広いかについても教えてあげました。しかし、井戸のカエルはそれを信じませんでした。自分の知っている世界がすべてだと思っていたからです。海のカエルは井戸のカエルに外の世界を見せたいと思いました。でも井戸のカエルは井戸から出ることを恐れて、結局外の世界を見ることはありませんでした。この話から井の中の蛙、大海を知らずという言葉が生まれました。これは自分の知っている世界だけで満足してしまうことです。そしてもっと広い世界や新しいことを知ろうとしないことを意味しています。皆さんには井戸の中の蛙のようになってほしくありません。世界にはまだまだ知らないことがたくさんあります。学校で学ぶことも、友達と遊ぶことも、家族と過ごす時間も、みんな新しい発見や学びがあります。そして本を読んだり、旅行をしたりすることで、もっと多くのことを知ることができます。
私たちは常に好奇心を持って新しいことに挑戦し続けることが大切です。そうすることで自分の世界を広げてもっと素晴らしい経験をすることができますよね。4個目のことわざは、石橋を叩いて渡るという言葉についてお話しします。昔々、ある村に川を渡るための石橋がありました。この橋はとても丈夫で、村の人たちは毎日安心して橋を渡っていました。しかし、ある日、一人の賢い老人が橋を渡る前に橋の石を叩くようになりました。老人は橋が安全なことを確認してから渡りたかったからです。この老人の行動から石橋を叩いて渡るという言葉が生まれました。これは何事も慎重に行い、安全を確かめてから行動することを教えてくれる言葉です。皆さんも何か新しいことを始めるときや、大切な決断をするときがありますよね。そんなときにこの石橋を叩いて渡るという言葉を思い出してみてください。急いで行動する前にちょっと立ち止まってみてください。その選択が本当にいいものかどうか、もう一度考えてみることが大切なんです。もちろん、いつも慎重になりすぎて何も行動できなくなるのもよくありません。大切なことは失敗を恐れず、でも安全や結果を考えながら賢く行動することです。石橋を叩いて渡るは私たちに慎重さと勇気の大切さを教えてくれる言葉です。新しいことに挑戦するときも慎重に考えた上で一歩を踏み出す勇気を持ちましょう。次は七転び八起きという言葉についてお話ししましょう。七転び八起きはそのまま訳すと7回転んでも8回起き上がるということです。要は何度失敗してもめげずに立ち直り、新たに挑戦する気持ちのことです。この言葉には失敗を恐れずに前に進み続ける勇気を持とうという意味が込められています。例えば、皆さんが自転車に乗る練習をするとき、最初はなかなかうまくいかないことがありますよね。足を地面から離すことが怖かったり、バランスを取るのが難しかったりして、何度も何度も転んでしまうことがあります。でも、諦めずに練習を続けると、いつの日かしっかりと自転車に乗れるようになります。それがまさに七転び八起きなんです。このことわざは勉強や仕事、友達関係など人生の様々な場面で私たちを励ましてくれます。何かに挑戦するとき、最初からすべてがうまくいくわけではありません。時には失敗することもあります。でも、その失敗から学び、
また立ち上がって挑戦を続けることがとても大切なんです。七転び八起きの心を持つことで、皆さんはもっと強く、優しく、賢くなれます。失敗を恐れずに、新しいことに挑戦する勇気を持ち続けてください。そして転んでしまっても、必ずもう一度自分の力で立ち上がることを忘れないでくださいね。6つ目は、身から出たサビという言葉についてお話ししましょう。身から出たサビとは、自分の行動や選択が原因で、後で困ったことや悪い結果が起こるという意味の言葉です。この言葉には、自分の行いには責任が伴うという大切な教訓が込められています。例えば、勉強を全然せずにテストで悪い点数を取ってしまうことがありますよね。この場合、勉強をしなかったことが原因で悪い結果が起こったわけです。だから、これは身から出たサビと言えます。このように自分で選んだ行動が原因で起きた問題は他人のせいにすることはできません。自分が選んだことには自分で責任を持たなければならないんです。でも皆さん心配しないでください。人は誰でも間違いを犯すことがあります。大切なのはその間違いから学び、次は同じ過ちを繰り返さないようにすることです。間違いを認め、それを正す勇気を持つことがとても大切なんですよ。身から出たサビという言葉は私たちに自分の行動をしっかりと見つめ直し、正しい選択をするようにと教えてくれます。7つ目は、知らぬが仏という言葉について一緒に考えてみましょう。知らぬが仏とは、知らないでいることで心配や悩みがなく幸せでいられるという意味の言葉です。この言葉には、すべてを知ることがいつもいいとは限らないという教訓が込められています。例えば、皆さんが学校で友達から明日先生に怒られるかもしれないよと聞いたとします。その話を聞くと怒られることを心配して、その日の夜はなかなか眠れなくなってしまうかもしれませんね。でも実際には何も怒られることがなかったとしたら、心配する必要はなかったわけです。事前にその話を知らなければ、心配することもなく普通に過ごせたでしょう。知らぬが仏の言葉は、知らないことによって心の平穏を保つことができると教えてくれます。もちろん大切なことを知ることはとても重要です。しかし、すべての情報を知ろうとすることがいつも私たちの心を安らかにしてくれるわけではありません。このことわざから学べることは、情報を得ることの大切さと同じくらい、心の平穏を大切にすることも重要だと
ということです。心配や悩みが少ないことが私たちを幸せにする一つの方法なのです。日々の生活の中で知るべきことと知らなくてもいいことを区別することができるようになれるといいですね。そして心の平穏を保ちながら幸せに過ごしていくことができるようになりましょう。最後に、案ずるより有無が易しという言葉についてお話ししましょう。この言葉は心配していることが実は思ったほど難しくないという意味を持っています。直訳すると、心配するよりも実際にやってしまった方が簡単だということです。皆さんも何か新しいことに挑戦するときや、初めての経験をするときに不安になることがありますよね。例えば、職場で初めて発表するとき、行ったことがない場所に行くときなどです。緊張して不安に思うことがあると思います。でも、実際にその挑戦をしてみると、思ったよりも難しくなかったと感じることが多いですよね。事前に心配していたことが実際にやってみると簡単だったり楽しかったりすることがあります。これが案ずるより有無が易しという言葉の意味するところです。このことわざは私たちに大切なことを教えてくれます。それは何かに挑戦する前に心配しすぎるよりも実際に行動してみることの方が価値があるということです。心配する時間があるならその時間を使って準備をしたり、実際に挑戦してみることが大切です。心配することは誰にでもあります。でも、その心配を乗り越えて、一歩を踏み出す勇気を持つことで、新しいことに挑戦できるんですよ。そして、その一歩が皆さんを成長させてくれる大切な一歩となります。皆さんもこれから何か新しいことに挑戦するときは、案ずるより有無が易しの言葉を思い出してください。そして挑戦してみることの楽しさと価値を感じてほしいです。皆さんがいつも前向きに勇気を持って新しい挑戦を楽しめるように願っています。今日は今から30年前の日本と現在の日本がどのように変わったのかについてお話しします。経済、人口、技術、教育、仕事、国際関係、自然、気候、生活費など、いろいろなことが変化しました。それぞれどのように変化したのでしょうか。まずは1990年代と今の経済についてお話ししますね。1990年代は今から約30年前でとても興味深い時代でした。まず1990年代はバブル経済と呼ばれる時期がありました。この時期には物や家、
土地などの価格がとても高くなりました。みんながお金をたくさん使っていた時代です。しかし、このバブルが弾けて、価格が急に下がり、多くの人が困った時期もありました。一方、今の経済はどうでしょうか？インターネットやスマートフォンが普及しましたよね。それによってオンラインショッピングや電子マネーなど新しいお金の使い方がたくさん生まれています。お買い物をするときにお店に行かなくても家で世界中の商品を買えるようになりました。1990年代には多くの人が仕事で書類を使っていました。でも今はコンピューターやタブレットを使って紙を使わずに仕事をすることが多くなりました。ペーパーレス化といい、環境にも優しく、経済的にもいい影響を与えています。さらに今は持続可能な経済という考え方が大切にされています。これは自然を守りながら経済活動をしていくということです。例えば、再生可能エネルギーを使ったり、リサイクルを積極的に行ったりしています。そして、お金の使い方や働き方、自然との関わり方など、いろいろなことが変わってきています。次に、1990年代と現在の人口についてのお話をします。1990年代と今では人々の生活や数にいろいろな変化がありましたよ。1990年代は人口が今よりも多く、子供たちもたくさんいました。学校には子供の声がいっぱいで、賑やかな時代でした。しかし、少しずつ人々が結婚するのが遅くなったり、子供を少なくする家庭が増えたりしました。今の時代は1990年代と比べて赤ちゃんが生まれる数が少なくなりました。昨年2023年には日本の出生数、つまり赤ちゃんが生まれた数が今までで一番少なかったそうです。また、1990年代に比べて高齢者の方が増えています。おじいちゃんやおばあちゃんの世代の方々がもっと長生きするようになったんです。これは医療の進歩や生活環境の改善のおかげです。高齢者の方々が増えることはいろいろな経験を教えてもらえるチャンスでもあります。社会全体としてはみんなで支え合うことがさらに大切になってきます。このような社会のことを少子高齢化社会と言います。人口の変化は私たちの生活や社会にいろいろな影響を与えています。例えば、少子化によって子どもたちのための施設や活動がより大切にされるようになりました。一方で、年配の方々向けのサービスや
健康を守るための取り組みも強化されています。このように日本の人口や人口の構成が変わってきています。私たちはこれらの変化に対応しながら、より良い社会をどうやって作っていくかを考える必要があります。次に、技術力がどう変わったかについてお話ししたいと思います。1990年代と今では、私たちの生活を便利にしてくれる技術が大きく変わってきましたよ。1990年代初頭には、まだインターネットは普及していませんでした。その当時は、情報を得るためには、図書館に行ったり、辞書を引いたりする必要がありました。しかし、今ではパソコンやスマートフォンを使って、簡単に世界中の情報にアクセスできるようになりました。また、1990年代には、携帯電話もまだ一般的ではなく、重くて大きなものでした。今のスマートフォンとは大違いで、電話をかけたり、短いメッセージを送ることしかできませんでした。しかし、現在のスマートフォンは、電話だけでなく、写真を撮ったり、動画を見たり、ゲームをしたりと、多様な機能があります。さらに、1990年代のビデオゲームは、今よりもずっと単純でした。でも、今では、ビデオゲームはとてもリアルなグラフィックスと、複雑で楽しいストーリーがあります。家にいながらにして、異なる世界を冒険できるんですよ。私たちが生活する世界は、技術と革新によって日々便利になっています。これらの技術があるおかげで、私たちは以前に比べて豊かな生活を送ることができるようになりました。これからも新しい技術がどんどん登場して、私たちの生活をさらに良くしてくれるでしょう。だからこそ、新しい技術やアイデアに興味を持ち、学び続けることが大切です。10年後、20年後はどのような技術が生まれているのでしょうか。次は、学校や勉強の仕方がどのように変わったのかについてお話ししたいと思います。昔、学校はとてもシンプルなものでした。黒板とチョーク、教科書とノートが主な学習ツールでした。授業では先生が黒板にいろいろ書きながら教えてくれるのが一般的でした。現在のようにタブレットやパソコンを使って勉強することはあまりありませんでした。今ではタブレットやパソコンで情報を調べたり、オンラインで勉強することも増えましたね。また、1990年代では皆さんが今使っているようなインターネットもまだ一般的ではありませんでした。情報を集めるときは図書館で本をたくさん読むことが大切でした。でも今はインターネットで簡単にいろいろなことを調べることができるように
なりましたね。さらに、1990年代には、学校で学ぶことは、主に読み書きや算数など、基本的なことが中心でした。しかし、現在は、プログラミングや外国語、環境学習など、もっと多様なことを学ぶ機会があります。これは世界がどんどん変わっていく中で、皆さんにもっと広い視野を持ってもらいたいという考えからです。このように学びの内容や方法がとても変わってきていることがわかりますね。これからも新しい技術が出てくることで、学習のスタイルはどんどん進化していくでしょう。次は1990年代と現在でどんな仕事が人気があるのか、その違いについてお話ししたいと思います。1990年代はサラリーマンや公務員、教師などがとても人気のある仕事でした。多くの人が安定した職業を求めていました。また、技術者や研究者も重要な仕事とされていました。新しいものを作ったり、発見をすることがとても価値があるとされていたからです。しかし、インターネットが普及すると、仕事の世界も大きく変わりました。現在では IT エンジニアやアプリ開発者、ウェブデザイナーなどの仕事がとても人気になっています。インターネットやスマートフォンを使った新しいサービスを作る仕事ですね。これらは1990年代にはほとんど存在しなかった職業です。また、今は YouTuber やインフルエンサーという新しいタイプの仕事も出てきました。これらの仕事はインターネット上で動画を配信したり、SNS を使って人々に影響を与える仕事です。多くの人がこれらの仕事を通じて自分の趣味や特技を活かして活躍しています。さらに環境問題への関心の高まりとともに、環境コンサルタントや再生可能エネルギー技術者といった仕事も注目されています。これらの仕事は地球の未来を守るために環境に優しい方法を考えたり、新しいエネルギー源を開発したりする仕事です。1990年代と現在では人気のある仕事が大きく変わってきたことがわかりますね。これは社会が変化し、新しい技術が生まれる中で、私たちの働き方や求められるスキルも変わってきたからです。これからの未来には、今はまだ想像もできないような新しい仕事がたくさん出てくるでしょう。次は世界の国々がどのように関わり合うようになったかについてお話ししましょう。1990年代、世界では大きな変化がありました。多くの国々が友達になる努力をして平和に暮らそうとしていました。しかし、まだまだ分かれていることも多く、お互いをよく知らない国もたくさんありました。
その頃は手紙や電話でしか遠くの国の人たちと話すことができませんでした。だからお互いのことを知るのに時間がかかったんです。でも、それでも多くの人が平和で友好的な世界を作るために一生懸命努力をしていました。そして現在はインターネットやスマートフォンが発達し、世界中の人たちと簡単に話ができるようになりました。今では遠く離れた国の人とも画面を通して顔を見ながら話すことができるんです。これによりお互いの文化や生活について深く知ることができるようになり、国と国との間の友情も深まりました。また、世界中の国々が協力して、環境問題や貧困問題など、地球全体で解決すべき課題に取り組むようになりました。1990年代には想像もできなかったような国際的なプロジェクトがたくさん行われています。これはインターネットなどの技術のおかげで世界が一つになって助け合うことができるようになったからです。30年前と現在では国と国との関わり方も大きく変わってきたことがわかりますね。次は私たちの住んでいる街や自然の風景がどのように変わってきたかについてお話ししましょう。1990年代には都市では高いビルがたくさん建っていて車がいっぱい走っていました。その頃から街の中心部はどんどん賑やかになってきました。しかし時間が経つにつれて街や自然の風景は少しずつ変わり始めました。今では都市の中にも緑の公園がもっと増えて、人々が自然の中で遊んだりリラックスできる場所がたくさんあります。ビルの屋上に花や木を植える屋上緑化も増えましたね。それによって大都会の中心でも緑を楽しむことができるようになりました。また、昔に比べて都市部ではエコフレンドリーな建物が増えています。これは太陽の光を利用したり、雨水を再利用したりして、環境に優しい方法で建てられたビルのことです。このように人々は地球を大切にしようという考え方をもっと大事にするようになりました。田舎でも人々が田舎の美しい自然を守ろうとする動きが強くなっています。地域の特色を生かした観光や農業が盛んになり、都市の人々が田舎の魅力を再発見するようになりました。これからも美しい自然や街の風景を大切にし、楽しんで生活できたらいいですね。次は私たちの生活費がどのように変わってきたかについてお話ししたいと思います。約30年前は今と比べて物の値段が少し違っていました。例えばお菓子やジュースなどのおやつは今よりも少し安かったかもしれません。しかし家を建てることや新しい車を買うことはとても高い買い物でした。
それでも多くの人々が一生懸命働いて家族を養い幸せな生活を送っていました。現在は生活に必要なものの価格はいろいろと変わってきました。技術の進歩によってテレビやパソコンなどの電化製品はより便利で価格も手頃になりました。しかし、家賃や食べ物の価格は上がる傾向にあります。特に都市部では生活するのに多くのお金が必要です。また、現在ではインターネットが普及し、オンラインショッピングがとても便利になりました。これにより、家から出ることなく、様々な商品を比較して購入することができるようになりました。このように、私たちの買い物の仕方も大きく変わってきています。さらに、環境に優しい生活を心がける人が増えました。オーガニック食品やエコ商品など、健康や環境に良いとされる商品にも、より多くのお金を使うようになりました。これらの商品は少し価格が高いこともあります。でも、地球や私たちの体を守るために重要な選択となっています。物の価格や私たちの買い物の仕方がこのように変わってきています。やっぱり大切なのは必要なものを大切に使い、無駄をなくすことですね。最後に地球の気候がどのように変わってきたかについてお話ししますね。30年前の地球は今と少し違った気候でした。四季の変わり目ははっきりしていました。春は花が咲き乱れ、夏はしっかりと暑く、秋は涼しく、冬はたくさんの雪が降ることもありました。その頃は気候変動について話されることもありましたが、今ほど深刻な問題とは考えられていませんでした。しかし、地球の気候は少しずつ変わり始めました。現在では気候変動が大きな問題となっています。夏の暑さが増し、冬の寒さが減ったり、雪があまり降らなくなったりしています。また、台風や豪雨などの激しい天候が起こることも多くなりました。このような気候の変化は地球温暖化が原因の一つとされています。地球温暖化とは地球の平均気温が上昇することを言います。この原因の一つに私たち人間の活動が挙げられます。例えば、車や工場から出るガスが地球を温める効果があるんです。皆さん、1990年代と現在では地球の気候がどのように変わってきたかがわかりますね。この変化は私たちの生活にも影響を与えています。だからこそ私たちは地球の未来を考え、エコな生活を心がけることが大切です。例えば、電気を節約することや、リサイクルを積極的に行うこと、自転車を使うことなどです。小さなことから始めることができます。一人一人の行動が
大きな変化を生むことができるんですよ。桜と日本人の関係は、ただの木や花以上のものです。桜が咲く時期は、日本の人々にとってとても特別な意味を持ちます。この美しい花は、春が来たことを知らせてくれる印です。桜が咲くと、日本中の人々がその美しさを楽しみに外に出かけます。今日は桜が日本の文化にどんな役割を果たしているのかを話します。皆さんは桜を見るとどんなことを感じますか？実は桜は日本の人々にとってとても大切な花なんです。昔から桜は新しい季節が始まることを教えてくれる大事な役割を果たしてきました。さらに桜は人々が集まってお花見を楽しむ理由でもあります。桜の木の下で食べたり話したりして春の暖かさを感じるんですよ。桜の話はとても古い時代から始まります。約1000年以上前からその美しさを楽しんでいたと言われています。平安時代になるとお金持ちの人々の間で桜を楽しむ文化が盛んになりました。彼らは桜の下で詩を読んだり、絵を描いたりしました。誰が一番桜の美しさをうまく表現できるかを競い合ったそうです。また、桜についての詩や話がたくさん作られました。桜は日本の美意識や芸術に深く根ざすことになります。桜は日本の美しいものを表す大事な花としてさらに人気になりました。江戸時代になるとお金持ちだけでなく庶民の間でも桜がとても人気になりました。人々は春の訪れを祝って桜の下で食事をしたり歌を歌ったりしました。また、この時代には桜の種類も増え、いろいろな場所で桜を楽しむことができるようになりました。このような伝統は現代まで続いていますね。春になると多くの人々が家族や友達と一緒に桜を見に行きます。また、桜は多くの日本の祭りやイベントにも登場しますね。このように桜は日本人の生活に深く結びついています。春の季節が来ると日本中が特別な気持ちに包まれます。お花見は日本の春の一番の楽しみの一つです。お花見とは桜の花を見ながら食べたり話したりして楽しむ日本の伝統的な行事です。日本中どこでも春になると公園や学校、川沿いなど桜の木の下は人々で賑わいます。みんなが持ち寄ったお弁当やお酒を楽しみながら美しい桜の花を眺めます。友達や家族、会社の同僚など様々な人たちが集まって楽しい時間を過ごします。場所によっては夜になると桜がライトアップされます。そして夜桜を楽しむこともできます。このライトアップされた夜桜も
とても神秘的で綺麗なんですよ。お花見にはただ楽しむだけではない深い理由があります。桜の花が美しいのはその儚さが理由です。儚さとはとても短い時間で終わってしまうことです。桜の花は満開になってから1週間か2週間ほどで散ってしまいます。だから桜の花が咲いたらすぐにでも見に行かないとあっという間に美しい姿を見逃してしまうかもしれません。この桜の花の儚さは日本人にとって大切な意味を持っています。人生もまた美しい瞬間は永遠に続くわけではなく、いつかは終わってしまうものです。だからこそ今を大切に生きようという考え方があります。桜の花を見ると、人々は人生の美しさとその美しさがいつか終わることを思い出します。でも、だからこそ一つ一つの瞬間を大切にしようと思うわけです。春になると桜の花が咲き始め、人々はその短い期間を楽しみます。このように桜の花は日本の人々にとってただ綺麗なだけではなく、人生の大切な教えをくれる花なんです。桜の季節は日本では出会いと別れの季節でもあります。春になると新しい学校の年度が始まります。そこで新しいクラスメートや先生に出会います。同時に卒業する学生たちは学校と友達に別れを告げます。この出会いと別れの時期に桜が満開になることが多いのです。桜の花が美しく咲いている間はとても短いです。でも人々の心に新しいスタートと別れの大切な記憶を残します。例えば、卒業式の日に桜が咲いていると、卒業の切なさや新しい未来への期待を生みます。入学式で桜が咲いていると、新しい環境への不安を和らげたり、ワクワクする気持ちになります。桜の花はその美しさで人々を引き寄せ、一緒に過ごす時間を特別なものにしてくれます。お花見をすることで家族や友達と一緒に美しい桜を見ます。そして新しい出会いを祝ったり、大切な人との別れを惜しんだりします。桜の花が散るように、出会いと別れもまた人生の一部です。しかし、桜のようにその瞬間瞬間は美しく心に残るものなのです。このように桜の季節は日本の人々にとって新しい始まりと別れを象徴する大切な時期です。桜の花が咲くことで人生の移り変わりを感じ、それぞれの瞬間を大切にするきっかけになるのです。このような理由で詩や小説、絵画、音楽など多くの作品に桜が登場します。春の美しさや儚さを表現しています。また、桜は日本の映画やアニメにもよく登場しますね。ストーリーに深みを加えたり、
感動的なシーンを作り出したりしています。桜を通じて人々は感情を共有し、美しい瞬間を一緒に味わうことができるのです。桜は単なる美しい花以上の存在です。日本の人々にとって桜は春の訪れを告げ、人々を一つにする大切なシンボルです。桜の季節には、ぜひ家族や友達と一緒に外に出て、この美しい花を楽しみましょう。そして、桜の花が教えてくれる大切なメッセージを思い出してください。その瞬間瞬間を大切にすることを忘れないでください。一緒に桜の花を見ながら新しい季節の始まりを楽しむことができれば、それはとても素敵なことですよね。今回は日本で病気になった時の一日についてお話しします。これは日本語を勉強している皆さんにとってとても大切なトピックだと思います。まず最初に体調が悪い日の一日の大まかな流れを説明します。その後に一つ一つのトピックについて細かく説明します。まず最初に病気の時によく使う言葉をいくつか紹介します。一番よく使うのは風邪です。風邪をひきましたというのは I caught a cold という意味です。風邪の他にも熱という言葉があります。熱が出ましたは I have a fever という意味です。また、咳という言葉もあります。咳が出ますは I have a cough です。これらの言葉を覚えておくととても役に立ちます。病院に行ってから薬をもらうまでの大まかな流れの話をします。病院に行くときは、まず予約をします。病院に着いたら、受付で保険証を見せます。受付が終わったら、待合室で待ちます。そして、名前が呼ばれたら、診察室に入ります。先生に、どんな症状ですか？と聞かれます。その時に、風邪をひきましたとか、熱がありますと答えます。診察が終わったら、薬局で薬をもらいます。これで病気になった時の基本的な流れがわかりましたね。病気の時に使う言葉や病院に行く時の準備ができるようになりました。次に病院に行く際のことについてもう少し詳しく説明しますね。まず、病院に行くときの準備についてお話しします。体調が悪いときは、早めに病院に行くことが大切です。予約をするために、病院に電話をかけます。
電話で診察の予約をお願いしますと言います。そして自分の名前と希望する診察時間を伝えます。その際に症状を聞かれることもあると思います。病院に着いたら、まず受付に行きます。受付では保険証を見せてくださいと言われます。その際に保険証を渡します。保険証は病院で治療を受けるために必要なものです。また、保険証を見せることで支払いの負担額が7割減るので、とても大切です。受付が終わったら、待合室で順番を待ちます。次に、診察の順番が来たら、看護師さんに名前を呼ばれます。診察室に入ると、先生が、こんにちは、今日はどうされましたかと聞いてくれます。ここで自分の症状を伝えます。例えば、風邪をひきましたや熱がありますと言います。先生はその症状について詳しく聞いてくれます。先生が症状を確認した後、必要な検査を行います。場合によっては、血液検査やレントゲンなどを受けることもあります。検査が終わったら、先生から診断と治療方法について説明があります。最後に先生は薬を出しますので薬局で受け取ってくださいと言います。診察が終わったら会計をします。受付で診察料を支払って領収書と処方箋を受け取ります。処方箋は薬をもらうために必要な紙です。薬の情報がその紙に書かれています。薬は病院ではなく、近くの薬局でもらうのが一般的です。大きな総合病院だと、病院の中に薬局があることも多いです。そして薬局に行きます。薬局に着いたら、まず受付に行きます。薬局で処方箋を渡し、薬をお願いしますと言います。薬剤師さんは、こちらが処方された薬ですと言って、薬の名前や飲み方を説明してくれます。薬の飲み方についても説明してくれるので、しっかり聞いてください。例えば、この薬は1日3回、食後に飲んでくださいといった感じです。また、この薬は1日1回、寝る前に飲んでくださいといった説明があります。薬の説明が終わったら、何か質問はありますかと聞いてくれることが多いです。もし薬についてわからないことがあれば、このタイミングで
質問するといいですね。例えば、この薬は水と一緒に飲んでもいいですかですね。また、この薬はどれくらいの期間飲み続ければいいですかといった質問もいいですね。すべての説明が終わったら、薬を受け取って会計をします。会計を済ませたら薬局を出ます。自宅に帰ったら薬の説明書をもう一度確認してください。そして先生や薬剤師さんの指示通りに薬を飲むようにしてください。薬を正しく飲むことは早く良くなるためにとても大切なことですよね。また、薬を飲んでいて何か異常を感じたらすぐに病院に連絡してください。これで皆さんも病院に行くときの流れがわかりましたね。皆さんもぜひこの流れを覚えておいてください。次は社会人が仕事を休む際のルーティーンや日本の文化について紹介します。社会人とは主に会社で働いている人たちのことです。まず朝起きた時に体調が悪いと感じたらすぐに体温を測ります。熱がある場合や体がだるい場合は無理をせずに仕事を休むことを考えます。体調が悪い時に仕事を休むことは大切です。仕事を休むと決めたら、まず上司に連絡します。電話で体調が悪く、今日はお休みさせていただきたいです。と伝えます。上司はお大事にしてくださいと言ってくれると思います。その後、会社の総務部や人事部にも連絡をします。会社によってはメールで連絡する場合もあります。次に病院に行く準備をします。病院で診察を受け、先生から診断書をもらいます。診断書は仕事を休む理由を証明するための書類です。これを会社に提出します。診断書には病名や必要な休養期間が書かれています。上司に提出する際には、病院でもらった診断書ですと言って渡します。休む期間が長くなる場合、定期的に会社に連絡することも大切です。まだ体調が良くならず、もう少し休ませていただきたいです。といった連絡をします。上司や同僚に迷惑をかけないように、できるだけ早く連絡を入れることが望ましいですね。日本の職場文化では、チームワークが大切にされています。そのため、病気で休むことをきちんと伝えることは、同僚や上司にとっても助かることです。
また、信頼関係をより良くすることにもつながります。自分の体調管理も仕事の一部と考え、無理をせずにしっかり休むことが大切です。休んでいる間はしっかりと休養をとり、早く回復するように心がけます。体調が良くなったら、復帰する前日に上司に明日から出勤しますと連絡します。そして復帰初日には同僚や上司に迷惑をかけて申し訳なかったですと伝えることが多いですね。本来は謝る必要はないのですが、相手のことを気にしてますよということが伝えられます。日本ではとても大事にされている文化です。次は学生が学校を休む場合について紹介します。まず朝起きた時に体調が悪いと感じたら、同じようにすぐに体温を測ります。熱がある場合や体がだるい場合は無理をせずに学校を休みます。学校を休むと決めたら、まず親が先生に連絡します。電話で体調が悪いので今日は学校を休みますと伝えます。先生はお大事にしてくださいと言ってくれると思います。その後、必要であれば学校の事務室にも連絡をします。次に病院に行く準備をします。病院で診察を受け、先生から診断書をもらいます。ただ、会社員と違って診断書は出さないことが多いですね。ただ、休む期間が長くなる場合は、定期的に学校に連絡することは大切です。先生やクラスメートに迷惑をかけないように、できるだけ早く連絡を入れることが望ましいです。日本の学校では、クラスメートと一緒に勉強することが大切にされています。そのため、病気で休むことをきちんと伝えることは、先生やクラスメートも助かります。グループワークや宿題がたくさんありますからね。自分の体調管理も学校生活の一部と考えて、無理をせずにしっかり休むことが大切です。会社員は少し休みづらいなぁと感じることが多いです。ただ、学生は周りに病気がうつることも多いので、積極的に休むことが多いです。最後に、家庭での病気の対処法やセルフケアについて説明します。日本では体調が悪い時に家でできることがたくさんあります。まず、風邪をひいた際に家でよく食べる食べ物についてお話しします。風邪をひいた時に日本ではお粥をよく食べます。お粥は消化によく体に優しい食べ物です。作り方はとても簡単です。
お米と水を鍋に入れて弱火でゆっくりと煮ます。お粥に梅干しを入れるとさらに美味しくなります。次に生姜湯という飲み物もおすすめです。生姜湯は体を温める効果があります。作り方は生姜をすりおろします。そしてお湯に入れて少し蜂蜜を加えます。これを飲むと体がポカポカと温まります。また、風邪の時には蜂蜜大根も効果的です。大根を薄く切って蜂蜜をかけてしばらく置きます。すると大根から水分が出てきます。この水分を飲むと喉の痛みが和らぎます。次にセルフケアについてお話しします。まず、しっかりと休むことが一番大切です。布団に入り、体を温めて十分な睡眠をとります。また、水分補給も重要です。お水やお茶をこまめに飲みますね。喉が乾燥しないようにすることも大切です。また、部屋の湿度を保つために加湿器を使うといいです。加湿器がない場合は、濡れたタオルを部屋に干すだけでも効果があります。湿度があると、喉や鼻の乾燥を防ぐことができます。熱が出た時には、体を冷やします。首や脇の下といった血管が通る部分を冷やします。最後に、病気の時には無理をしないことが大切です。仕事や学校を休むことをためらわず、自分の体を優先することが大事ですね。しっかりと休んで、体調が良くなってから復帰することがお互いにとって一番良いです。皆さん、こんにちは。今日は日本の学校の先生の一日についてお話しします。朝からの授業準備や授業の一日、休日のルーティーンについて紹介します。まず最初に、平日の朝のルーティーンについてお話しします。まず先生は朝早く起きます。大抵午前6時頃です。起きたらすぐに顔を洗い、歯を磨きます。そして朝ごはんを食べます。朝ごはんはとても大切です。なぜなら朝ごはんを食べると元気が出るからです。朝ごはんの後、先生は服を着替えます。スーツやきちんとした服を着ます。それから学校に行く準備をします。ノートや教科書をカバンに入れます。そして家を出ます。学校には電車やバスで行きます。
電車やバスの中では新聞を読んだり本を読んだりします。大抵午前7時半頃には学校に到着します。次に平日の朝の授業準備についてお話しします。学校に着いたら、まず職員室に行きます。そこでコーヒーを飲んだり、同僚と少し話したりします。次に教室に行きます。教室では今日の授業の準備を始めます。まず黒板に今日の日付と予定を書きます。これで生徒が今日何をするかわかります。それから教科書やノートを机の上に並べます。もし今日の授業で使う資料があれば、それも準備します。プリントや資料をコピー機でコピーしたり、配る準備をしたりします。また、プロジェクターやパソコンを使う場合は、それらの機械の準備もします。次に、授業の計画を確認します。今日の授業で教える内容をもう一度見直します。そして、どうやって教えるかを考えます。例えば、どの順番で教えるか、どのような例を使うかを考えます。準備が終わったら、少し休憩を取ります。休憩中に他の先生と話したり、コーヒーを飲んだりします。これが先生の平日の朝の授業準備です。そして、チャイムが鳴ったら、授業が始まります。先生は毎日たくさんの準備をして、生徒にいい授業を提供するために頑張っています。先生の平日の午前中の授業についてお話しします。まず、チャイムが鳴ったら、最初の授業が始まります。授業は大抵午前8時半頃に始まります。先生は教室に入り、生徒におはようございますと挨拶します。そして授業を始めます。授業では先生は教科書を使って生徒に教えます。例えば、国語や数学、英語などの授業があります。先生は黒板を使って説明します。黒板に大事なことを書いたり、図を書いたりします。生徒はそれを見てノートに書きます。授業中、先生は生徒に質問します。例えば、この問題がわかりますか？が多いです。また、この文章の意味は何ですか？と聞きます。そしてその質問に生徒が答えます。もし生徒がわからない場合、先生は
わかりやすく説明します。繰り返し説明することもあります。また、授業では時々グループ活動をします。生徒は小さいグループに分かれて、一緒に問題を解いたり、話し合ったりします。先生はグループを回って生徒の様子を見ます。そして必要があればアドバイスをします。午前中の授業はだいたい3時間あります。10時半ごろに休み時間があります。休み時間には生徒も先生も少し休憩します。先生は職員室に戻ってコーヒーを飲んだり、同僚と話したりします。休み時間が終わったら、また授業が始まります。午前中の最後の授業は、大抵正午まで続きます。これが先生の平日の午前中の授業です。次は先生の平日の昼ご飯の時間についてお話しします。授業が終わるとお昼の時間になります。大抵正午頃です。まず先生は教室を片付けます。黒板を消したり、机の上を整理したりします。次に職員室に戻ります。職員室では他の先生たちと一緒に昼ご飯を食べます。生徒と一緒に教室で昼ご飯を食べる学校もあります。昼ご飯はお弁当を持ってきたり、学校の食堂で買ったりします。お弁当にはご飯やおかず、サラダなどが入っています。みんなで食べるととても楽しいです。昼ご飯を食べながら同僚の先生たちと話をします。今日の授業のことや生徒のこと、週末の予定などいろいろな話をします。これでリラックスして午後の授業の準備ができます。昼ご飯の後、少し休憩をとります。大抵30分ぐらいです。この時間に先生は次の授業の準備をします。教科書を見直したり、資料を整理したりします。また、パソコンでメールをチェックしたり、必要な連絡をしたりします。そして、午後の授業が始まる時間が近づくと、教室に戻ります。教室では、生徒が昼休みを楽しんでいます。先生も生徒と一緒に少し話したり、遊んだりします。これで生徒との関係が良くなります。これが先生の平日の昼ご飯の時間の過ごし方です。先生は昼ご飯の時間を使ってリラックスし、午後の授業の準備をしています。次は
先生の平日の午後の授業についてお話しします。お昼ご飯の後、午後の授業が始まります。大抵午後1時頃です。先生は教室に戻り、生徒にこんにちはと挨拶します。そして授業を始めます。午後の授業ではいろいろな科目を教えます。例えば理科や社会、音楽、美術などです。先生はそれぞれの科目に合わせて工夫して教えます。実験をしたり、絵を描いたり、歌を歌ったりします。午後の授業も午前中の授業と同じように生徒にわかりやすく教えることが大切です。先生は黒板や教科書を使って説明します。また、時々生徒に質問をして理解しているかどうかを確認します。生徒がわからないときはもう一度ゆっくり説明します。午後の授業はだいたい2時間あります。途中で15分ぐらいの休み時間があります。休み時間には生徒は外で遊んだり、友達と話したりします。先生も少し休憩をとります。休み時間が終わると、また授業が始まります。午後の最後の授業は、だいたい午後3時頃に終わります。これが先生の平日の午後の授業です。しかし、授業が終わっても先生の仕事は終わりません。次は先生の平日の授業が終わった後の仕事についてお話しします。午後の授業が終わると大抵午後3時頃です。ここからいろいろな仕事があります。まず、教室を片付けます。黒板を消したり、机や椅子を整理したりします。生徒が使った資料や道具も片付けます。教室がきれいになると気持ちもすっきりします。次に職員室に戻ります。職員室ではその日の授業の記録を書きます。どのような授業をしたか、生徒の様子はどうだったかを書きます。また、生徒の宿題やテストをチェックします。生徒の進み具合を確認し、必要があればアドバイスを書きます。そして次の日の授業の準備をします。教科書を見てどのように教えるかを考えます。必要な資料やプリントを作ったり、コピーしたりします。授業の計画を立てるのはとても大切な仕事です。また、他の先生との会議もあります。会議では学校のイベントや生徒のことについて
話し合います。例えば、文化祭や運動会の準備、生徒の成績や生活について相談します。先生たちは協力して学校を良くするために頑張っています。時々保護者との面談もあります。保護者に生徒の成績や学校での様子を伝えます。また、家庭での様子を聞いたり、相談に乗ったりします。保護者とのコミュニケーションも先生の大切な仕事の一つです。これらの仕事が終わると、大抵午後6時頃です。最後に机の上を整理して、明日の準備をして帰ります。先生は毎日忙しいですが、生徒の成長を見るととてもやりがいを感じます。次は先生が学校から帰った後のルーティーンについてお話しします。学校での仕事が終わって、先生はだいたい午後6時頃に家に帰ります。家に着いたら、まず手を洗い、うがいをします。そして少しリラックスする時間をとります。大抵テレビを見たり、本を読んだりします。夕食の準備を始めるのは午後7時頃です。もし一人暮らしなら自分で料理を作ります。家族がいる場合は、家族と一緒に料理を作ったり食べたりします。夕食のメニューはその日の気分や材料によって変わります。例えば、ご飯、味噌汁、焼き魚やサラダなどの和食を作ることが多いです。料理ができたらテーブルに並べます。夕食の時間は家族との大切なコミュニケーションの時間です。一日の出来事を話したり、週末の予定を相談したりします。食事中はリラックスしてゆっくり食べます。美味しい料理を食べながら楽しい会話を楽しみます。食事が終わったら、ごちそうさまでしたと言います。そしてみんなで片付けをします。お皿を洗ったり、テーブルを拭いたりします。片付けが終わったら少し休憩をとります。大抵午後8時頃です。この時間にまたテレビを見たり、本を読んだりします。時々散歩に出かけることもあります。軽い運動をすることでリフレッシュできます。その後、翌日の準備をします。教科書やノートをチェックしたり、必要な資料を揃えたりします。また、学校で使う服を準備します。これで翌朝の準備がスムーズに進みます。最後にお風呂に入ります。お風呂で一日の疲れを取ります。
リラックスして気持ちもリフレッシュします。お風呂から出たらパジャマに着替えて少しテレビを見たり音楽を聴いたりします。そしてだいたい午後11時頃に寝ます。次の日も早起きしなければならないので、しっかり寝ることが大切です。これが先生が学校から帰った後の時間の過ごし方です。次は先生の週末ルーティーンについてお話しします。日本の先生は土日も学校業務に関わることが多いです。最近はこの労働時間の多さが社会問題にもなっています。もちろん休みの日もあります。ですが、まずは学校のクラブ活動に関わる週末の話をします。週末、土曜日の朝、先生はいつもより少し遅く起きます。大抵午前8時頃です。起きたら顔を洗い、歯を磨きます。そして朝ごはんを食べます。朝ごはんはご飯やパン、サラダなどです。朝ごはんの後、学校に行く準備をします。クラブ活動の道具や資料をカバンに入れます。そして運動着に着替えて学校に向かいます。大抵午前9時頃に家を出ます。学校に着いたら、まずクラブ活動の場所に行きます。クラブ活動の場所は、体育館やグラウンド、音楽室などです。先生は、クラブの生徒に挨拶します。そして、今日の活動の予定を話します。クラブ活動では、先生は生徒と一緒に練習をします。例えば、バスケットボール部では、シュート練習や試合をします。音楽部では、楽器の練習や合奏をします。先生は生徒にアドバイスをしたり、指導をしたりします。午前中の活動が終わると、昼ご飯の時間になります。大抵午前11時半頃です。生徒と一緒に昼ご飯を食べます。昼ご飯はお弁当を持ってきたり、学校の食堂で買ったりします。昼ご飯を食べながら生徒と楽しい話をします。昼ご飯の後、少し休憩をとります。休憩中は生徒と一緒に外で遊んだり、リラックスしたりします。そして午後のクラブ活動の準備をします。午後のクラブ活動は大抵午後1時頃に始まります。午後も午前中と同じように練習や活動をします。先生は生徒に技術や知識を教えながら一緒に活動を楽しみます。時々大会や発表会の準備をすることもあります。午後の活動が終わるのは
大抵午後4時頃です。活動が終わったら、生徒と一緒に片付けをします。道具を整理したり、掃除をしたりします。そして最後に生徒に今日の活動の反省をさせます。何が良かったか、何を改善すべきかを話し合います。片付けが終わったら、先生は職員室に戻ります。クラブ活動の記録を書いたり、次回の活動の計画を立てたりします。そして必要な連絡を確認して今日の仕事を終えます。学校を出るのは大抵午後5時頃です。家に帰ったら少し休憩をとります。テレビを見たり、本を読んだりしてリラックスします。そして夕食を食べて一日の疲れをとります。これが先生が週末に学校のクラブ活動に関わる一日のルーティンです。もちろんクラブ活動は楽しいですが大変です。最後に先生の休日の一日についてお話しします。休日は先生にとって大切なリラックスの時間です。この日は午前中は寝て過ごします。起きるのは大抵午前11時頃です。起きたら顔を洗い、歯を磨きます。そしてゆっくりと軽めに朝ごはんを食べます。朝ごはんはフルーツ、ヨーグルトなどです。朝ごはんの後、家の掃除や洗濯を始めます。掃除機をかけたり、洗濯物を干したりします。家がきれいになると、とても気持ちがいいです。掃除が終わったら、少し休憩をとります。午後1時頃に昼ご飯を食べます。外で食べることもあれば、家で簡単な料理を作って食べることもあります。例えば、パスタやサンドイッチなどです。昼ご飯を食べた後は少し休憩します。その後、外に出かけることもあります。買い物に行ったり、友達と会ったりします。近くの公園を散歩することもあります。自然の中で歩くととてもリフレッシュできます。もし天気が良ければ、遠くの山や海にドライブに行くこともあります。ただ、基本的に午後は趣味の時間です。映画を見たり、スポーツをしたり、本を読んだりします。趣味の時間はとても楽しいです。また、新しいことを学ぶ時間として使うこともあります。例えば、料理教室に行ったり、楽器の練習をしたりします。夕方になると家に帰ります。午後6時頃には夕食の準備を始めます。夕食は一日の疲れを取るために
大切です。家族と一緒に食べることも多いです。夕食を食べながら一日の出来事を話し合います。夕食の後は少しゆっくり過ごします。テレビを見たり、本を読んだりします。そしてお風呂に入ります。お風呂で一日の疲れを取り、リラックスします。最後に翌日の準備をします。教科書やノートを確認したり、必要なものを揃えたりします。そして午後10時頃には寝ます。おやすみなさいと言ってしっかり休みます。十分な睡眠をとることで次の日も元気に過ごせます。これが先生の休日の一日です。先生は休日を使ってリフレッシュし、新しい週に備えます。日本の先生は休みも少なく、とても大変なことが多いです。ただ、子供の成長を近くで見れるのはとても楽しいことです。なので、先生になることは日本でも人気の職業です。今回は日本で人気の趣味を10個紹介したいと思います。まずは定番の趣味、読書についてお話しします。読書は本を読むことです。本は冒険や恋愛、歴史など様々な物語が詰まっていますよね。読書をすると新しい知識を得られるだけでなく、心も豊かになります。なぜ読書がこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、読書はいつでもどこでも楽しむことができます。家でも、電車の中でも、公園でも、静かな場所さえあれば読書を楽しめます。次に、読書は想像力を育てます。本の中の世界を想像することで、新しいアイデアが生まれることもあります。また、読書は語彙力を高めます。新しい言葉や表現を学び、自分の言葉で話したり、書いたりする力がつきます。では、どうやって読書を始めたらいいでしょうか？まず、自分が興味を持てるジャンルの本を選びましょう。そして、少しずつ読み進めていくことが大切です。最初は難しいかもしれませんが、読むことに慣れればもっと楽しくなります。読書はとても素晴らしい趣味です。新しい知識を得ることができ、心も豊かになりますよね。二つ目はカラオケについてお話しします。カラオケは音楽を楽しむ素晴らしい方法の一つです。カラオケとは音楽に合わせて歌を歌うことです。日本では友達や家族、同僚と一緒にカラオケボックスに行き、楽しい時間を過ごします。なぜカラオケがこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、カラオケはみんなで楽しめる活動です。
一人で歌うこともできますが、みんなで歌うことで、より楽しい時間を過ごすことができます。次に、カラオケはストレス解消になります。仕事や学校で疲れたとき、好きな歌を歌うことでリラックスすることができます。また、カラオケは歌うことを通じて自分の感情を表現するいい方法ですよね。悲しい歌や元気が出る歌など、その時の気持ちに合わせて歌を選ぶことができます。カラオケをするにはカラオケボックスに行くのが一般的です。日本にはたくさんのカラオケボックスがあります。小さい部屋から大きな部屋まで様々なサイズがあるので、人数に合わせて選べます。そして好きな曲を選んで歌い始めます。最初は少し恥ずかしいかもしれませんが、大切なのは楽しむことです。上手に歌えなくても心から楽しめばそれが一番です。カラオケは日本文化の楽しい部分の一つです。音楽を通じて友達や家族との絆を深めることができますよね。日本に来たときは、ぜひカラオケを体験してみてくださいね。三つ目は映画鑑賞についてお話しします。映画鑑賞とは映画を見ることです。映画は様々な物語や世界を私たちに見せてくれます。笑ったり泣いたり、時には深く考えさせられることもあります。映画を通じて私たちは多くの感情を経験できます。では、なぜ映画鑑賞がこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。私たちは映画を通じて異なる文化や歴史、未来の世界を見ることができます。次に、映画は心を豊かにします。感動的な物語や勇気をもらえる話など、映画には多くのメッセージが込められています。それらを受け取ることで、私たちの心に新しい気づきを与えてくれます。また、映画鑑賞は友達や家族との時間を共有するいい機会にもなりますよね。一緒に映画を見ることで共通の話題を持つことができ、より深い絆を築くことができます。映画鑑賞を楽しむのには、たくさんの方法がありますよね。映画館に行くのは迫力があっていいですよね。最近ではインターネットで見ることができてとっても便利です。私も週末はよくネットフリックスで映画やドラマを見ます。最近見た映画の中では、忍びの家というドラマが面白かったです。ジャンルは恋愛ものも好きですし、ミステリーも好きです。皆さんはどんな映画がお好きですか？四つ目は旅行についてお話しします。旅行は新しい場所を訪れて、異なる文化や自然を体験する活動です。日本には魅力的な場所がたくさんあります。例えば、美しい自然、歴史的な建物、現代的な都市などです。なので、旅行は多くの人にとって
楽しい趣味なのです。では、なぜ旅行がこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、旅行は新しい発見がいっぱいです。普段の生活では経験できないことを体験することができますよね。新しい食べ物を味わったり、新しい人と出会ったりすることができます。次に、旅行は心をリフレッシュさせることができます。日常から離れて違う環境に身を置くことで、ストレスから解放されます。また、旅行は学びの機会でもあります。歴史的な場所を訪れることで、歴史や文化について深く理解することができます。日本には海も山も温泉もあります。どんな体験をしたいかによって目的地を選ぶといいですよね。そして旅行の計画を立てます。交通手段や宿泊先、見たい場所や食べたいものをリストアップしておくと便利です。現地での体験をするのもいい思い出になりますよ。予定は大切ですが、思いがけない発見や出会いも旅の醍醐味です。旅行は日常を豊かにする素晴らしい趣味です。新しい場所を訪れ、新しい体験をすることで、新しい視野を持つことができます。ぜひ旅行を楽しんで、素敵な思い出をたくさん作ってください。5個目はガーデニングについてお話ししたいと思います。ガーデニングとは、庭で植物を育てることです。花を育てたり、野菜を育てたりすることができます。ガーデニングをすることで自然と触れ合い、心が癒されます。では、なぜガーデニングがこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、ガーデニングは自然と触れ合うことができる趣味です。都会の生活では自然を感じる機会が少なくなっています。ガーデニングをすることで四季の変化を感じることができます。次に、ガーデニングは心をリラックスさせる効果があります。植物を世話することは集中力を高め、ストレスを減らすことができます。また、自分で育てた花が咲いたり、野菜が収穫できたりすると、大きな達成感を感じることができます。加えて言うと、ガーデニングは健康にもいい趣味です。外に出て土いじりをすることは、体を動かすいい運動になります。太陽の光を浴びながら、新鮮な空気を吸うことは、健康にいい影響を与えます。では、どうやってガーデニングを始めたらいいでしょうか？まず、小さなプランターから始めることをお勧めします。簡単に育てられる花やハーブ、野菜から始めて、徐々に植物の種類を増やしていくのがいいですね。私は子供たちとトマトとピーマンを育てたことがあります。植物を育てるには水やりや日光が大切です。それぞれの植物に合った世話をすることがガーデニングの楽しみ方の一つです。ガーデニングは
自然を身近に感じることができる素晴らしい趣味です。自分で育てた植物から季節の変化を感じたり、日々の小さな発見を楽しんだりすることができます。ぜひガーデニングを始めて、自然との触れ合いを楽しんでみてください。6つ目は美術鑑賞についてお話しします。美術鑑賞とは、絵画や彫刻などの芸術作品を見て楽しむことです。様々な作品を見ることで美しいものを感じたり、作品から伝わるメッセージを考えたりします。なぜ美術鑑賞がこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、美術鑑賞は心を豊かにすることができます。美しい作品を見ることで心が穏やかになり、日常のストレスから離れることができます。次に、美術鑑賞は新しい視点を得ることができます。様々な時代や文化の作品を見ることで、世界に対する理解が深まります。また、作家の思いや歴史的背景を知ることで、物事をいろんな角度で考えることができるようになります。しかも、美術鑑賞は学びの場でもあります。絵画の技法や彫刻の表現方法など、芸術作品から多くのことを学ぶことができます。芸術について学ぶことは、自分自身の表現力を高める助けにもなります。では、どうやって美術鑑賞を楽しんだらいいでしょうか？美術館やギャラリーに足を運ぶことが一番です。展示されている作品をじっくりと見て、感じたことや思ったことを大切にしてください。また、作品の説明を読むことで、作品に込められた意味や背景を深く理解することができます。美術鑑賞は豊かな心を育む素晴らしい趣味です。日常から少し離れて芸術の世界に触れてみてください。新しい発見や感動が待っていると思いますよ。7つ目はコスプレです。コスプレはコスチュームプレイの略ですね。アニメや漫画、映画などのキャラクターになりきる趣味です。衣装を着て、メイクをして、そのキャラクターになりきります。そうすることで、日常とは違う自分を楽しむことができます。では、なぜコスプレがこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、コスプレは自分の好きなキャラクターになりきることができますよね。キャラクターになりきることで、その世界観を楽しむことができます。次に、コスプレは想像力を発揮できる趣味です。衣装やアクセサリーを自分で作ることができますし、メイクやポーズを考えることも楽しいです。自分だけのオリジナルのコスプレを作り上げることができます。また、コスプレはコミュニケーションを楽しむことができます。コスプレイベントに参加すると、たくさんの人と出会えます。そこでは、同じキャラクターや作品が好きな人たちと出会い、交流することができます。友達ができたり、様々な人とのつながりを深めることができて楽しいですよね。
私は高校生の時にセーラームーンの衣装を友達と作りました。そして体育祭の時にその衣装をつけてパレードに参加しました。とっても楽しいいい思い出になりました。コスプレは自分の好きな世界に浸ることができる素晴らしい趣味です。自分の想像力やコミュニケーション能力を発揮できる機会でもあります。ぜひコスプレを通じて新しい自分を発見してみてください。8つ目は盆栽についてお話しします。盆栽は日本の伝統文化です。長い時間をかけて木の形を少しずつ整えていくことで小さな鉢の中に大自然の美しさを表現します。なぜ盆栽がこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、盆栽は自然を愛する心を育む趣味です。盆栽を通じて四季の変化を感じることができます。そして木の成長を見守ることで生命の尊さを実感できます。次に、盆栽は心を落ち着かせる効果があります。木に水をやったり、枝を整えたりする作業は心を集中させるのに役立ちます。さらに、盆栽は長期にわたる趣味です。一つの盆栽を何年も何十年も育て続けることで、時間とともに変化していく植物の美しさを楽しむことができます。盆栽は時間と努力をかけることで、より大きな達成感を得られる趣味です。私の祖父も長年盆栽を趣味にしています。毎朝早く起きて水やりをしたり、手入れをしたりしています。では、どうやって盆栽を始めたらいいでしょうか？盆栽に興味を持ったら、まずは基本的な知識を学びましょう。盆栽に適した木の種類、鉢の選び方、土の使い方など、初心者向けの本やインターネットの情報を参考にするといいですよ。そして小さな木を購入して自分で育て始めます。最初は簡単な種類から始めると楽しみながら学ぶことができます。盆栽を育てるには定期的な水やり、剪定、肥料の与え方など日々の丁寧なお手入れが必要です。大変ですが、成長の喜びを実感できると祖父も言っていました。盆栽は日本の伝統文化として長い歴史を持つ美しい芸術です。自然を愛し、時間をかけて育てる喜びを通じて心も育てられます。9個目はパチンコについてお話ししたいと思います。パチンコは日本独特の遊びです。高齢者にも人気だと思います。小さな銀色の玉を使って遊ぶゲームで、多くの人に楽しまれています。パチンコ店にはたくさんのパチンコ台があり、音楽や光の演出も魅力の一つです。ではなぜパチンコがこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、パチンコは手軽に楽しめる遊びです。少ない金額から始めることができ、短い時間でも遊ぶことができます。
次にパチンコはドキドキ感を楽しむことができます。そのドキドキ感を脳汁が出るという表現をしている人もいます。パチンコは球がどのように動くか予想することはできません。なので、結果が出るまでの緊張感やワクワク感を味わうことができます。また、パチンコは日々のストレスから少し離れることができる遊びです。ゲームに集中することで他のことを忘れてリラックスすることができます。ただ、パチンコは適度に楽しむことが大切です。遊びすぎて散財しないように注意しましょう。10個目は麻雀についてお話しします。プロリーグが発足し、最近は若い方で麻雀を始める方も増えています。以前はおじさんの趣味というイメージがありました。麻雀はパイと呼ばれるタイルを使って遊ぶゲームです。4人で行うことが一般的です。それぞれのプレイヤーがパイを使って手を作り、点数を競います。日本では家庭や麻雀専門のお店で楽しむ人が多いですよ。では、なぜ麻雀がこんなにも人気があるのでしょうか？その理由はいくつかあります。まず、麻雀は戦略や計算、そして少しの運が必要なゲームです。どのようにパイを集め、どのように手を作るかを考えることはとても面白いです。次に、麻雀は友達や家族とのコミュニケーションを深めることができる遊びです。一緒にゲームをすることで楽しい時間を共有することができます。また、麻雀はルールが複雑で学ぶことが多いです。でも、それがまた新しい挑戦となり、楽しみの一つとなります。加えて、麻雀は集中力や記憶力を養うことができる遊びです。どのパイが出たか、どのような手を目指すべきかを考えることは、頭を使ういいトレーニングになります。では、どうやって麻雀を始めたらいいでしょうか？まずは、基本的なルールを学ぶことから始めます。インターネットや本でルールを調べたり、練習用のアプリを使ってみたりするといいでしょう。そして実際に友達や家族と練習してみることが大切です。最初は難しいかもしれませんが、遊びながら少しずつ慣れていきましょう。父が麻雀が大好きなので、一度だけ遊び方を教えてもらいました。面白かったですが、最近は全然できていません。今度実家に帰った時にもう一回教えてもらおうかなと思っています。このように友達や家族と一緒に楽しむことで楽しい時間を過ごすことができますよ。今回は日本の北の方にある北海道についてお話しします。北海道は日本で一番大きな島です。とても自然が豊かで美しい場所です。ただ、北海道の魅力は自然だけではありません。長い歴史や特別な文化もあります。まず最初に、そんな
北海道の歴史と文化についてお話しします。まず、北海道にはアイヌという先住民族の人々が昔から住んでいました。アイヌの人たちは自然をとても大切にして動物や植物と共に暮らしていました。アイヌの文化は特別な言葉や歌、踊り、そして美しい手作りの服などがあります。他の地域では見ることができない独自の文化です。今でも北海道ではアイヌの文化が大切にされています。北海道にはアイヌの踊りや音楽を見たり体験できる場所もあります。北海道が日本の一部として本格的に発展し始めたのは今から150年ほど前のことです。明治時代という時代に日本の政府は北海道を開発しました。それによってたくさんの人が住めるようにしようと考えました。そこで北海道に農業や畜産業を広めるために全国から人々が集まりました。畜産業というのは牛や馬を育てる仕事のことです。北海道の広い土地は畑や牧場を作るのにぴったりだったんです。北海道で一番有名な町の一つが札幌です。札幌は北海道の中心で今ではとても大きな町になりました。でも最初は小さな村のような場所だったんです。札幌が発展するきっかけとなったのは札幌農学校という学校の設立です。この学校では北海道での農業や酪農を学ぶための教育が行われました。酪農というのは牛乳やチーズなどの乳製品を作る仕事のことです。アメリカからクラーク先生という先生が来ました。先生が若い人たちにたくさんのことを教えました。クラーク先生は少年よ大志を抱け Boys be ambitious という言葉で有名です。これは若者よ大きな夢を持ちなさいという意味です。今でも札幌の人々の中でも有名な言葉です。また、北海道には開拓者と呼ばれる人たちがたくさんいました。彼らは北海道の厳しい寒さや自然の中で新しい町を作り、農業を始めました。開拓者たちの努力によって、北海道は今のように多くの人が住めるようになりました。また、豊かな食べ物が
取れる場所になったんです。北海道の文化には、こうした歴史が深く関わっています。そして北海道は冬の寒さが厳しいです。なので、温かい食べ物や特別な冬のお祭りが発展しました。札幌雪まつりは毎年冬に行われる大きなお祭りで、たくさんの雪像が並びます。世界中から観光客が訪れるとても有名なお祭りです。また、北海道では新鮮な魚介類や乳製品もたくさん作られています。北海道ならではの美味しい食べ物も文化の一部です。このように北海道の魅力は自然の美しさだけではありません。アイヌの文化や開拓者たちの努力によって築かれた素晴らしい歴史があります。皆さんも北海道を訪れたら、こうした歴史や文化に触れてみてくださいね。次は北海道の観光スポットについてお話しします。北海道には楽しい場所や美しい景色がいっぱいあります。皆さんがもし北海道に行ったら、ぜひ訪れてみてほしい場所をいくつかご紹介します。まず最初にご紹介したいのは函館です。函館は北海道の南の方にある町で、とても美しい夜景が有名です。特に函館山という山の上から見る夜景はとても綺麗です。まるで宝石のようにキラキラしていて、世界でも有名な夜景の一つです。山の上に登ると、港や街の明かりが広がっています。それがとてもロマンチックな風景なんですよね。昼間は五稜郭という星の形をしたお城の跡地もおすすめです。上から見るとお城が星の形をしているのがよくわかるんですよ。次に、小樽という町もおすすめです。小樽は昔から港町として発展してきた場所で、レトロな雰囲気が残っています。小樽運河はとても綺麗で、運河沿いには昔の倉庫が並んでいます。夜になるとライトアップされて、また違った美しさが見られますよ。また、小樽にはガラス細工のお店がたくさんあります。そこでは自分でガラスのコップやお皿を作る体験もできます。素敵なお土産も見つかるかもしれませんね。そして、富良野という場所も人気があります。富良野は夏になると
広いラベンダー畑が一面に広がります。ラベンダーは紫色のお花で、とてもいい香りがします。見渡す限りのラベンダー畑は、まるで絵本の中にいるような気持ちになります。ラベンダー以外にも、春から秋にかけて、いろいろなお花が咲き乱れます。富良野は花好きな人にはたまらない場所です。また、冬には富良野でスキーも楽しめます。次に紹介するのは、旭山動物園です。北海道の旭川という町にある動物園です。これは日本でとても人気のある動物園の一つです。この動物園はただ動物を見るだけではありません。動物たちの自然な姿を間近で見ることができるところが魅力です。例えば、ペンギンが歩いている姿を間近で見たりできます。また、白クマが水の中で泳ぐ様子をガラス越しに見ることができるんですよ。動物たちが元気に動いている姿を見ると、とても楽しい気持ちになります。また、美瑛という町もおすすめです。美瑛は広い丘が続く風景がとても美しい場所です。特に青い池というところは、その名の通り、水が青く見える不思議な池です。青い水と周りの木々が作り出す景色は、まるで絵のように美しいんです。美瑛では、サイクリングやドライブを楽しみながら、この美しい景色を楽しむことができます。このように、北海道にはたくさんの楽しい観光スポットがあります。自然や街、動物たちと触れ合う楽しい旅をしてみてくださいね。次は北海道で食べられる美味しい食べ物についてお話しします。まず、北海道といえば、海鮮がとても有名です。北海道は周りを海に囲まれています。なので、海から取れる魚やカニ、ホタテなどがとっても新鮮なんです。特におすすめなのが、イクラ丼です。イクラは鮭の卵で、小さくてプチプチした食感がとても美味しいです。そのイクラをたっぷりご飯の上に乗せたイクラ丼は、北海道でしか味わえない贅沢な一品です。また、カニもとても有名で、カニを使った料理もたくさんありますよ。次にご紹介したいのは、ジンギスカンです。ジンギスカンは羊のお肉を使った料理で、
北海道ならではの食べ物です。羊のお肉はとても柔らかくて、特製のタレで味付けして焼いて食べます。ジンギスカンはバーベキューのように鉄板の上でジュージューと焼いて食べます。みんなでワイワイしながら食べるのが楽しいです。それから北海道にはラーメンも有名なものがあります。特に札幌ラーメンが人気です。札幌ラーメンは濃厚な味噌スープが特徴です。寒い冬に食べると体がポカポカ温まります。さらに北海道には乳製品もとても美味しいものがたくさんあります。例えば牛乳やバター、そしてチーズなどです。北海道の広い牧場で育った牛から取れるミルクはとても新鮮で濃厚な味わいです。特にチーズケーキは北海道の人気スイーツの一つです。クリーミーで柔らかくてまろやかな甘さが口の中で広がります。また、アイスクリームもとても美味しくて、濃厚なミルクの味を楽しむことができます。そしてもう一つおすすめしたいのが、スープカレーです。私の旦那も北海道で仕事をしていた時期があり、スープカレーが大好きだと言ってました。トッピングを自分で選べたり、いろいろな味があるので、好みに合わせて楽しめると思います。最後に夕張メロンというフルーツもご紹介します。夕張メロンは北海道の夕張という地域で作られている高級なメロンです。とても甘くてジューシーです。メロンを半分に切って、そのままスプーンですくって食べてみてください。口の中いっぱいに甘さが広がります。夕張メロンはお土産としても人気があり、贈り物にするととても喜ばれます。北海道の食べ物はどれも自然の恵みをたっぷり受けて作られたものばかりです。次は北海道で行われる楽しいお祭りとイベントについてお話しします。北海道には一年を通してたくさんのお祭りやイベントがあって、どれもとても面白くてワクワクするものばかりですよ。ぜひ最後まで聞いてくださいね。まず最初にご紹介するのは札幌雪まつりです。このお祭りは毎年2月に札幌という大きな町で行われます。札幌雪まつりは雪と氷で作られた
大きな彫刻がたくさん展示されるお祭りです。大きな雪像や氷像は見る人を驚かせます。まるでおとぎ話の世界から飛び出してきたような美しさです。特に夜になるとライトアップされた雪像がキラキラと輝いて綺麗です。まるで別の世界にいるような気分になります。子供から大人まで楽しめるイベントなのでおすすめです。次にご紹介するのは函館港まつりです。このお祭りは夏の8月に函館という町で行われます。函館港まつりではたくさんの人がイカ踊りという楽しい踊りを踊ります。名前の通りイカのような動きをしながらみんなで一緒に踊るんですよ。とてもユニークで面白い踊りなので、見ているだけでも楽しいです。皆さんも一緒に踊ってみるともっと楽しいですよ。函館港まつりでは花火も打ち上げられるので、夜空に広がる綺麗な花火も楽しめます。また、秋には札幌オータムフェストという美味しいイベントがあります。このイベントでは、北海道のいろいろな地域から集まった美味しい食べ物を楽しむことができます。新鮮な海の幸や野菜、そしてチーズやお肉などです。北海道の自然の恵みがたっぷり詰まった料理がいっぱいです。お腹がいっぱいになるまで北海道のグルメを楽しむことができます。なので、食べるのが好きな人にはとてもおすすめのイベントです。さらに冬には知床ファンタジアという特別なイベントがあります。このイベントは北海道の東の方にある知床という場所で行われます。知床は世界自然遺産に登録されている美しい自然が残る場所です。知床ファンタジアでは夜になるとたくさんのキャンドルが灯されて幻想的な光景が広がります。静かな夜に雪の中に輝くキャンドルの光を見ると心がとても温かくなります。冬ならではの美しいイベントなので、ぜひ訪れてみてください。このように北海道では一年を通してたくさんのお祭りやイベントが行われています。それぞれの季節にぴったりの楽しみ方がありますよね。どのお祭りも北海道の自然や文化を感じることができます。次は北海道で買える素敵なお土産についてお話しします。北海道にはここでしか買えない特別なお土産がたくさんあります。
まず北海道でとても有名なお土産は白い恋人です。白い恋人はサクサクしたクッキーに甘いホワイトチョコレートが挟まれているお菓子です。とても美味しくて、どの年代の方にも人気があります。パッケージもとても可愛いです。北海道を訪れたら、この白い恋人は絶対に買っておきたい一品です。次にご紹介したいのは、六花亭のマルセイバターサンドです。このお菓子は、しっとりとしたクッキーの間に、バタークリームとレーズンが挟まれています。食べるととても濃厚な味が広がります。昔から北海道のお土産として人気があります。家族や友達へのお土産にぴったりです。それからロイズのチョコレートもおすすめです。ロイズは北海道の有名なチョコレートブランドです。この会社ではとても美味しいチョコレートを作っています。中でも生チョコレートは口の中でとろけるような食感です。甘さもちょうどよく、たくさんの人に愛されています。バレンタインデーや特別な日のプレゼントにも最適ですね。また、北海道といえば、じゃがポックルというポテトスナックも大人気です。じゃがいもをそのまま使って作られたこのスナックは、カリッとした食感がたまりません。北海道のじゃがいもはとても美味しいことで有名です。それを使ったじゃがポックルはお土産にとても人気です。軽くて持ち運びもしやすいので、たくさんの人に配るお土産としてもおすすめです。最後に札幌クラシックビールも北海道限定のお土産です。このビールは北海道でしか手に入らない特別なビールです。とてもすっきりした味わいです。ビール好きな方へのお土産にするととても喜ばれますよ。私の旦那も好きすぎて、北海道に単身赴任中は太る原因になっていました。どれも北海道ならではの特別なものばかりです。皆さんも北海道に行ったら、ぜひいろいろなお土産を探してみてくださいね。今回は北海道についてお話ししました。北海道について詳しくなりましたか？北海道は日本人の人気観光地でも常にトップになっている場所です。私も次に日本に帰った際には北海道にまた行ってみたくなりました。今日は日本の大都市、東京についてお話しします。東京は
日本の首都でたくさんの人が住んでいる大きな町ですよ。まず、東京にはいろいろな顔があります。新しい建物や古いお寺、美しい公園など見どころがいっぱいです。例えば、スカイツリーはとても高い塔で、上から見ると東京を一望できます。皆さんも一度は見てみたいですよね。それから東京にはディズニーランドもあります。ディズニーランドにはミッキーマウスやドナルドダックといった皆さんがよく知っているキャラクターたちがいます。夢の国で楽しい時間を過ごすことができますよ。東京には美味しいものもたくさんあります。寿司や天ぷら、ラーメンなど日本の美味しい料理を食べることができます。また、世界中のいろいろな国の料理も楽しむことができますよ。そして、東京にはたくさんのお店があります。おもちゃやゲーム、かわいい洋服など、皆さんが喜ぶものがたくさんあります。お買い物をするのも東京を楽しむ一つの方法です。でも、東京の一番大切なのは、ここに住む人たちです。東京にはたくさんの人がいますが、みんな優しくお互いを大切にしています。友達が困っていたら手を差し伸べてあげる。そんな温かい心を持った人たちが東京を特別な場所にしているんですよ。最後に東京は変わり続ける街です。古いものと新しいものが共存し、いつも新しい発見があります。それでは東京について一つ一つ掘り下げていきたいと思います。まず最初に東京の地理と自然についてお話しします。東京はただの大きな都市だと思われがちですが、実は自然に恵まれた素晴らしい場所なんですよ。東京は日本のほぼ中央に位置しています。海に面していて、多くの川が流れています。この川たちは東京の街や自然に大切な水を運んでくれています。例えば、隅田川は東京の有名な川の一つで、花火大会などのイベントで賑わいます。東京には高いビルがたくさんありますが、緑豊かな公園や庭園もたくさんあります。上野公園は春になると桜の花がとても美しく咲きます。子供たちもピクニックをしたり、遊具で遊んだりして楽しい時間を過ごすことができます。また、東京は山にも囲まれています。奥多摩のエリアには美しい自然が残っていて、ハイキングやキャンプを楽しむことができます。清らかな川で釣りをしたり、山の中を探検したりするのは大冒険ですね。そして東京には島も属しています。伊豆諸島や小笠原諸島など美しい海と自然を楽しむことができる場所があります。ここでは
珍しい動植物を見たり、シュノーケリングで魚と遊んだりすることができます。東京の自然は季節によっても変わります。春には桜、夏には緑が美しい公園、秋には紅葉、冬には時々雪を見ることができるんですよ。一年を通して東京の自然は私たちにたくさんの楽しみを与えてくれます。次は東京の歴史と文化についてお話しします。東京はとても深い歴史と豊かな文化が息づいている場所なんですよ。昔、東京は江戸と呼ばれていました。約400年前、江戸時代が始まり、この地が日本の中心地になりました。その頃、たくさんの侍や美しい着物を着た人たちがここで暮らしていました。今でも東京のいくつかの場所で、その昔の風景を感じることができますよ。東京には美しいお寺や神社がたくさんあります。例えば、浅草寺は東京でとても有名なお寺です。たくさんの人々がお参りに来ます。そして明治神宮は自然がたくさん残っている神社で、静かで心が落ち着く場所です。東京の文化には伝統的なものと新しいものが混ざっています。お正月には神社に初詣に行ったり、夏には花火大会やお祭りがあります。また、東京にはアニメや漫画の文化もあって、世界中から多くの人が楽しみに訪れます。食べ物も東京の大切な文化の一つです。寿司や天ぷら、ラーメンなど日本の美味しい料理を食べることができます。また、世界中の様々な料理も東京で味わうことができるんですよ。食べることが大好きな人にとって東京はとても楽しい場所です。東京にはたくさんの美術館や博物館もあります。昔の絵や昔使われていたものを見ることができるので、歴史を学ぶことができます。また、科学の博物館では実験を見たり、自分で体験することもできますよ。東京はいつも変わり続ける場所ですが、昔からの伝統や文化を大切にしています。皆さんも東京の歴史や文化をもっと知ることで、この素敵な都市をさらに楽しむことができると思います。次は東京の観光地にスポットを当ててご紹介します。東京は子供から大人まで誰もが楽しめる魅力的な場所がいっぱいです。まずは東京ディズニーリゾートです。こちらは夢と魔法の国。ミッキーマウスやミニーマウスなどおなじみのディズニーキャラクターたちに会える場所です。楽しいアトラクションやショーがいっぱいで、一日中遊んでも飽きることがありません。次に東京スカイツリーをご紹介します。こちらは高さ634メートルの日本一高い塔です。
展望デッキからの景色は圧巻で、晴れた日には富士山も見ることができますよ。スカイツリーの足元にはお土産や美味しいものがたくさんある商業施設もありますので、ぜひ訪れてみてください。そして浅草寺も東京の有名な観光地の一つです。大きな提灯が印象的な雷門をくぐると、昔ながらの日本を感じられる素敵な場所が広がっています。おみくじを引いたり、美味しい食べ物を楽しんだり、浅草寺で素敵な時間を過ごすことができますよ。東京には原宿もあります。原宿は最新の流行が集まる場所で、カラフルな服を着た人たちでいつも賑わっています。特に竹下通りはかわいいお店がたくさんあるので、子供たちにも大人気です。原宿でしか手に入らない特別なお土産を探してみてはいかがでしょうか。次に上野動物園を紹介します。パンダやゾウ、ライオンなど世界中の動物たちに会える場所です。動物たちのかわいい姿を見たり、動物について学ぶことができるので、家族みんなで楽しめるスポットです。東京はこのように子供から大人まで楽しめる観光地がたくさんあります。きっと忘れられない体験ができるはずです。次に東京の美味しいご飯についてお話ししましょう。東京はたくさんの人が住んでいて、美味しい食べ物がいっぱいあります。まず、東京の朝ごはんについてです。皆さん、卵かけご飯って知っていますか？新鮮な卵をご飯に乗せて、ちょっと醤油をかけて食べるんです。シンプルですが、とても美味しいんですよ。もんじゃ焼きも有名です。これは小麦粉と水を混ぜた生地に、キャベツやイカ、エビなどを入れて、鉄板で焼く東京の伝統的なお料理です。みんなでワイワイ焼きながら食べるのが楽しいんですよ。おやつにはどら焼きがおすすめです。どら焼きは甘いあんこを2枚のふっくらとしたパンケーキで挟んだお菓子です。東京にはとても古いどら焼きのお店もあって、たくさんの人が並んで買いに来るんですよ。そして東京の夕ご飯には寿司が欠かせません。新鮮な魚をシャリの上に乗せた寿司は東京の名物です。東京にはお寿司屋さんがたくさんありますので、いろいろな種類のお寿司を食べ比べてみるのも楽しいですね。ラーメンも有名です。東京ラーメンは醤油ベースのスープが特徴で、チャーシューやメンマ、ネギなどがたっぷり入っています。寒い日にはあったかいラーメンを食べると、心も体もポカポカになりますよ。東京にはこんなにたくさんの美味しいご飯があるんです。美味しいものを食べると笑顔になれますよね。皆さんはどのご飯を一番食べてみたいですか？
東京にはまだまだたくさんの美味しいものがありますから、お気に入りの食べ物を探してみてくださいね。次に、東京で楽しめるアウトドア活動とスポーツについてお話ししましょう。東京は建物がたくさんある大都市ですが、外で体を動かして楽しむ場所もいっぱいありますよ。まずは公園での遊びから始めましょう。東京には子供たちが駆け回ったり、ボール遊びをしたりできる広い公園がたくさんあります。例えば、代々木公園では広い芝生の上でサッカーやフリスビーを楽しむことができます。春には花見をしながら、秋には落ち葉を集めながら、一年中楽しめるんですよ。次に、サイクリングについてです。東京にはサイクリングにぴったりの場所があります。特に隅田川の河川敷や多摩川の河川敷では家族でゆっくりと自転車に乗ることができます。風を感じながら綺麗な景色を見ることができるんですよ。そしてハイキングです。東京の近くには自然がいっぱいの山があります。高尾山はハイキングに最適な場所です。山頂からの眺めはとても美しく、季節によって様々な花や緑を楽しむことができます。ちょっとした冒険気分を味わえるんです。スポーツ施設での活動もお忘れなく。東京にはスイミングプールやテニスコート、野球場など様々なスポーツを楽しめる施設があります。友達や家族と一緒に新しいスポーツに挑戦してみるのもいいですね。最後に水辺のアクティビティです。東京湾ではカヌーやカヤックを楽しむことができます。水の上から見る東京の景色は普段とは違った特別なものです。夏には海で泳いだり、ビーチで遊んだりすることもできますよ。このように東京には室内だけでなく、外で楽しめるアクティビティやスポーツがたくさんあるんです。次に東京で体験できる楽しいお祭りやイベントについてお話しします。東京には一年中子供から大人まで楽しめるイベントがいっぱいありますよ。春にはお花見が有名です。桜の美しい季節には上野公園や井の頭公園などたくさんの人たちが花見を楽しみます。桜の下でお弁当を食べたり、お友達や家族と楽しい時間を過ごしたりすることができますよ。夏には夏祭りがたくさん開催されます。浴衣を着て屋台で美味しい食べ物を食べたり、ゲームを楽しんだりできます。特に有名なのは隅田川の花火大会です。夜空に打ち上げられる大きな花火はとても美しくてみんなを魅了します。秋には文化祭がいろいろな場所で行われます。学校や地域の文化祭では手作りのお店が出たり、演劇や
音楽の発表があったりします。新しいことを学べる楽しいイベントです。冬にはイルミネーションを見ることができます。東京のいろいろな場所でキラキラと輝くイルミネーションが街を飾ります。寒い夜も明るくて暖かい気持ちになれますよ。そして年末年始には初詣があります。新しい年が始まると多くの人たちが神社やお寺にお参りに行きます。家族の健康や幸せを願ってお祈りする大切な行事です。このように東京には楽しいお祭りやイベントが一年中いっぱいあるんです。皆さんもお祭りやイベントに参加して特別な思い出をたくさん作ってくださいね。次に東京のお土産についてお話しします。東京には家族やお友達に喜ばれる素敵なお土産がたくさんありますよ。まず、東京バナナをご存知ですか？これは東京で一番有名なお土産の一つで、バナナの形をしたかわいいケーキです。中にはバナナ風味のクリームがたっぷり入っていて、とても美味しいんですよ。次に、雷門扇子です。浅草の雷門で有名な綺麗な絵が描かれた扇子です。夏には涼しい風を送るのに使えるし、お部屋に飾っても素敵です。日本の伝統的な美しさを感じることができますよ。そして、スカイツリーグッズもおすすめです。東京スカイツリーはとても高いタワーで、東京の新しいシンボルになっています。スカイツリーの形をしたキーホルダーや、スカイツリーが描かれた T シャツなど、いろいろなお土産があります。東京のおせんべいもいいお土産です。様々な形や味のおせんべいがあり、パリパリとした食感が楽しいです。包装も可愛いので、お友達にあげると喜ばれますよ。最後にキャラクターグッズです。東京にはディズニーランドやサンリオピューロランドなど有名なキャラクターのテーマパークがあります。そこでしか手に入らないミッキーマウスやハローキティの限定グッズはとても特別なお土産になります。東京には楽しいお土産がたくさんあるんです。お出かけの際はお土産を選ぶのも旅の楽しみの一つですね。お友達や家族に東京の素敵なお土産を見つけて喜んでもらいましょう。皆さん、どんなお土産が気になりましたか？お土産選びは思い出作りの大切なひとときです。ぜひ東京で素敵なお土産を探してみてくださいね。次に東京にあるギネス世界記録についてワクワクするお話をしましょう。東京はただの大都市ではなく、世界でも注目されるすごい記録を持っているんですよ。まずは東京スカイツリーからお話しします。
東京スカイツリーは高さ634メートルで、世界一高い自立式電波塔のギネス世界記録を持っています。スカイツリーの上から見る景色はとても綺麗で、晴れた日には遠くの山まで見えます。こんなに高い塔は東京にしかないんです。世界一小さい折り鶴の記録があります。とても小さな紙を使って折り鶴を折るんですが、これがギネス世界記録に認定されているんです。この折り鶴は東京の博物館で見ることができます。とても小さいので、見るときはルーペが必要かもしれませんね。また、東京には世界一多くの人が乗る電車があります。朝の時間帯にとてもたくさんの人が乗るんです。そして電車で通学されることがあるかもしれませんが、東京の電車は特に混んでいて世界記録になったんですよ。また、世界で最も訪れる人が多いテーマパークという記録も東京ディズニーリゾートが持っています。1年間にとても多くの人が訪れて楽しい時間を過ごします。ディズニーランドやディズニーシーは子供たちだけでなく大人も夢中になれる場所です。このように東京にはたくさんのギネス記録が残っています。どの記録が一番印象に残りましたか？次に東京に伝わるローカルな伝説や民話についてお話をします。まずはお稲荷さんと狐のお話から始めます。お稲荷さんとは豊作や商売繁盛を願って祀られる神様です。東京にもお稲荷さんを祀る神社がありますが、そこには狐がお稲荷さんの使いとして一緒にいることが多いんです。昔からこの狐が特別な力を持っていて、人々を助けたり、時にはいたずらをしたりするお話が伝わっています。次に、東京の隠れた竜の伝説についてです。東京には昔から竜が住んでいると言われる場所があります。特にある池には竜が住んでいて、その周りの町に豊かな水をもたらしているという伝説があります。そして、隅田川の怪物の話です。隅田川には昔、大きな怪物が現れたというお話があります。この怪物は川を荒らしたり、船を襲ったりしていたそうですが、勇敢な人々によって退治されました。このお話は、隅田川の安全を守る大切な意味も込められています。最後に、高輪の塚の物語を紹介します。高輪には昔ある有名な武将が埋められたという塚があります。この塚の周りには不思議な力があると言われ、人々が願い事をすると叶うという話も伝わっています。この地域の人々にとって大切な歴史と伝統が宿る場所なんです。皆さん、東京にはこんなにも不思議で楽しい
伝説や民話があるんです。これらの話は長い時間を経ても人々に語り継がれています。皆さんもこれらの物語を聞いて想像力を膨らませてみてくださいね。最後に東京の交通機関とその便利さについてお話しします。東京はとても大きな街で、たくさんの人が毎日いろいろな場所へ行くために様々な乗り物を使っていますよ。まず東京の電車についてです。東京には JR や地下鉄、私鉄と呼ばれる鉄道会社があります。これらの電車は東京の中だけでなく、近くの町へも早くて便利に連れて行ってくれます。東京モノレールも有名ですね。電車の中には子供たちのための楽しい装飾をしたものもあって、乗るだけでワクワクするんですよ。次にバスについてです。東京のバスは電車では行きにくい場所へも行ける便利な乗り物です。バスには行き先が大きく表示されていて、バス停にはどこへ行けるかがわかりやすく書かれています。また、バスの中では次にどこに止まるかを教えてくれるアナウンスがあるので、安心して乗ることができますね。そしてタクシーについてもお話ししましょう。東京のタクシーは目的地までスムーズに連れて行ってくれます。特に雨の日や荷物がたくさんあるときにはとても便利です。タクシーのドアは自動で開閉するので、乗り降りも楽々ですよ。東京には自転車を借りられるレンタサイクルもあります。公園や観光地の近くでは自転車を借りて気軽に周りを探索することができます。風を感じながらのんびりとした時間を過ごすことができるんです。東京にはこんなにたくさんの乗り物があって、どこへでも行くことができるんですよ。電車やバス、タクシー、自転車を上手に使って、家族やお友達と一緒に東京のいろいろな場所を探索してみてくださいね。今回は夫の出身地の京都を紹介します。観光地としてもとても有名ですよね。京都は日本の中でも特別な街で、長い歴史と豊かな文化があります。まず、京都は約1000年前から日本の首都でした。平安時代という時代に天皇や貴族たちが京都に住んでいました。平安時代から明治時代の初めまで、京都は日本の政治や文化の中心でした。そのため、京都には昔の建物やお寺、神社がたくさん残されています。有名な場所として、まず清水寺があります。清水寺は京都を代表するお寺の一つです。多くの観光客が
訪れます。清水寺は山の上に建てられています。なので、寺からは京都の街が一望できます。春には桜、秋には紅葉が美しく、季節ごとに違った顔を見せてくれます。次にご紹介したいのは金閣寺です。金閣寺はその名の通り、建物全体が金色に輝いています。このお寺はもともとは貴族の別荘でした。そして後にお寺となりました。池のそばに立つ金閣寺は水に映る姿がとても美しいです。また、京都には祇園という有名な地域があります。祇園は伝統的な街並みが残っています。特に舞妓さんを見ることができる場所として有名です。舞妓さんは美しい着物を着て日本の伝統的な踊りを披露する女性です。さらに京都の文化といえば茶道や華道も有名です。茶道はお茶を立ててゆっくりとお茶を楽しむ文化です。お茶を飲むだけでなく、その作法や心の持ち方も大切にされています。華道は美しい花を生ける芸術です。どちらも静かで心を落ち着ける日本の伝統文化です。京都は長い歴史の中で多くの文化を守り続けてきました。そして今もその文化を感じることができる場所です。皆さんもぜひ京都を訪れて歴史と文化に触れてみてください。次は京都の地理と自然についてご紹介します。まず、京都は日本の本州という大きな島の中にあります。京都の周りにはたくさんの山が広がっています。そのため、四季折々の自然を楽しむことができます。京都の中心には鴨川という川があります。この川は京都市内を流れています。川のほとりには歩く道があり、散歩を楽しむ人々も多いです。鴨川の景色は特に春と夏が綺麗です。桜の花が咲く時期や川辺で涼む夏の夕方は忘れられない景色です。また、京都の西には嵐山という場所があります。嵐山は特に竹林が有名です。竹がたくさん生えている道を歩いてみてください。風が竹の葉を揺らして、とてもリラックスした気分になれます。
嵐山には渡月橋という橋もあり、橋の上から見る景色も美しいです。嵐山は春も秋もたくさんの観光客が訪れる場所です。京都の南には伏見稲荷大社があります。この神社は山の中にたくさんの赤い鳥居が立っています。鳥居の道を歩いて山の頂上まで行くことができます。歩きながら京都の自然を感じることができる、とても素晴らしい場所です。京都は自然に囲まれた街です。そして季節ごとに違う顔を見せてくれます。山、川、森といった自然と伝統的な建物が一緒にある風景は京都ならではの美しさです。次は京都で行われる有名な祭りやイベントについてお話しします。京都は古くから伝わる大きな祭りがたくさんあります。では、いくつかの有名な祭りをご紹介します。まず、京都で一番有名な祭りといえば、祇園祭りです。祇園祭りは毎年7月に行われるとても大きなお祭りです。このお祭りは約1000年の歴史があります。もともとは病気や災いを防ぐために始められました。祇園祭りのメインイベントは山鉾巡行という行列です。山鉾は非常に大きな車のようなもので豪華な装飾がされています。これらの山鉾が京都の街をゆっくりと進む姿はとても美しいです。また、祇園祭りの期間中は夜にたくさんの屋台が出ています。なので、街全体が賑やかで楽しい雰囲気になります。次にご紹介するのは、五山の送り火です。五山の送り火は、毎年8月16日に行われる行事です。この日は、お盆に帰ってきた先祖の霊を送るために、大きな山の上に火を灯します。特に有名なのが大文字焼きです。夜の暗い空に大の形に火が燃え上がります。この光景はとても迫力があり、毎年多くの人が見に来ます。送り火は京都の夏の風物詩としてとても大切な行事です。また、春に行われる葵祭りも有名です。葵祭りは5月に行われるお祭りです。平安時代の衣装を着た人々が京都の街を歩く行列が見どころです。美しい着物を着た人々が馬や
牛に乗ってゆっくりと進みます。その姿はまるで昔にタイムスリップしたような感じがします。葵祭りは京都の歴史と文化を感じることができる素晴らしいお祭りです。そして秋には時代祭りが行われます。時代祭りは10月に開催されるお祭りです。京都の長い歴史をテーマにした行列が行われます。古代から近代までの歴史的な衣装を着た人々が京都御所から平安神宮まで歩きます。たくさんの時代の衣装を一度に見ることができます。なので、歴史好きの人には特におすすめのお祭りです。最後に、花見という春のイベントについてもお話しします。京都には桜の名所がたくさんあります。なので、春になると多くの人が桜を見に訪れます。特に丸山公園や清水寺の桜が有名です。桜の花の下でお弁当を食べたり、友達とおしゃべりをしたりすることを花見と言います。京都の春の風景はとても美しいです。桜の花が咲く時期は街全体が明るく華やかになります。どの祭りも京都ならではの歴史と文化が感じられる素晴らしいものばかりです。皆さんもぜひ京都の祭りに参加して、その特別な雰囲気を楽しんでみてください。次は京都の有名な食べ物についてお話しします。京都には昔から伝わる美味しい料理やお菓子がたくさんあります。では、いくつかの有名な京都の食べ物を紹介します。まず最初に紹介するのは湯豆腐です。湯豆腐は豆腐をお湯で温めて食べるシンプルな料理です。京都は水がきれいで豆腐がとても美味しいことで有名です。特に冬になると温かい湯豆腐が人気です。湯豆腐はポン酢という少し酸っぱいソースをかけて食べることが多いです。さっぱりとした味わいで体にも優しい料理です。次に紹介したいのは生麩です。生麩は小麦粉から作られたもちもちとした食感が特徴です。生麩はいろいろな形や色があります。特に田楽という料理です。串に刺した生麩を甘い味噌で焼いて食べることが多いです。とても柔らかく独特な味わいが楽しめます。次に抹茶についてもお話しします。京都は
抹茶の文化が深い場所で、特に宇治抹茶が有名です。抹茶は抹茶を使ったお菓子やアイスクリームなど様々な形で楽しむことができます。抹茶のほろ苦い味わいと甘いお菓子の組み合わせがとても美味しいです。前回京都に帰った時に宇治で抹茶を子供たちと食べました。子供の口には合わなかったみたいです。でも私と主人は大満足でした。なので抹茶はいわゆる大人の味ですね。京都に来たらぜひ抹茶スイーツを試してみてください。最後に京漬物も忘れてはいけません。京都にはたくさんの種類の漬物があります。特にしば漬けや千枚漬けなどが有名です。漬物はご飯のおかずとしてよく食べられます。ただ、京都の漬物は味が優しく、あまり塩辛くありません。旅行の際にはお土産としてもおすすめです。次は京都で買うことができるお土産についてお話しします。京都には美しい伝統品や美味しい食べ物がたくさんあります。今日はいくつかのおすすめのお土産を紹介します。まず、京都でとても有名なお菓子、八つ橋です。八つ橋はシナモンの風味がするお菓子で長い歴史があります。特に生八つ橋はもちもちとした生地の中にあんこが入っています。日本人観光客含めてたくさんの観光客に人気です。最近では抹茶やいちごの味もあります。いろいろな種類の八つ橋を楽しむことができます。八つ橋は友達や家族へのお土産にぴったりです。次におすすめするのは抹茶スイーツです。人気の食べ物で紹介したように、特に宇治抹茶が人気です。抹茶を使ったクッキーやチョコレート、ケーキなど様々なスイーツが売られています。抹茶の少し苦い味と甘いお菓子のバランスが絶妙です。抹茶好きの人には特に喜ばれるお土産です。私も日本に帰った時にはスペインの友達向けに買って帰ります。さらに京都の伝統工芸品として京扇子もおすすめです。京扇子は京都の職人によって手作りされる美しい扇子です。特に夏の暑い時期には涼しい風を感じるために使われます。色やデザインも様々で、特に京都らしい和柄のものが人気です。実用的でありながら
美しいデザインが特徴です。なので、京扇子は長く使えるお土産としておすすめです。最後に、お香も京都で人気のお土産です。京都は昔からお香を使う文化があります。今でも高品質なお香を作っているお店がたくさんあります。お香の香りはリラックスできるので、お家で使うのにぴったりです。香りの種類も豊富で、選ぶ楽しさもあります。京都には伝統と現代の良さを兼ね備えたたくさんの魅力的なお土産があります。ぜひ京都を訪れた際には、家族や友達のために素敵なお土産を選んでみてください。最後に京都に関係するギネス記録についてお話しします。京都は歴史や文化が深いだけではありません。実はギネス記録に認定された場所やものもあります。それではいくつかの有名なギネス記録をご紹介します。当時は794年に建てられた古いお寺で、五重塔が有名です。この五重塔は実は日本で一番高い木造の塔で、その高さは約55メートルです。これもギネス記録に認定されています。五重塔はとても立派で、遠くからでもその存在感を感じることができます。特に夜にはライトアップされて、その美しさが一層際立ちます。また、京都には京都タワーという有名な建物もあります。京都タワーは京都駅のすぐそばにあります。そこには高さ131メートルの展望台があります。この京都タワーは日本一高い独立式の鉄塔としてギネス記録に登録されています。展望台からは京都の街全体を見ることができます。特に夕方や夜景が美しいと評判です。ぜひ皆さんも京都を訪れた際には、これらのギネス記録を持つ場所を見てみてください。いかがでしたか？京都に行ってみたくなりましたか？京都は私にとって大好きな場所の一つです。たくさんの思い出の場所があります。京都に行ったことがある方は、どこが一番印象に残っていますか？また、まだ京都に行ったことがないという方は、どこに行ってみたいですか？ぜひコメント欄で教えてください。今回の動画で日本の京都の魅力が多くの人に伝わっているといいなと思います。またぜひ繰り返し聞いてリスニング力をアップさせてくださいね。今日は大阪についてお話しします。
大阪は日本で2番目に大きな都市です。観光でも人気ですよね。まず、大阪の歴史についてです。大阪は昔から日本の商業の中心地として知られています。商業というのは、物を売ったり買ったりすることです。例えば、江戸時代という昔の時代には、大阪は天下の台所と呼ばれていました。日本中からお米や魚、野菜などいろいろな食べ物が集まってきていました。それを大阪から全国に送り出していたからなんです。大阪の商人たちはとても元気でした。また、物を売ることがとても上手でした。そして大阪には大阪城という大きなお城があります。大阪城は戦国時代という昔の時代に建てられました。豊臣秀吉という有名なお侍さんが作ったお城です。豊臣秀吉はとても強くて頭のいい武将です。大阪城はその豊臣秀吉が自分の力を見せるために作ったお城です。今でもたくさんの人が訪れています。お城の中には豊臣秀吉に関する展示物もあります。歴史を学ぶことができるんですよ。次に、大阪の文化についてお話しします。大阪は笑いの文化でとても有名です。大阪の人たちはいつも明るく面白いことが大好きなんです。特にお笑いという文化は全国的にも有名です。大阪にはたくさんの漫才師という面白いお話をする人たちがいます。漫才師たちは二人組でステージに立ちます。そこでお客さんを笑わせるためにいろいろな面白い話をします。大阪に行くと実際にその漫才を見ることができる劇場もあります。また、大阪は食い倒れの街とも言われています。これは大阪の人たちがとても食べ物が大好きだという意味です。大阪にはたこ焼きやお好み焼きという美味しい食べ物がたくさんあります。たこ焼きは小さなタコが入った丸い焼き物でソースをかけて食べます。お好み焼きはキャベツやお肉を使った大きな焼き物です。これもソースをたっぷりかけて食べます。どちらも大阪の名物で、
観光客にも大人気です。そして大阪には伝統的な文化もたくさんあります。例えば、文楽という人形を使った劇があります。文楽は3人の人形使いが1体の人形を動かして物語を演じる伝統的な劇です。この文楽は大阪でとても大切にされている文化です。今でも劇場で見ることができます。また、歌舞伎も大阪では昔から楽しまれてきた演劇です。歌舞伎は派手な衣装やメイクをした役者さんが出てきます。その役者さんが音楽に合わせて劇を演じる日本の伝統的な舞台です。このように大阪には歴史や文化がたくさん詰まっています。昔から商業の街として発展してきた大阪は、今でも日本の経済や文化にとってとても大切な場所です。次は大阪の地理や自然についてお話しします。まず大阪は日本の関西地方にあります。関西地方というのは日本の真ん中あたりにある地域です。大阪の他にも京都や神戸などが含まれます。大阪は昔から人がたくさん住んでいて、とても賑やかな街です。大阪は大阪湾という大きな海に面している場所です。この大阪湾はたくさんの船が行き来する重要な港です。昔から大阪は商業の街として発展してきました。この海を使っていろいろなものを運んだり、買ったり、売ったりしていました。今でも大阪湾を見渡すと、たくさんの船が見えることがありますよ。そして大阪には淀川という大きな川があります。淀川は京都から流れてきて大阪を通り大阪湾に注ぐ川です。淀川の周りにはたくさんの緑や広い公園があります。特に淀川河川公園という場所は有名です。広い芝生でピクニックをしたり、サッカーをしたり、のんびりと過ごすことができます。また、毎年夏には、淀川花火大会という大きな花火大会が開かれます。川のそばで見る花火はとても綺麗ですよ。次に大阪には生駒山という山があります。生駒山は大阪と奈良の間にある山で、標高は642メートルあります。この山にはハイキングコースがたくさんあります。頂上まで登ると大阪の街を
一望することができます。晴れた日には大阪湾や大阪の街の広がりを見渡すことができます。さらに大阪には箕面滝という有名な滝があります。この滝は箕面市という大阪の北の方にある場所にあります。滝の高さは33メートルもあって、とても迫力があります。箕面の滝は自然の中にあって、四季折々の美しい風景が楽しめます。特に秋には紅葉がとっても綺麗です。滝と赤や黄色に染まった木々が織りなす景色は、まるで絵のように美しいです。滝の近くを歩くと、ひんやりとした空気がとても気持ちよいです。夏でも涼しく感じます。最後に、大阪には万博記念公園という有名な公園もあります。この公園は1970年に開かれた大阪万博という大きなイベントの記念に作られました。公園の中には広い芝生や美しい花畑があります。特に春にはたくさんの桜が咲いてとても綺麗です。また、万博記念公園には太陽の塔という大きな塔もあります。この塔は芸術家の岡本太郎さんが作ったもので、とても個性的なデザインが特徴です。このように大阪にはたくさんの自然や美しい景色を楽しめる場所があります。賑やかな街の中にも静かでリラックスできる自然がたくさんあります。次は大阪にある楽しい観光スポットについてお話しします。大阪には家族や友達と一緒に楽しめる場所がたくさんあります。まずはユニバーサル・スタジオ・ジャパンです。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン、略して USJ です。大阪の中でも特に人気のあるテーマパークです。USJ では映画やアニメの世界に入ったような気分になれます。特にハリーポッターのエリアやミニオンパークは子供たちに大人気です。ジェットコースターやショーもいっぱいあります。なので、一日中楽しむことができますよ。次におすすめするのは、海遊館です。海遊館は大阪にあるとても大きな水族館です。世界中の海や川に住む様々な生き物を見ることができるんですよ。特に有名なのはジンベエザメです。ジンベエザメは世界で一番大きな魚です。海遊館の大きな水槽でゆっくり泳いでいる姿はとても迫力があります。
また、ペンギンやイルカ、クラゲなども見ることができます。まるで海の中にいるような気分になりますよ。それから大阪には通天閣というとても有名なタワーがあります。通天閣は大阪のシンボルの一つです。展望台から大阪の街を一望することができます。通天閣の周りには新世界という賑やかなエリアがあります。そこにはたくさんのお店やレストランがあります。特に串カツという食べ物が有名です。いろいろな食材を串に刺して揚げたものです。ソースをつけて食べるととても美味しいので、ぜひ食べてみてくださいね。さらに、大阪の道頓堀もおすすめの場所です。道頓堀は大阪の中心にある賑やかな通りです。大きな看板やネオンがたくさんあります。中でもグリコの看板はとても有名です。この看板の前で手を広げてポーズを取るのが人気の記念写真スポットです。また、道頓堀にはたくさんの美味しい食べ物のお店があります。たこ焼きやお好み焼きなど大阪の名物料理です。ぜひ食べてみてください。そして大阪には天王寺動物園もあります。天王寺動物園は大阪でとても歴史のある動物園です。そこではいろいろな動物を見ることができます。キリンやゾウ、ライオン、ペンギンなどたくさんの動物たちがいます。その動物たちの姿を間近で見ることができます。公園内には広い芝生もあって、ピクニックを楽しむこともできますよ。最後にご紹介するのは、梅田スカイビルです。梅田スカイビルは大阪の中でもとても高いビルです。その最上階にある空中庭園展望台からは大阪の街全体を見渡すことができます。特に夕方から夜にかけて夕日や夜景がとても綺麗です。デートスポットとしても人気です。このように大阪には楽しい観光スポットがたくさんあります。次は大阪の美味しい食べ物についてお話しします。大阪にはここでしか食べられない特別な食べ物がたくさんあります。まず最初にご紹介したいのはうどんすきです。これは大阪の伝統的な鍋料理の一つです。うどんすきは大きな鍋にうどんを入れます。お肉や野菜、そしてお豆腐などを一緒に煮込んで食べます。みんなで一緒に食べるととても楽しくてお腹もいっぱいになります。特に
冬の寒い時期に食べると、うどんすきは体がポカポカと温まって、とっても美味しいですよ。次にご紹介するのは、肉水です。肉水は薄いお出汁の中にお肉がたっぷり入ったスープです。この料理はシンプルですが、とても味わい深いです。大阪の人たちに長く愛されています。ご飯と一緒に食べると、さらに美味しさが引き立ちます。お肉の旨味がスープに溶け込んでいます。ついついおかわりしたくなる一品です。それから大阪ではおでんもとても人気です。特に大阪のおでんはあっさりとしたお出汁が特徴です。大根やこんにゃく、卵など、たくさんの具材がゆっくりとお出汁で煮込まれています。大阪のおでんには牛すじというお肉がよく使われています。これがまた美味しいんです。寒い日に食べると心も体も温まりますよ。また、きつねうどんも大阪の名物料理の一つです。きつねうどんは温かいうどんの上に大きな甘い味付けのお揚げが乗っています。このお揚げがきつねという名前がついている理由なんですよ。大阪のうどんはコシがあってつるつるとした喉越しが楽しめます。お出汁もほんのり甘くて、うどんとお揚げがとてもよく合います。さらに、イカ焼きも大阪で人気の軽食です。イカ焼きは薄く伸ばした小麦粉の生地にイカを入れて焼いたものです。大阪の焼き物文化の一つで、屋台や市場などでよく売られています。香ばしいイカと生地の組み合わせが絶妙で、おやつにもぴったりです。最後にご紹介するのは、たこせんです。たこせんは大きなエビせんべいの上にたこ焼きを乗せます。そこにソースやマヨネーズをかけて挟んで食べるというユニークな食べ物です。たこ焼きとせんべいのカリッとした食感が合わさって食べ応えがあります。お祭りやイベントなどでよく見かけるので、ぜひ試してみてくださいね。大阪の食べ物はどれもとても美味しくて、一度食べたら忘れられない味ばかりです。大阪に行ったら、ぜひいろいろな名物料理を楽しんでみてください。次は大阪で行われるお祭りやイベントについてお話しします。大阪には一年を通していろいろなお祭りやイベントがあります。その中でも特に有名なものをご紹介しますね。まず最初にご紹介するのは天神祭りです。天神祭りは日本の三大祭りの一つです。毎年7月に行われる大阪の大きなお祭りです。
天神祭りでは、たくさんの船が大川という川を行き交うセント魚がとても有名です。船にはおみこしや楽隊が乗っています。川の上でお祝いの儀式が行われます。そして夜になると大きな花火が打ち上げられます。夜空が色とりどりの光でいっぱいになります。川と花火の組み合わせはとても美しく、毎年たくさんの人が見に来ます。次にご紹介するのは、岸和田だんじり祭りです。このお祭りは毎年9月に大阪の岸和田市で行われます。だんじりというのは大きな木の出しのことです。このだんじりをたくさんの人たちが引っ張りながら街の中を力強く走り回るんです。だんじりを引く人たちは声を合わせて元気に走ります。そのスピードと迫力は本当にすごいんですよ。見ているだけでもドキドキします。このお祭りは岸和田の人たちが大切に守ってきた伝統のお祭りです。町全体が一緒になって盛り上がります。そして大阪には十日恵比寿という商売繁盛を願うお祭りもあります。このお祭りは毎年1月10日前後に今宮恵比寿神社という神社で行われます。十日恵比寿では恵比寿様という福の神にお参りしてお店が繁盛するように願います。お祭りの時にはたくさんの屋台が並びます。賑やかな雰囲気の中で楽しくお参りができます。また、お参りした後に、福笹という笹の枝をもらうのが特徴です。この笹に飾りをつけて家に持ち帰ると、一年中幸運が続くと言われています。また、秋には、御堂筋イルミネーションという美しいイベントが行われます。御堂筋というのは、大阪の中心部を通る大きな通りです。この通りが冬の時期になると何万もの電球で飾られます。イルミネーションは夕方から点灯されます。歩きながらその美しい光景を楽しむことができます。クリスマスの時期にはさらに華やかになります。たくさんの人が訪れる大阪の冬の名物イベントです。最後にご紹介するのは大阪マラソンです。このイベントは毎年11月に行われる大きなマラソン大会です。大阪の街をぐるっと回るコースです。たくさんのランナーたちが参加します。参加者だけではなく、道の沿道には
応援する人たちもいっぱいです。大阪の人たちが一緒になって盛り上がるイベントです。走る人たちを見ていると自分も元気になれるような気持ちになりますね。観光ガイドにはない情報もあったのではないでしょうか。ぜひ皆さんも大阪に足を運んでみてください。お疲れ様です。最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後もお役に立てる動画を作ります。ぜひ見てくださいね。こんな動画が見たいというリクエストもお待ちしています。では、繰り返し聞いて日本語を上達させましょう。